それではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお待たせしました、好きなあの人40問の質問をやっていこうと思います。はい、ということで早速タロットカードをシャッフルしていきましょう。今回はですね、タロットカードを何種類か複数枚使って、あとはオラクルカードとかノルマンカードも使いながら好きなあの人の、そうですね取扱説明書というか、お相手がねどんなことを考えていて、どんな恋愛観を持っていらっしゃるのかというものを見ていこうと思います。40問質問していきます。サクサクサクっとやっていって、気になるところがあれば深掘りはするかもしれないんですが、基本サクサクっと40問やっていこうかなと思っています。でもしかしたらこのねお相手のお答え次第では40問以上の質問をする可能性もあります。はい、ということで今回は好きなお相手のまず基本的な部分を見ていくのと、その次が片思い編、そして、両思い恋人編、そして最後に結婚編ということで、まず4つに分けて見ていきますね。はい、そしてタロットカードはすべて正位置で今回採用していきます。はい、では見ていきましょう。まずはですね、こちらのタロットカードシャッフルしたもののこちらから使っていきます。はい、では、こちらからまず好きなお相手、そうですね、まずね好きなお相手が基本的な性格を見ていこうと思います。これはまだね質問の手前ですね。まずこの人はこんな方という、まずね表向きのこの方っていうのを見ていきましょう。もしかしたら何枚か出すかもしれません。はい、まずカップの3が出ています。とってもね楽しい人っていうのが入ってきてますね。いいですね。なんかね今のお相手もモチベーション的にもいいんじゃないかなって思います。で今のねモチベーション関係なく、今はねこのお相手の恋愛観についてどんどんと質問していくので、何かねこうね何でも聞いてっていうスタンスっぽい感じがしていいですよね。いいな、なんか明るい感じ。お友達も多そうだし、協調性もあるし、とにかくね明るいっていうのがある。みんなで楽しく遊ぶのが好きっていうのがあるので、割と仲良くなるのも早いんじゃないかなっていうのがこの方のお人柄で見えてきています。すごくねみんなでチームワーク大切に、とにかく楽しく遊ぼう、楽しもうっていうのがね出てきていますね。はい、では見ていきましょう。早速そうですね、ではまず基本編として、まずこの方です。はい、この方、そうですね、この方というふうにお呼びしてしまって申し訳ないんですが、この方は恋をするとまずどんな風になるのか見ていきましょう。はい、こんなね賑やかな楽しそうなお友達に囲まれてねワイワイやってるお友達じゃないあの人なんですが、この方が恋に落ちるとどんな風に変わるのか見ていきましょう。いや、いいですねこのお相手。とてもフレンドリー。はい、恋をするとどうなるのか、これをね正位置で見ていきますよ。今回もねこの、イケメンのカードをたくさんね揃えたので、カップのナイトいや、恋をするとねすごいですね。この方カップの3、もともとの性格ですごくね恋をするともう王子様とかお姫様タイプになっちゃうっていうね、もう本当に恋するモードに入る、はすごく分かりやすいんじゃないかなって思うんですよね。とっても分かりやすいと思います。もう好きな人しか目に入らないっていう風な感じで、こうねロマンチックなことあれこれ妄想とかもするんじゃないかなって思いますけど、すごいロマンチック、いきなりね1番目の選択肢からやらかしてますね。もう爆発してますねね、笑いが止まらないかもしれない。よし、
恋をするともうとにかくね、もう恋してますモードに入るっていうね、スイッチがもうすぐにね切り替わるので分かりやすいと思います。とっても。ではそうですね、その後ですね、どんな人がタイプなのか見ていきましょう。それもね、そうですね、どんな人がタイプか、まず外見からもらっていきますね。外見、外見と内面をもらっていきますが、まず外見からもらっていきましょう。あとこのタロットカードの他にも足そうかなと思います。はい、このカードをペンタクルのエース、いいですねちょっとニヤニヤが止まらないかもしれない今回。こちらのねダークエンジェルさんからももらっていきましょう。外見のタイプもう1枚もらっていきましょう。すごくね華やかな人、品のある人っていうのが入ってくる。情熱的だし、本当にこの方恋愛とお友達の差がはっきりと好みがね分かれるんじゃないかな。はい、これもね外見的要素でもらっていってます。はい、ソードのページ3全部ね正位置でもらっていってるので、あとそうですね、もう1枚じゃあこっちからももらっていきましょう。外見的要素、すごくね意志の強い人、でもこれ外見ですもんね。内面としては意志の強い人っていうのが入ってくるんですけど、外見で見てますもんね。服装は品のある人っていうのが好みなんじゃないかなと思います。はい、カップの9、見た目ね、見た目結構こだわりがあるんじゃないかな。この方好きになる人のタイプとして、もちろんこれを今ご覧になっている方性別問わずで今見てますので、それぞれのね対象の方に置き換えてみてください。多分メインとしてはこのチャンネルをご覧になっている方女性の方が多いので、性別は特に問わずなんですが、女性目線として見る可能性があるんですけど、言葉としては置き換えながら、どんな方でも楽しみながらご覧ください。多分ねこの方理想が高いんじゃないかなっていうのがまずねありますね。外見的なタイプっていうのがはっきりしてると思います。こんな人が好きっていう外見的な要素、例えば背が高い人が好きとか、華やかな人が好きとか、上品な人が好きとか、そういうこの人なりのこの理想っていうのがちゃんと外見がありますね。はっきりとした。芸能人で例えたらこんな人とか、もうはっきりと言葉として表せるようなぐらいの、ちゃんとした理想があるんじゃないかな。外見こだわりがあるっていう感じがします。そして今ね外見だけで見ているので、割とね柔らかいとかっていうよりは品があってまっすぐなっていう感じがしますね。まっすぐというか、そう凛とした美しさだったりとか、スマートなかっこよさだったりとか、でも華やかさもあって、こうふにゃーとか小動物っていう感じよりは凛とした方がイメージ的には強いかな。でもちょっとだけ柔らかさもあるので、かなりこだわりがねちゃんとあるんじゃないかなと思いました。はい、これがね外見的なタイプとしてね入ってきていますよ。では次内面的にね見ていきましょう。では内面はねオラクルカード1枚もらっていきます。その他にもねカード出していきますけど、内面はどうなんでしょう。どんな内面の人がタイプですかということで、タイプを聞いていきますね。今回、カードすごくたくさん出ると思うんですよね。40問の質問していくので、なのでまず基本編が終わったら1回カードお片付けしていきながらっていうのをね見ていきましょう。勇敢、勇敢というのが入ってきてるので、なんかちょっとね似てますよね。外見と内面と剣を持っているっていう感じが似てるので、やっぱり内面的にもまっすぐ芯の通った方っていうのが、もうね現れている
守るものがあるっていうのもありますね。目標があるとか、これに向かって今取り組んでますとか、そういう夢を追っている人とか、そうですね、もう夢というかお仕事とかでも今自分はこれに向かって頑張ってるんだよっていう姿勢を見るのが好きなのかもしれない。そういう頑張ってキラキラしてる人っていうのが好きなのかな。もうどんどんとねこの方にね質問していきましょう。おー、そう思いきやなんとペンタクルのクイーンが入ってきてるので素晴らしい。いや、この方もなんかね、外見も内面もかなりこう、いや、自分の理想像っていうのがちゃんとあるんじゃないかな。すごく大切。そして内面ね、なんかねこうまっすぐとか勇敢とかっていうのもあるんですけど、少しねこう塩らしさだったりとか控えめなところとかっていうところもあるんですよね。そして受け取ったものを自分の形に消化できる人っていうのがある。例えばなんかこの人からね今入ってくるのが、ただなんかこう自分の言ったことをそのまま受け取ってもらえるだけじゃなくて、受け取った後にこの好きになる人がね、その方の形としてまた違う形でレスポンスしてくれるとか、こうプラスアルファしてくれるような人っていうのもあるんですよ。あとやっぱり自分の意見ちゃんと聞いてくれる人って感じかな。受け止めてくれる人、甘えん坊なのかな。いや、今回こう笑ってごめんなさいね、本当にごめんなさい。もうねニヤニヤしちゃうようなねリーディングしましょうね。はい、ではもう一枚内面的な要素として、でペンタクルのページ、ペンタクル結構多いですよね。この方ペンタクルがね結構来てるので、いやなんかねすごくね大切にしてほしいって、自分を大切にしてくれる人っていうのがすごく入ってくる。やっぱりね甘えられる人っていうのがあるから、こう後から質問で聞いていくんですけど、この人好きになった人にはとことん甘えたりとか、自分のね本音見せたりとか、普段お友達とワイワイやってる時には見えないような顔とかをね見せてくれたりとかするんじゃないかな。内面としては本当に自分のことを受け入れてくれる人、いろんな自分、いろんな顔とかあるじゃないですか。こう甘えたいとかね、友達の前では見せないような自分を、ちゃんと受け入れて甘やかせてくれる人だったりとか、あとこうレスポンスがプラスアルファしてくれる人とか、でもちゃんとね芯もしっかり通ってるので、なんか内面と外見のギャップがある人じゃなくて、そのまま内面も外見も同じような感じ、ギャップはそこまでねあんまりないよっていう感じが伝わってくるので、多分この好きになった方の内面がそのまま外見に現れている、にじみ出ているような美しさを持っている人っていうのがありますね。美しさっていうとねハードル高そうに見えちゃうけど、なんていうのかな、モデルさんみたいな美しさとかじゃなくて、この方の持っている個性的な華やかさだったりとかっていうところをこの人は求めてるというか理想としてるみたいですね。こう外見的に例えばすごくアイドルみたいに可愛くてスタイルが良くてとかそういうことじゃなくて、こう内面からにじみ出てくるのがその外見にも現れているような人っていうのがすごく理想だよっていうのが言われていますね。すごいな。あとなんか自分のことを大切にしてくれる人だし、もちろんねこのね勇敢のカードも出てるので、何か困ったことがあったら支えてくれたりとか引っ張っていったりとかしてくれる芯の強さを持っている人っていうのも出てきています。はいね、いろいろタイプ教えてもらったので、なんかねポンポンね教えてくれるので、すごくこの方自身がとても分かりやすい人っていうのがあるかなと思います。はい、素直な人ですね。楽しいのが好きっていう。では次に行きましょう。ではここ今内面外見のその好みのタイプ出したんですが、実際じゃあ好きになる人って自分のこの今言った、タイプの方なんですか、そうじゃない方とも好きになったりとかしますかっていうところではっきりとイエスオアノーで出してもらいましょう。今回ねこちら初めて皆様の前にお出しするカードなんですが、これかなりイエスのはっきりと出してくれます。もう半分イエス半分ノーっていう感じで思っておいてください。なので本当にはっきりしてます。これねエンジェルアンサーカードよりもはっきりしてるので、曖昧な答え一切出しません。なのでまずじゃあ楽しくやっていきましょう。まずねこの
この方のこんな感じの人が好きだよっていうのを教えてもらったんですが、実際じゃあ好きになるのはなんかこれ今あなたが知る時ではありませんよっていうのを言ってる。なんでこのカード出したのかなね。なんかね、こういうなんか文章になってるカードってごく稀に入っていて、ほとんどがイエスかノーしかないんですよ、あのカードで。今あなたが知る時じゃないよってことを言ってるってかなり意味深じゃないですか。かなりねお相手はっきりしてると思うので、この方ですね、1番のお相手さんがはっきりしてるので、その方がこれを出してくるってことは、秘密みたいな、教えないみたいな感じで言ってくれてるから、もしかしたらね、なんだろうな、あなたには今は教えられないってことを言ってるんじゃないかなっていうのがある。だからもしかしたらあなたのことを好きな可能性があるんじゃないかな。だから教えられない。だってもしこれがね、お友達だと思っている人から、じゃあさ、この1番のこの1番さんはさって、1番のこのお相手は好きになる人って実際好みのタイプとかけ離れてたりするのって友達に聞かれたら、普通に友達だったらそうだなとか、違うとかいろいろ言うじゃないですか、普通に。でこの方かなり素直な方なので、その方がこうやって出してくるっていうことは、聞かれたらちょっと恥ずかしいとか答えにくいとか、それはあなたがこの中に入っている可能性があるからっていうことも一理あるんじゃないかなって。多分ね、この方イエスのをはっきり教えてくれる方のはずだから、今はねまだ知る時じゃないよってことは、じゃあそのうちじゃあ分かるのっていうところもあるんだけど、でもねこれ以上カードはね出さない。あんまりしつこくしないようにしようと思ってる。この方シンプルだから、今のあなたには秘密って言ってるから、もしかしたらあなたのこと好きかもしれないよっていうね可能性がありますね。友達以上に思ってる可能性もある。だけど今回のリーディングのテーマとしては、あなたへの思いじゃなくてこの方の恋愛観を見ていくので、今日はねここまでにしときましょう。ということで、ちょっとねはっきりと、じゃあこの理想のタイプ通りの方と付き合うのかどうかとか、好きになるかどうかってことはグレーゾーンってことにしておくんですが、次行きましょう。この方が異性にね、この方の恋愛対象の方にされたらグッとくることを見ていきましょう。はい、ということで、じゃあこっちからねもらっていこうかな。されたらグッとくるよ、こんなことされたらときめいちゃうよっていうグッドポイントを聞いていきましょう。はい、グッとくるポイントをもらっていく。ワンドのページ。はい、そうだな、もう一枚もらいましょうかね。ワンドのページ3。あれかな、めちゃめちゃLINE のやり取りするのが好きとか、連絡するの好きとか、これもね後で聞いていくんですけど、なんか落ちたけど、たくさん落ちたんで一回しまいますね。割とレスが早い人っていうのがあるかな。お返事くれるのが早いとか、反応がいい人っていうのがあるので、どこどこ行こうよって誘ったら誘いに乗ってくれる人とか、あと逆に積極的に誘ってくれる人、グッとくるって言ってますね。ペンタクルの6も出てるね。なんかねすごく優しくされた時とか、あと、そうですね、この恋愛対象の方が周りに優しくしてくれるとか、例えばね動物とかお子さん、子供さんとかね、小さな守るべき存在のような対象の方々に優しく接してるのを見た時とか、そういう思いやり、気配りっていうのを忘れない。例えばね、道路に咲いているお花とかも踏みにじったりしない。そんなことする人いないと思うんですけど、そういうところまで大切にするとか、なんか普段はすごく楽しくやる気に満ち溢れていて、お誘いしてくれたりとか積極的なんだけどね、学校でもねワイワイやってるんだけど、ふと見るとそういう人がね、ふと見ると実は陰で
お花に水やりしてたとか、ね、花壇のお世話してるとか、そういうのを見るとグッとくるみたいな。こう誰も見てないところでも優しさを振りまいていたりとか、地球の環境問題のことだったりとか、すごくね今大きなこと言ったけどだったりとか、道端で困っている人とかの手助けをしてくれたりとか、落とし物を届けたりとか、そういう何かね、地球に優しいことをしていたりとか、助けるべきものに手を差し伸べることだったりとかっていう、こういうところを見た時っていうのがグッとくるっていうのを言ってる。へえ、ね、なんかね、意外や意外っていうか、意外じゃないといえば意外じゃないんだけど、割と見てるところを見てるよっていうのがありますね。ただ楽しいだけじゃないよって、刺激的じゃないよって、どっちかっていうとこの方の中身をちゃんと見てるっていう感じですね。そうね、なんかね、この人がそういうところを発見した時っていうのもあるから、もちろんね、普段からみんなに優しく接してる人っていうのもあるかもしれないけど、どちらかというとね、この人に優しくしてくれたっていうよりは、なんだろう、みんなが見てないところで優しさを発揮している人とかね、後々振り返ってみたら、この人がいたからみんなのね輪がねつながっていったよねとか、そういう風なのを気づいた時とかっていうのもある。自分に優しくしてくれたっていうよりはそういう感じですね。そしてね、こうワンドのページさんもいるから、ただそれだけじゃなくて、反応が良かったりとか、楽しいことをワクワクすることが好きだったりとか、もちろん自分がこう学んだりとか、何かをね資格取ろうとか、そういう夢とか目標とかもちゃんとある人っていうのもある。もちろん資格だけが全てじゃないので、そういうのもありますね。ではどんどんいきますよ。何フェチか見ていきましょう。何フェチここ見ていきましょう。このカードからもらえるかな。何フェチですか。はい、さあ出るかな。何フェチとかやったことないんだけど、さあ出るかな。何フェチですかっていう。でもなんか手っていう感じがするんですよね、今まで見た感じだと。さあどうでしょう。テンポよくねやっていきましょう。お、エンプレス。なるほど、エンプレス。何フェチね。フェチ、外見的要素で言ったら手なんですけど、手ですね。手のなんだろうな、その異性、性別によって違うと思うんですよ。手の大きい人が好きっていう人もいるし、手の綺麗な人が好きとか、清潔感のある手とか、指が長いとかね、いろいろその人によって好きな手の形ってあると思うんですけど、まずね手っていうのが入ってきますね。そうですね、手ですね。手ですねで、あとは何フェチ、これフェチっていうか、フェチに入るかどうかわからないんですけど、パーツ的なこととかよりも、なんだろうな、自分とねいろんな、ことを共感していけるっていうところがあるので、でもフェチですよね。かなりなんか魅力的っていう風に見えるんですよ。こう異性として恋愛対象の、方としてすごくねムンムンな感じがするから、フェロモンダダ漏れみたいなかといってじゃあそういう服着てればいいのかとか、そういう風な仕草すればいいのかってわけじゃないんだけど、この人にとってそういうなんかフェロモンが溢れてるっていう。だからその人によってフェロモンの感じ方って違いますもんね。難しいとこ出してきたな。でも分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね。モテる人なんじゃないかな、この人自身が。恋愛対象の方がね、この人が好きになる人っていうのがかなりこう魅力的な人だったりとか、他の人からも人気があるとか、あとはもう性別問わず男女ともに人気がある人っていうのも入ってくる。なんか相談役、お話を聞いてくれるような人だったりとか、みんなから注目を集める人っていうのもあるんですけど、でも何フェチで言うと手ですね。はい、手ということで次行きましょう。じゃあ逆に、今ねグッとくることを見てたんですけど、逆にね何かされたら
悲しんでしまうこと、グッとくることの逆ってありますかっていうのを見ていきますね。ではそれはね、この天使さんと逆の、悪魔じゃないやダークエンジェルさんから見ていこうかな。ちょっとしまっていこう。よし。逆にされたら嫌なこと、自分が恋愛対象だと思っている人にこれをされたら冷めちゃうなとかっていうこと、これは嫌だっていうのを見ていきましょう。はい、もらっていきます。ワンドのページ同じちょっとグッとくるやつと同じカード出してこないでよグッとくるところと同じカードを出してきてますね。ワンドのページ。でもどうかな。ちょっと他のカードも出しながら見ていきますね。これをされたら嫌だよっていうところをもらっていきます。ワンドのページで対抗してくるなんてじゃあこれからはソードのクイーン。ちょっとねこのワンドのページがねあれなんですけど、そうですね。じゃあこのワンドのページちょっとあれなんで、なんか一回こうキュンとなったらそこから冷めることがないのかもしれないけど、今はでもその好きになるならないの手前の状態で聞いてるので、これはないわって思うようなのは何ですかというのを聞いていく。ワンドの7出てきていますね。なるほど。これから感じることは、なるほど、ちょっとねこう恋愛対象の方には甘えたいっていうところが出てきてるから、バッサリ言っちゃうと本当にバッサリ言う人とか、あと芯が通ってるのは好きなんだけど、その中にも上品さだったりとか優しさが見える人っていうのがあって、それが見えない人、自分が甘えられないって感じられたりとか、あとははっきり言っちゃえば言葉がきつかったりとか、態度として優しさが出てこないような人もはっきりと言ってますね。はっきりと言ってるかな。例えば好き避けとか、好きだけど避けちゃうとかね、そういうことされちゃうと変にねこの人誤解しちゃうんじゃないかな。自分に興味ないんだなっていう風にサクッと、思っちゃって、あんまり駆け引きとかは得意じゃないみたい。結構純粋でピュアだから、あと甘えん坊だしねなので、基本ワイワイするのも好きだし、友達と。だからあとあれかな、これタバコ吸ってるでしょ。タバコ吸ってる人は好きじゃないっていう感じもしますね。お仕事するのはね別に好き嫌いとか関係ないんだけど、例えば仕事ばっかりで自分のこと向いてくれないとか、お誘いしてもいつもねお仕事忙しいんだよねっていう風にタイミング合わなかったりとか断られちゃったりすると、もうその時点で恋愛関係には発展しないかなっていう風になっちゃったりとか、あとやっぱりなんかこう言葉遣いっていうのも入ってくるんですよね。別に言葉遣いが乱暴な人とかじゃなくて、なんだろうな、この方にとって甘えられないなって思った人っていうのが入ってくる。あと素直に心を開いていけないお互いがっていうのがある。相性の問題かな。これは何されたら嫌って、壁を作られたら嫌だって言ってるんですよね。お仕事っぽいカードが入ってきてるから、もしかしたらこの人自身ね仕事と恋愛を別に考えてるのかもしれないけど、だけど仕事が一緒だから、会社が一緒だから、じゃあ絶対好きにならないのかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。でもある程度でも線引きはしてると思うんですけど、だからといってじゃあ絶対好きにならないのって聞いたらそうじゃないと思う。それもねイエスノー出しましょうか。じゃあねこの方同じ会社の方だったら線引きしますか。可能性、あくまでも可能性としてイエスノー出しましょう。あとはねこの方がもしかしたらね好きになる可能性だって全然ありますもんね。これはっきり
りするんですよね。またもうすぐ答え知るでしょうみたいなことを言ってるんですよ。もしかしてこの1番を選んだ方、同じ職場の人が好きとか、仕事つながりですとか、同じチームですとか、何かねつながり持ってますっていう方いますかね。そうだとしたら何かそれをね隠してる、恋心を隠してあなたと一緒にお仕事しているっていう可能性が高いけど、隠していても多分この方分かりやすいからね。同じ会社の中でも〇〇さんってあなたのこと好きなんだってみたいなこと周りから言われたりとかもすることあるんじゃないかなっていう感じもするんですけどね。職場の方で好きになりますどっちですかって聞くと、ここも濁してきたので、もしかしたらねあなたと同じ仕事のね関係ですっていう人もいるだろうし、あとはもうそうじゃないよって方は、この方はもう仕事関係だから好きになるならないとかっていうのは線引きしてないよっていうところがあるかなと思います。あとこのワンドのページがグッとくるところとこの嫌なところとそれぞれ出てきてるから、割となんかこう反応がいいとはグッとくるんだけど、振り回されるのは嫌だって言ってるから、ちょっとなんかそのあたりもねこの方にとって微妙なラインでもあるのかな。すごくね分かりづらいっちゃ分かりづらいかも。そうだな、気分屋っていう感じはあまりしないけど、でもちょっとなんかね甘えたさんなところがあるから、あとやっぱりちょっと繊細かな。恋愛に対しては少し繊細な感じもするから、あまりこう自分の心をかき乱されるのは好きじゃないなっていうところはあるかなとは思います。まあでも同じカードが出てくるってあるということで次行きましょう。この方の理想の恋愛お付き合いの形ってどんな形っていうのを見ていくのと、そうですね、まずこれを見ていきましょう。どんな恋愛好んでますかっていうのを見ていく。じゃあまだ出してないこのヌヌマンカードからどんな恋愛が好きですかっていうのをもらっていきましょう。この方ね、どんな恋愛が好きですかということで、はい、カモのカードが出てきている。なんかこれでもそうだな、でも絵柄としてはね収穫っていうよりは結構なんかこう曖昧な関係好きじゃないんじゃないかな。付き合うなら付き合うではっきりとするっていうのがこの方の、理想のお付き合いの仕方としてある。やっぱりなんかこうモヤモヤしたくない、曖昧な関係は嫌だっていう感じがする。お友達以上恋人未満っていう関係があまり好きじゃないから、恋人なら恋人、友達なら友達っていう線引きをはっきりするよって、はっきりさせるよっていうのが言われてるし、あと付き合ったら周りに付き合ってる恋人だよってことをちゃんと言う、お互いがっていうところを求めてるのかなっていうのはあります。あまりこううやむやにしたくないっていうのがありますね。もう1枚もらいましょう。じゃあ天使さんからもらおうかな。天使さんっていうかどっちも天使だけどライトな方からもらっていこうかな。どんなお付き合いそうですね。はい、1枚ペンタクルの7。どんなお付き合いが理想ですかというと、やっぱりペンタクルが多いんですね、この方。なんか刺激とか派手さとかよりも、もちろんね品はあるんだけどなんだろう、確実堅実って本当にここですよね。グッとくるところと少し似てるんですよね。堅実、これもペンタクルか。堅実っていう感じ。なんかこうお付き合いしたら、派手さはあまりなくなる。こっちどっちかっていうとこうね、なんかパリピ的な感じじゃないですか。だけどなんか付き合う方にはすごく真面目な交際というか、そういうところを求めていくんじゃないかなと思います。さすがねロマンスの王子様です。ただロマンスだけじゃないお付き合いっていうのが出てくるかな。笑顔、スマイルっていうのが出てきてます。
スマイル、でもなんか似てますよね。これと3人揃ってて仲良くやってるような感じがするから、付き合ったらどんな恋愛の形求めてますか？笑顔が出てくるので、でもこれ2人じゃなくて3人いますよね。もちろんね、はっきりさせていくっていうのはそうなんだけど、でも何かこうみんなで一緒に楽しくやっていきたいっていうのがあるから、恋人との時間もすごく大切に育んでいくし、あとお友達とのお付き合いもしていく、その中にあなたを入れていくっていう感じがする。もちろんあなたとの時間もはっきりとね取るんですよ。2人だけの時間もはっきりと取るんだけど、みんなで遊ぶ時、この方のお友達の中にあなたを紹介してくれて、そこからつながっていくご縁とかね、お友達としてのご縁を広げていくっていうのがあるかな。その逆もそうです。あなたの、お友達付き合いの中に紹介して入れてほしいなっていうところもある。割となんかこうね、堅実に積み重ねていく感じもするので、そうですね、なんかこうゆっくり、なんか真剣交際っていう感じかな、お付き合い、理想のお付き合いとしては真剣交際、そしていつもね笑顔っていうのがあるから、どっちかっていうとね、こう穏やかな日々を過ごしていきたい。まあ誰でもそうなんですけど、喧嘩することもなく、喧嘩があったとしても仲直りして育んでいきたいっていうことと、あとなんかやっぱりこう自分を大切にしてほしい、甘えたいっていうのが入ってくるから、そういうのがね理想としてあるのかなっていうのがもうありました。はい、ということで、まず第一段階としてこのお相手の基本的なところというものを見ていきました。じゃあ一度カードを片付けして、でそしてその後に、次のね片思い編っていうところを見ていこうと思います。はい、ちょっとね一回これを片付けながらやっていくんですが、そうですね、そして片付けたいところと片付けないで残しておきたいところがあるので、待ってくださいね。はい、ではこの2枚だけ残していきましょう。お相手のね基本的なところと恋愛したらどうなるのかっていうところだけ残してイメージしながらやっていきましょうか。はい、ということで、このね恋愛したら好きになった人にはどういう対応をしていくのかっていう片思い編を見ていきましょう。はい、では好きな人への態度、好きな人にだけ取る行動を見ていきます。ではどんどんと見ていきましょう。はい、好きな人だけにはどういうことを取るんですか？どういう行動を取るんですか？すごい、でもなんかね一途っていう感じがするんですけど、ね、さっきも言ったみたいにね出てきた、真剣交際するって言ってて、ペンタクルの10出てくるでしょ。すごいな自分の領域に出るっていう感じ。領域展開しちゃうのかな。ペンタクルのクイーンも出てきてる。さっきもねペンタクルのクイーンが理想のね方の内面として出てきてますよね。でこれ実際どんな態度をとってくれますかとか、好きな人にだけ見せる顔っていうので出てきてるこの方、かなりなんかねすごくね真面目っていうのが出てくる。分かりやすく言うと、でも品があるっていう感じだな。もっとね分かりやすくいきましょうか。どんな行動態度出してくれますかっていう、なんか尽くしてくれるっていうのがねすごく出てくるんですよね。尽くしてくれるし真剣、すごくなんかこう相談に乗ってくれたりとか、真摯に向き合ってくれたりとか、決しておろそかにしない。多分第一に考えてくれる、すごく優先してくれると思うんですよね。ゆりはゆりすごくね純粋に愛をね捧げますよっていう感じで出てきているのでね。好きになったらすごくね自分のことアピールするし、かなりピュアなんですよねこの方。もともとそのピュア度が増していくっていうのがある。やっぱり手なんですよね。手なんだよな。手が好きって言ってるんですよね。手に特徴がある人が好きっていうのを言ってる。そして
外見的な要素は手だけじゃなくて、やっぱりねこの方をねすごくね大切にしてくれる人がいいって言ってるし、この方が好きになっもうなんかこれがなんかねこのお相手の肖像画になってますけど、この方が好きになるとすごく大切にしてくれるから、すごいわかると思う。特別扱いしてくれるっていう感じ。好きになったらね特別扱いするよ。みんなとは違う、他とは違う特別っていうのを用意してくれるんじゃないかな。ちゃんと。いや素晴らしい。じゃあ追い打ちをかけてもう一枚聞いていきましょう。追い打ちとことんと答えてもらいましょう。なんかすごくね教えてくれるので、いや素晴らしいお相手ですね。ということで、好きな人にはどんな態度を取りますか？もう特別って言ってるだけで十分なんですけどね。成長のカードが出てきてるから、仲良し小良しでお手手つないでるのでね、なんかねお手手つないでる。なんか一緒の、例えば同じ会社っていう可能性も割とねあったんですよね、さっきね。それは、この方の、取扱説明書じゃなくて、今好きな人が同じ会社にいるのがあなたの可能性が高いってことを言ってるんだけど、でも今この人があなたのことをどう思ってるのかっていうのを聞くことじゃないのをテーマにしてるので、あまりねそっちの方には触れないでおいたんですけど、同じ職場にいようがいまいが仕事関係なく共に成長できる人っていうのがある。でもちろん同じ仕事だとしたらプロジェクトとかに携わって同じことをね協力しながらやっていくってこともそうかもしれないけど、そういうところじゃなくて、なんかもっとなんか人間として成長し合えるとか、かなりこう真面目なんですよね。真剣交際っていうところが入ってきてるから、例えばねもうはっきりと言葉として言われるんじゃないかな。君といるとなんかこう人として成長できるとか、何か初めての経験を一緒にしてなんか大人になれた気がするとか、なんかそういう言葉とか態度とかはっきりと言ってくる時があると思います。あなたとこれをやれたから、このことの経験を通じてお互い成長できたよねとか、学ぶことあったよねとか、それは仕事勉強とかじゃなくて、その人生経験だけでもじゃなくて、何かこう趣味を通じたりとか、映画を見て一緒にこう感動したりとかして、この映画良かったよねとか、この映画のここが良くて自分がこう思ったんだみたいなこととかも言いそう、なんか共有してくれそうっていうのがある。であとすごくね特別視してくれるので分かりやすいと思います。かなり何でもしてあげたいっていうところが出てくる。この方が好きになった方には自分から話しかけに行くし、すごくね大切だっていうのを言ってる。だけどなんかねどことなくその逆も求めてるところがあるんですよ。自分が与える分、自分もしてほしいってところがあるから、そういう意味で一番最初に出したそのレスポンスが早い人がタイプとかね、それはそこに通じてるのかもしれない。自分と同じ温度感だったりとかありますよね。この LINE の返事とかテンポ一つ一つとかも合う合わないってありますよね。タイミングの問題とかじゃなくて、元々の持っているそれぞれのテンポっていうのがありますよね。そこが噛み合うっていうのが、だから一番最初に条件として出てきたのかな。こうグッとくるポイントだったりとか、そういうところで出てきたのかな。でそれで逆に冷めちゃうところでも同じワンドのページ出てきたでしょ。だからそういう意味でテンポが合わない人ってことも言ってるのかな。会話のテンポだったりとか、そういうところでこの人とは、成長し合えないだろうなとか、テンポが違うなと思うとグッとこないみたいっていうところもあるのかなと思いました。はい、では次行きましょう。ではこの方、出会ってからいいなと思ったらもう好きってなるまでには、時間早い方ですかってことでもらっていきますね。こうなんか友達期間が長くてじっくりと好きになっていくのか、それともこう好きって思ったら結構割と早く好きって思っちゃうのか、恋愛対象として見るのか。はい、またこの人イエスノー出してくれない。かなりねこのイエスノー以外の文章ってかなり少ないんですよ。もうほとんどイエスノーで、もう3分の2ぐらいはイエスノーで作られているのに、
質問してきてって言ってるんですよね。好きになるまで早いとかっていうところを突っ込んでいくとイエスノーはっきりしないっていうのがあるから、根本的に優しい人っていうのがあるかな。今まで見た感じだとはっきり出さないってことは2パターンあるんですよ。今これを見ているあなたのことが好きだから今ねそこまでイエスノーをはっきり出したくないのかね、見せたくないのか、あとはもともと優しいっていうのはあるんですけど、それ以外のところでそこを出しちゃったらどうなっちゃうのかなっていう、この方の不安だったりとか心の中っていうのがあって、一見ねこうパリピ的な感じでこう素直な方だし、割とカードもね素直に出してくれてるのであんまりひん曲がったところないように感じるんですけど、でも本当の奥底ってもしかしたらあまり見せない方なのかもしれない。だから自分がこう甘えられる人が好きとかそういうのも出してるのかな。でもねどんどん質問してって言ってるんですよね。何でも聞いてって言ってるから、そうですかっていう感じで聞いていくんですけど、好きになったら、早いかどうかもっとね細かくじゃあ聞いていきましょう。では一目惚れってありますか？一目惚れ、聞いていきましょう。いいなってフィーリング型ですか？直感型ですか？いいなと思ったら好きになりますか？一目惚れを含めてもういいなと思った瞬間にブワーって好きが溢れるタイプですか？はい、ノー、違うって言ってますね。間違いなく違う。一目惚れとかはしない。直感型ではない。じっくり相手を見ていくっていうのがある。やっぱりそうか。さっきもそうでしたもんね。このグッとくるところとか、あとこうね真面目な交際、真剣な交際とかそういうところを見ていくと、やっぱりこうちゃんと相手を知ってからっていうところがあるのかなっていうのが出てきています。はい、では、好意を持った相手には自分から動く、動かない、それももらっていきましょう。じゃあこれもねもらっていきましょうね。はい、この方好きになったら自分から動きますか？それとも受け身のタイプですか？動く、動かない、積極的に自分からアタックしますか？なんかね、違うって待って、2つ出てきたけど違うって言ってるしイエスって言ってる。ちょっと待って、これ2つ出てきたけど、これが最初に出てきたから、自分から動くタイプですか？違う。積極的には動かない。受け身のタイプですか？イエスっていうことか。受け身ってことか。割と受け身なんですね。じっくり見るからかな。カップのナイトだから自分から行くのかなと思いきや、積極性ではない、積極的ではない。じゃあどんな風にアプローチするのかもらっていきましょう。これはね、じゃあねライトな方からもらっていきましょう。どんな風に受け身ながらもどんな風に自分をアプローチしてくるのかなっていうところをもらっていく。割とね本当にピュアって感じですよね。この成長のカードも手つなぎそうでつないでない微妙ななんかこう隙間がありますもんね。はい、そしてどんなアプローチをしてきますか？どんなアプローチしてきますか？受け身なんですよね。受け身なのに割と分かりやすいんじゃないかな。そっか、恋愛要素あんまり出さない感じがするかも。恋愛以外のところでは積極性を出していくんじゃないかなっていうところがある。ワンドの8、なんかすごくね分かりやすいと思う。受け身なんだけど分かりやすいんじゃないかなっていうのがあります。そうですね。でも待ちって受け身っていう感じで考えたら、あなたをねいつも見守ってくれているとかっていうところもあるけど、でもかなりこう臨機応変に対応してくれたりとか、あなたの困ってるところとか、あとなんかねこうゲームとかやってても割り込んでくるとか割り込んでくるっていうか、そうなんかグイグイ来るって感じじゃないんだけど、基本的にはねこういう、優しいところとかロマンチックなところっていうのもあるんだけど、でも受け身だって言ってるので、この人が自分好きになったら自分から行かないよって言ってるんだけど、でも動いてるように見えるんですよね。っていうちょっとなんかこれちょっとね天の弱でもないんだけど、
この方的には動かない受け身ですよって言ってるんだけど、結構動いてるんじゃないかなとは思います。ただそうだな、でも自分で受け身だって言ってるので、やっぱりこう少し動くけど、どちらかというと好きになった相手の方から来てくれたらいいのになっていうところはある。期待してるんじゃないかな。でもかなり心の中こうそわそわしたりとかドキドキしたりとかっていうのを一生懸命、抑えてる、見せないように平然を装ってるっていう感じがするけど、でも溢れてるよねっていうところはあるかな。はい、ということで、なかなか受け身とは言いながらも周りから見たらわかるんじゃないかなっていう感じもしてますが、じゃあ連絡はどれぐらいのペースで取りたいと思ってるのか、これもねもらっていきましょう。これはね、じゃあね、ルノルマンからもらっていきましょう。ルノルマンでわかるかなどれぐらいの頻度で連絡したい、1日の割合とかどうかな。1日ね、いつもなんか出てきた、いつもひたすらとか、夜に連絡いっぱい取りたいっていうのを言ってる。やっぱかなりロマンチストなんですよね、この人。でしかも受け身って感じかな。連絡くれたらいいなっていう感じがする。自分から連絡すごくいっぱい取る感じじゃなさそう。でも連絡すごくね待ってるよって、連絡きっかけさえくれたらすごくいっぱいねがっつくんじゃないかなっていうところがある。受け身だけどもういつでも来て、であとは夜がいいって言ってるので、例えばね仕事中なんかこう仕事一回こう手を休めて返信していくっていうよりだったら、仕事は仕事で打ち込んで帰ってきて夜の時間にいっぱいやり取りしたいとか、そういうところがあるかな。夜っていうのが入ってくるので、かといってね、じゃあ絶対夜じゃなきゃダメなのかって言ったらそうでもないんですよ。わりかし夜がいい。そして連絡頻度も割とね夜の方が返事返してくれるとかで、頻度としてはね、そうだな、朝から晩までずっとってわけじゃなさそう。割合的には夜の方が割合あるんだけど、そうだな、日中も割とあると思うんですよね。割合比率的に言ったら夜なんだけど、日中もそこそこしてくれると思うし、暇さえあればあなたのこと考えてるだろうから、連絡くれたらもうすぐ返事返しますよとか、返せるときはもうすぐ返しますよっていう感じがあるので、すごくね連絡するのも好きなんじゃないかな。 LINE だったりとかそのやり取りっていうところもうすごく、いろんな妄想がかき立てられているんじゃないかというところが出てきている。では、好きな人のことを1日どれぐらいの割合で考えているか、これもルノルマンからもらっていこうかな。でも連絡頻度のところでもね結構考えてるよって言ってるので、連絡するしない関係なく頭の中でどれぐらい好きな人のこと考えているのかもらっていきましょう。わかるかな？教えてくれるかな？ブックいや結構ねいっぱいですよって。あなたの情報でこの人の本棚、あなただって、ごめんなさい、あなたっていうわけじゃないですもんね。今あなたに対する思いじゃないもんね。この人好きになったら好きになった人のことですごくねこの方の本棚が埋め尽くされるぐらいぎっしりと本が入り込んでるので、かなり考え込んでるんじゃないかな。もういっぱい好きな人のことだけでいっぱい、もう好きになった人とどこに行こうか、何をしようかとか、この人はどんな人なんだろうとか、すっごくいろんなこと興味津々でいろんな情報を集めてますっていう感じがするね。ロマンチックな割にちょっとロマンチックプラスいろんな情報を集めてるから、なんかねこうむっつりな感じもするんだけどね、受け身っていうところもあってロマンチストっていうのもあるから、すごくこう妄想していたりとかロマンチックなこと考えていたりとかはする感じもするけど、割となんかこうカラッとしてるところもあるので、どっちもあるっていう感じだな。でも割合的にはこうむっつりな感じがちょっと高い気もしますね。いろんなあれこれ考えながらね妄想を膨らませてるっていう感じもします。では
かなりただ分かりやすいってところがあるんだけど、そうですね、理想の告白のシチュエーションをもらっていきましょう。まあそうですね、どんなカードからもらっていこうかな。じゃあこのカードを出してないからこのカードからもらっていきましょう。アニマルタロットさんから、この方どんな告白のシチュエーションが好きですか。自分がするとか相手からするとかまあ一回置いといて、シチュエーション、どんなシチュエーションが好きですか。ソードのエース、雷が鳴ってるよ、ドドーンとね。この人あんまりソード出てこないから、なんかここでソード出てくる。だからシチュエーションとしてはもうすごくこの人の中ではもう一発大勝負なんですよね。すごく心に決めて勝負かかってくる。このカードを見る限りだとこの人から、言うんじゃないかなって、受け身でいるんだけど、告白するぞっていう時は本当に自分で決心したらすごい勇気を振り絞って今から飛び立っていくぞっていうね、この、雷の中でも今から行くぞっていうぐらいの気持ち、本当にこう羽ばたいていく、書いてる、断固とした意志で立ち向かうって書いてるので、本当にチャレンジしていくっていうところもあるから、この人の中ではすっごい勇気を振り絞って自分から行くんじゃないかなっていうのが出ています。ちょっとシチュエーションとしてね、もう少しねこう、もうちょっと欲しいのでエンジェルアンサーから出していきましょう。エンジェルアンサー、どんなシチュエーションなのかな。かなりでもガチガチしてるので、この人の中でこうすごくね緊張してるなっていうのがわかるんじゃないかな。こうロボット歩きしてるとかねでガチガチして、今日5時校庭の裏に来てくださいみたいな感じで片言になるとか。でも豊かさのカードが出てるので、でもなんかね持ってますよね。手にコイン持ってるので、こんな感じで手に何か抱えてるので、プレゼント持ってやってきそう。プレゼントもしくはなんかこうネタとかね、話のネタとか何かこう決め台詞とか何か用意してやってきそうな感じがする。もうちょっとシチュエーション欲しいですよね。シチュエーションここちょっとなんかこうドキドキしたいので、シチュエーションなんかでもやってくるっていう感じがするから、自分で本当に決めて自分で動くっていう感じがしますね。この方告白自分からっていう感じがする。されるのも好きじゃないわけじゃないと思うけど、シチュエーションとしては勇敢、さっきもね出てきたね、好きになるタイプの方で出てきたところにと同じカードが出てくるから、向こうから来てもらっても全然 OK だけど自分から行くっていう感じですね。やっぱり決めたら自分で行くっていう感じ。じゃあなんかねすごくねまっすぐやってくるってことと、あとすごく好きになった人のことをね大切にしているっていうのを、ちゃんと届けてくれているから、この告白までの間にね届けてくれてるから、自分と付き合うともっともっとね豊かさをあなたにあげるよみたいな感じのことも言ってくれるんじゃないかな。かなり勇気をね振り絞って決めるんだって言ってる。自分から告白すると思うんですよね。じゃあこれちょっと一回置いといて、シチュエーションとしては少しね分かりづらいんですよね。ってことは、例えばね計画を練って、例えばドライブ行って夜の景色を見ながら海に行って指輪を渡しながら好きです付き合ってくださいとかじゃなくて、もう自分が告白するんだって決めたら、あんまり場所とかシチュエーションとかあまりでもそこまでこだわらずに行っちゃうのかなっていうところはある。だけどこの例えば電話を使ってとかそういうメールとかじゃなくて対面でちゃんと言うっていう感じがするんですよ。でプレゼントもねプレゼントかなセリフかな、何かしら何かを持ってやってくるって言ってるから、すごく嬉しいこと物とかこととかを持ってやってくるから、ちゃんと考えてはいるんですよね。これを持ってとかこういう風なセリフを言おうとかそういうことはある。でもともとロマンスの王子様がここに入ってるから、ロマンチックなことを用意してやってきてくれてるとは思うんですね。
ただその場所とかねシチュエーションっていうところが割となんて言うんでしょうね、こう街中の一角だったりとか、こう崖の上だったりとかもするから、場所とか考えてる余裕とかないぐらいのすごく緊張感と決断力、意志とかを持ってやってくるっていう感じの方が強い気がしますね。場所にこだわるっていうよりは自分の気持ち、パクパクした思いをもう伝えることに一生懸命っていう感じがしてきます。では、障害があっても突き進むタイプですかってことを聞きましょう。どちらかに障害があった場合、それでもこの方って自分の気持ちに従って動いていきますか？障害っていろいろあると思いますが、全体的にまたここもねグレーな感じで出してくる。本当はこういうイエスとかノーっていうのがかなりこう多いんですよね、このカードっていうのが。だけどなんかこの人なんかグレーな感じで出してくるんですよね。もうすぐわかるよじゃなくてその障害があっても乗り切れるかどうかっていうのはその時になってみなきゃわからないっていう感じですかね。その時の状況とか、その困難、試練とか障害のその度合いとかねありますもんね。遠距離なのかとか複雑恋愛なのかとか、例えば自分に恋人がいる時に好きになった人ができたとか、自分が好きになった人にはもうすでに、ご結婚されてる人だったとか、いろいろパターンがありますもんね。それによっても変わってくるし、その時とタイミング、自分の気持ちの度合いとかによっても変わってくるっていうことも言ってるけど、もうすぐあなたがわかるでしょう、その答えがって言ってるから、やっぱり何度も言ってるみたいにあなたのことが好きだっていう可能性もあるんですよね。でも今はね、今これをご覧になっているあなたとの関係性のことを抜きにして今やってるので、あまりあなたを絡ませたくないので置いといて、その時の状況、気持ち、障害次第だよっていう感じが出てきています。はい、では恋人に求める条件3つもらっていきましょう。恋人に求める条件ね。はい。ではまだ出してないカードとかからももらっていきたい。では恋人に求める条件。なんかね、好きになる人の条件みたいな感じもしますけど、好きになった後、付き合うとしたらここを求めていきますよっていうところ、ね、踏み込んだところをもらっていきましょう。どういうところを求めていくのか。なんかね、ペンタクルが出そうな気がする。1枚ぐらいは出るんじゃないかな。ソードの3、なるほど。そしてもう1枚、これからもらっていこうかな。どんな条件を求めていくのか。いや、甘えさせてくれる人っていうのが第一条件として入ってくるかな。繊細な自分の気持ちを傷つけない人だから、その一番最初に出たこの苦手なタイプ、これをされたら引いちゃうなっていうタイプで出したところのまんまですね。それは言葉遣いなのか、態度なのか、何かしらどこか自分にとって付け入る隙がないというか、甘えられる隙がないとか、あと自分に対して厳しいなっていう風に感じちゃう言葉なのかな、それとも態度なのかな、この人にとってはねきついなって感じるようなところっていうのがあるかな。ほら、カップのキングでしょ。すごくね甘えさせてくれる人っていうのが入ってきてる。で、じゃあもう一枚これからもらいましょうか。3か条ですもんね。自分を傷つけない人で、傷ついた自分の心を癒してくれる人、出てきたと、あと、自分の愛を受け入れてくれる人、甘えさせてくれる人、心が優しくて広くてで穏やかな人。ペンタクルの5番、やっぱりペンタクル入ってきますね。自分がやっぱりねこの人ね、恋人にやっぱり甘えたいっていうのがすごくあって、この甘えられる甘えるのが実はすごく好きなんだけど、素直にそれができない人、普段できない人、
だから友達から頼られるタイプだったりとか、周りからこう責任をね求められるタイプだったりとか、パリピな方なんだけど、どっちかっていうと自分がこう取りまとめたりとか、こう誰かリーダー的なタイプがいて、それに付き添ってますっていうよりは、自分が周りを引っ張っていったりとか、うまく仲介役に入ったりとか、いろんなね立ち回りとかしていて、あと仕事も結構忙しいのかな、この人。結構遊びと仕事、趣味とかの割合もバランスよくやってるんだけど、仕事こう忙しかったり波があったりいろいろあるのかな、苦しかったりとか持病を持っていたりとか、そういう苦しかったこととか自分の辛いところっていうのをあまり、弱いとこだね、あまり人に見せられないって、そういう性格なのかな。誰彼甘えられないよってことを言っていて、好きな人にだけ自分のそういう弱いところとかだらっとしてるところとか見せたい。でそれを受け入れてくれる人が好きですごくはっきりしてるんですよ、好き嫌いが。だから逆にそれを受け入れてくれない人は苦手っていうところが出てきているから、自分がこう甘えたい、だらっとしたい、だらだらしたいっていう、なんかちょっとこうだらけてる自分というか、ちゃんとしてない自分を見せたとしても、受け入れてくれる人はすごくね甘えたい、いいなって思うけど、それを見せた瞬間になんかいつものあなたと違くないみたいなことを言われた瞬間にさーっと冷めてたりとか、もう本音言えないなとか、本音っていうのはこう好きな人にだけ見せる本音、っていうのを言えない、つまり甘えられないなっていうふうに思っちゃう。だからこう好きな人、好きになってからもお付き合いするまでの条件として、やっぱりこういかに自分が甘えていけるかっていうところがこの人の中にある、甘えというか、こう本音をさらけ出せる、かっこ悪い自分とか弱い自分とかも、受け入れてくれるのかなっていうところを見てますね、この人は。支えてくれる、支えてほしいっていうのもあるかもしれないけど、支え合いたいのももちろんねあるんですけど、割合的には自分が支えてほしいというか甘えたいっていうのがね一番あるかなっていうのがあります。こうね、いろいろとすごくね大切にしてくれるってところはあるんですよね。あるんだけど、精神的な面で自分がこう甘えたいっていうのが一番あるかな、この人は。辛かったこと、今まで辛い過去を打ち明けられるとか、本当の自分の心の中を見せられる、そういうところを求めていくところがあるんじゃないかなと思いました。では好きな人にどんなことをしてほしいのかもらっていきましょう。これねまだね質問ね、これ22個目なんですよね。22個目23個目ぐらいかななんですよね。やっと折り返し地点っていうところなんですが、どんなことをしてほしいのか、じゃあオラクルからもらっていきましょうか。好きな人にはどんなことをしてほしいですかというのをもらっていきます。好きな人にはどんなことをしてほしい？好きな人には優雅、また夜のカード、月のカードが出てきてる。ここにあるね、この連絡したく一日のね連絡の割合、夜なんじゃないかなっていう話したところで、求めてるところもやっぱり夜、優雅、エレガンス、やっぱり品のある人を一番最初に言った、そこも求めてる。そうだな、現実的なところをあまり求めていないんじゃないかな。どっちかっていうと、例えばね経済力がある人がいいとか、例えばすごくねクリエイティブ活動してる人がいいとか、夢目標に向かって頑張ってる人がいいとかっていうよりは、そういう現実的なところじゃなくて目に見えないところを求めていたりとか、気持ちですよね。どれだけ自分の気持ちを受け入れてくれるかなとか、その自分が大切だっていう風に示しているところをどれだけね受け入れてくれる、分かってくれるのかなっていう、受け身だってことを言ってるから、確かにその周りから見たら分かるような感じで漏れちゃってるところもあるかもしれないけど、
でもこの方の中で精一杯大切にしている、もう特別だよっていうところをどこまで感じ取ってくれるのかなとか、受け入れてくれるのかなっていうところもすごくね見ているし、そういうことね分かってるよって言ってもらえるとすごく安心するって、伝わってるんだなって、自分の気持ち分かってくれてるんだなっていうところをすごく求めてるのかな。でしかもそれがすごくねいやらしくない言い方、このいやらしくないっていうのがすごくねこう受け取り方次第で、ちょっとね聞こえが良かったり悪かったりもするけど、このお相手にとって、そうだな、お相手が萎縮しないような言い方で返してくれる、分かってるからねみたいな優しい感じ、かな。こう例えばみんなのいる前で私のこと特別だって思ってること知ってるからみたいな感じじゃなくて、こう2人だけの時にさらっとそういうことを一言ねあなたが言ってあげるとか、あなたがじゃないか、これはこの方のね好きな人だもんね、好きな人からそういうことを言ってもらえるとほっとできる、嬉しいとか、決して優雅だからね品があるんですよね。だからこう品のないようなシチュエーションとか言動とかじゃなくて、本当にねこう月を眺めてうふふって木の枝でお茶なんかするようなこうちょっとロマンス的な感じでねやってもらえると嬉しいなっていうところがあるみたいです。あとやっぱり夜ねゆっくり話しながらお茶とか飲みながらゆっくりと会話したりとか、そういう時間も好きっていうのが言われてます。では束縛するかどうか聞いていきましょう。この人って好きな人を束縛しますか？まだ付き合う前だけど束縛するタイプですか？しないタイプですか？束縛するしない、束縛なんだなんかカード切れなくなってきたぞ。この人なんだ、束縛するのかな。なんだ待って落ちたから一回しまって、この人を束縛するしない、好きな人に対してめちゃくちゃ束縛する。待って2枚出てきた。いやイエスノーじゃここではっきり言われても2枚出てきたから分かんないよ。一回これしまいましょうね。今までなんか濁してきたのに束縛するしないになったらすごくなんかカードのキレが悪くなってきた。しかもイエスノーどっちも出してくる。ちょっと待って、あんまり触れちゃいけないイエスノーのところ。束縛まず束縛しますか？この人は好きな人に束縛しますか？好きな人に束縛しますか？さあ落ち着いて。ノーしないよって言ってる。絶対そんなことしない。本当？じゃあそうだな、束縛されたらどんな風に感じるかなっていうのをもらっていこう。逆にね自分が束縛されたら、これはね好きな人に束縛されたら、恋人だろうが恋人じゃなかろうが自分が好きだなって思ってる人、そうだな、でも告白、そうだね、恋人になる前と後じゃ違いますもんね。じゃあ恋人になる前に好きな人に、束縛されたらどう思いますか？そういうことだからイエスノーを出してきたのかな。付き合う付き合わないのこの境目ってかなりはっきりしてる人なんですよね。この人さっきも出てきたみたいにはっきりして、しかも真剣交際していくよってことを言ってるから、もしかしたら好きな人には変わりないけど恋人になるかならないか、付き合うか付き合わないかのこの境目で変わるかも。好きな人から束縛されたらちょっと汗かいてますねなんかこう額というかほっぺたに雨かもしれないけど汗かいてるように見えたので、そしてこう動かないってところもあるから一瞬戸惑いながら固まっちゃうかなってところがあるかな。チャリオットって進んでいく戦車のカードではあるんですけど、なんか私今これ見て一瞬固まっちゃう人みたいに見えたんですよ。でその後から動き出していくっていうところがあるのかな。束縛されたら一瞬固まっちゃうっていう感じかな。というかそうだな、この人的には多分ねまだ好きな人とはいえ付き合っていないよねっていうところがあるんじゃないかなって思うんですよ。だから自分も束縛しないんだよっていうところがあるんじゃないかな。
ただね、すごくね束縛されたら嫌っていう感じはしない。だからといって束縛されるのが大好きってわけでもないんだけど、戸惑うところはあるかな。でもこれ恋人になったら変わってきそうな気がする。なので恋人になったらどうなるのかっていうのもね、忘れちゃうから今聞いていきましょう。本当はねこの後ね聞くつもりなかったんですけど、じゃあもし恋人になったらこの人束縛しますか？恋人になったら、出てきた、イエスイエス。恋人になったら束縛する。じゃあ同じねこのライトの天使のカードで束縛されたら、恋人になった状態で、束縛されたらこの人はどう思いますか？恋人からの束縛。わー、節制のカード出てきた。ほらすごいね。これね恋人になる前となってからだと、これダークの方か、ごめんなさい、ライトの方で出しちゃったんですけど、そっか、どっちも大アルカナで、かなりこの人の中でこの束縛するしないっていうところがすごくね大事だって言ってるんですよね。すごく大事って。多分この人のね考え方なんだと思うんですけど、その人を束縛することに対して、それが好きな人だろうが自分の恋人だったとしても、どんな関係性だったとしても、こう大切であればあるほどその人の人間性を尊重したいっていうこの人の独特の考え方、独特じゃないんだけどこの人の考え方があって、でもちろんそういうところを自分が好きになる人にも求めていくところもあるんですよ。だからなんて言うんだろうな、すごくね甘えたいから、そういう意味ではじゃあ自分束縛してますっていう気持ちもあるんだけど、変な嫉妬とか心はね狭くないよってことを主張してるんですよ。心は狭くないで、甘やかせてくれて、ですごくね自分も特別だっていうことを意思表示していくし、感情にも出していくから、そこを受け取ってくれる、そういううまいバランスが取れているのであれば、束縛とかそういう嫉妬とか、例えばねちょっとしたことで返事がないんだけど遅いんだけどとか、誰々とはお話ししてたでしょうとか遊んだでしょうとか、そういう些細なことでは、嫉妬し合わないような関係性を目指してるんだっていうことが言われていて、嫉妬ってその愛情を測るものじゃないよねとか、束縛って自分のものだからとか、ものじゃないよねとか、そういう精神論的なところをついてきているこの人。ただでもねお互いが大切だっていうことを確信し合えるような関係性であることっていうのがまず第一としてあって、そこがあればお互い安定しているから、その些細なことでは乱れたりとかしないよねっていうところが出てきているかなっていう、かなり深いここに対しての精神論っていうのを持ってらっしゃる、持論かな、持ってらっしゃるので、ここすごいとてもね素晴らしいこと考えてるかなと思います。はい、ということででは今ね片思い編を見ていったので、はい、ということで次は、両思い編ね、恋人になったらどうなっていくのかっていうのをもらっていきますね。かなりねこれカードをたくさん使って、今回お相手の、恋愛観ってどうなってるのかなってところを聞いていってるので、すごい長いかもしれないので、カードをねお片付けたりしてるときは飛ばしたりとかして、ところどころ休憩しながらご覧になっていってくださいね。いやただこの方ねかなりちゃんと見てるよっていうところもある。ロマンスだけで突っ走らないよっていうところもすごく出ていますね。ちゃんと好きになる人に対しても特別感を出してくれるし、受け身とはいえちゃんと自分のアピールできるところをアピールしていきますよっていうのもちゃんと言ってくれてますよね。とても受け身と言いながらも、そしてロマンチックなところすごくありながらもね、このロマンの王子様が出てるから、とてもロマンチックな人なんですけど、でもなんかねすごくね勇気振り絞って告白するよとか、自分で決めて動いていくよってところもちゃんとあるし、とても人間味あふれる方ですよね。ということで次はお付き合い編を見ていきます。
どんなお付き合いをしたい、どんなデートをしたいのかっていうところもねもらっていきましょう。ということで、どんなデートをしたいのか、ではライトのカードからもらっていきましょう。どんなデートをしたい、はい、どんなお付き合いをしたい、どんなデートをしたい、この2つの質問をもらっていきましょう。どんなお付き合いをしたい、どんなデートをしたい、はい、どんなお付き合いをしたい。デビルのカードが出てきた。なんかでっかいこと言ってますね。大アルカナはね結構意味があるので、この人にとってそのデートとかじゃなくて、どんなお付き合いをしたいっていう付き合い方に対してのこだわりがすごくあるんじゃないかな。エンペラー、デビルとエンペラー、大アルカナは2枚出てきてる。もしかしたらこの人すごく大切にしてくれる、付き合った恋人のことをすごく大切にするんだけど、束縛するかもしれない。さっきもイエスって出てたもんね。イエスなのに自分がされる側だと節制のカード出てきてるから、この人ね、さっきあんなに精神論のこと言っときながら、だけど自分束縛しちゃうよっていう感じするね。すごいね。いやすごいわすごいわ。自分は束縛するけど相手からされたくないとかじゃないんですよね。それは違うんだ。それは違うんだけど、もちろんさっき言った精神論的なところはすごくあるんですよ。それはすごくあるんだけど、それあるんだけど、なんかね、あなたに対してやっぱり甘えちゃう。あなたじゃない、ごめんなさい、もうあなたって言っちゃってごめんなさい。好きになった人、恋人に対しては全く違う顔を出す。で、好きな人、恋人っていうこの境目もちゃんとしっかりと変わる。お付き合いしたらもうね、お互いの気持ちに見えてる、確信してるような状態だから、すごくね、不安とか、その片思いの時の不安っていうのがまずなくなって、そして、その恋人に対する支配力っていうのかな、支配したい気持ち、物とかじゃない、人間をね物で測ったりとかはしないんだけど、そのなんていうのかな、お付き合いしたら自分が主導権握りたいっていうのもそうだし、自分がだけど甘えたいっていうのもあるから、その甘えさせてくれつつも自分を立ててほしいなっていうような感じがするから、だからただね、可愛いいい子みたいな感じじゃなくて、その立ててもらいながらも、支えてもらいながらも、その実はね、手の上で転がされるというか、甘やかせてもらってるのが好きみたいなのがあるから、わかりますかね。なんて言ったら伝わるかな。見た目上、この他の人から見て、このお付き合いしてるこの2人の恋人関係ってお相手主導権握ってるよねって、頼もしいわっていう風に思われてるけど、でも実際家に帰って2人きりになると甘えさせてほしいなっていうところがあるかなっていうのがね、すごくね入ってます。ちょっとねわがままになるかもっていう感じがする。今まで控えめにやってきたりとか、受け身だったりとかしてきたんだけど、いざ気持ちが通じ合うと結構ね、自分の欲が出てくるよとか、正直になっていく、控えめ、抑えていたところが溢れてくるっていうところが出てくるから、そういう意味ではすごく人間味がすごく溢れてるんじゃないかな。すごくわかりやすいですよね。恋人にだけにしか見せないよっていうのを徹底してる。すっごいと思う、これ。溺愛すると思います、恋人のことを。そしてどんなデートしたいかっていうところをもらっていきたいんですよね。オラクルってもらっていきましょう。どんなデートをしたいのか。そうだな、ルノルマンからももらおうかな。まずオラクルで出していきますね。どんなデートをしたいのか。はい、どんなデートをしたいのか。希望のカードが出てきて、お手紙持ってますね。なんかワクワクしてる。どっちかな。いやでも可愛いな、この人すごい。い
いや私タイプかもうん、いや可愛くないですか？ロマンスの王子様で、だけど恋人になるとちょっとわがまま王子様になっちゃうみたいな、二面性があるんだけど、でもまたね憎めないっていうところがねいいですよね。割とねなんか外で遊んだりとかっていうよりは二人きりの時間空間っていうのを大事にしてる。なんか遠距離とかっていうのもちらっと出てくるんですよね。常に一緒にいられなくても連絡取り合えていればとか、気持ちが通じ合ってることが分かっていればそれなりに安定するんだけど、でも気持ちが見えない時とかは不安定になっちゃったりとかもするからね、もともとね甘えん坊さんですから、そういう意味で気持ちはずっと示していてほしいなっていうところはあるんですよね。常にいつもあなたの気持ち、あなただって常にこの恋人の気持ちを手にしておきたいなっていう安心感が欲しいっていうのがあって、そうですね。でもしデートしたりとかするんだったらやっぱり夜かなっていうのがありますね。夜、あと家の中っていうのも結構ワードとして入ってくるので、こうアウトドアで例えばバーベキュー、海とか遊園地とかっていうよりはなんだろうな、恋人の手料理を食べながら家でゆっくり過ごすとか、割とそっちの方が好きなのかなっていう感じがしますね。お友達とはねワイワイ飲んだりとかするんですけどね。はい、では次行きましょう。誕生日や記念日は大切にしたいですか？これを見ていきたい。イエスオアノーで見ようか、それともそうだな、エンジェルアンサーからもらっていけるかな。使ってないから使いましょうね。エンジェルアンサーってイエスとノーはっきりと出してくれるカードが少ないんですよね。でもその分いろんな幅が広がるので、記念日を記念日や誕生日を大切にしてくれますかっていうところで、数ヶ月以内っていうのが出てくるので、大切にするっていう感じですね。記念日はでも大切にすると思うんですよね。すごく特別扱いしてくれるから、大切にしてくれて、結構前々から作戦というか計画練ったりとかプレゼント探したりとかはしそうな感じがする。どんな、お祝いをしてくれるのかっていうところももらっていきましょう。さっきねそうですね、どんなお祝いをしてくれるのか、そうだな、じゃあこのダークのエンジェルさんから待っていきましょうか。割とねこのエンペラーかっこよくないですか？この3つの組み合わせすごく好きいやいいですね。ぜひお付き合いいただきたいものです飛んできた。デビルいやなんかこの俺様感出してくるのがいいですよね。いや同じカード出る？いいの？出ちゃってドキドキが止まらない。なんか前々からいろいろ計画して、そろそろ恋人の誕生日だなとか、そろそろ付き合って1周年だなとか、そういうのをちゃんとね入念に計画立てて用意してるんだけど、用意してるっていうのを当日までもろともねみじんともね見せないかもしれない。例えばね、もうすぐ記念日だよねって、楽しみだねとかっていうような関係じゃなくて、何も言わなくてこうサプライズさせてくれたりとか、まさかそのために最近仕事忙しいとか言って私とのデートをしてくれなかったのはこのためだったのみたいな感じでやってきそう。コウノトリさんだ。はい、どんなお祝い方をしてくれる？ちょっと待ってくださいね。そう、私気づきました。これプリントミスじゃないですか？
今ねこのリーディングで気づいた、コウノトリって17番なんですよ。でも14に見えて、14ってキツネのカードだよなと思って、今キツネのカード探したら同じ数字じゃないですか。いや、こんなの動画で出しちゃっていいのかな。後で問い合わせてみますね。コウノトリ17番なのに14って書いてて同じ数字だからね、ということにちょっと気づいてしまったんですが、なんだろう、今これでここの場面で気づくって何かねすごく大きな意味がある気がするんですよ。だからどうかな、この方って入念な方って感じがするから、うっかりミスとかがねあんまりないんですよね。だから日にちを間違えるとかそういうことはしなさそうで、やっぱりこう計画を知られないように立てていて、でサプライズとしてあなたにバーンって当日プレゼントしてくれるとか、豪華なお祝いしてくれるとか、何ヶ月も前から念入りにやってくれる。でもそのそっけない感じがするけどね、そういうところに対してはね何も考えてないような感じもするけど、かなりこう考えてくれる、サプライズしてくれるってところがある。でもなんかこの数字の印刷ミスかな、これに気づいたから、そうね、日付間違うとかそういうことがあるかもしれないですね、もしかしたら。はい、ということでちょっとこういうハプニングがちょっとあったんですが、ということを私が、気づいたってことは、もしかしたらなんだかんだハプニングがあるかもしれないねってことでも、結果的にはとても幸せなことだったりとか嬉しいこと、変わっていく嬉しい変化だったりもするので、コウノトリさんっていうのはこれをきっかけに2人の関係性がまたね一歩前進するとか、そういうこともあるかもしれないですね。はい、で次ね見ていきましょう。じゃあ恋人にだけ見せる顔見ていきましょう。いやー、恋人だけに見せる顔、はいということで、この方でももうね見せてくれてるんですよね。恋人だけに見せる顔全く違うと思うんですよ。その友達好きな人も違うけど、あとその恋人になってからも全然違うと思う。より大事にしてくれるというか、より密な関係になっていくっていうか、恋人にだけ見せる顔、ペンタクルの10がこれ確か最初の方にも出ましたよね。ペンタクルの10、いやーこれじゃなくて多分ねダークの方で出てきたと思うんですけど、確かペンタクルの10、やっぱりペンタクルは入ってくるんだな。割とねすごくね分かりやすい感じで束縛してくるっていうよりは、なんだろうな、こう賢いのかなこの方が。柔らかい感じもするんですよね。いるじゃないですか、こうニコニコしていて柔らかい口調なんだけど、すごい腹黒王子的なキャラクターとかアニメとか漫画に出てくるじゃないですか。そういう感じもするんですよね。こう雰囲気とか優しいし、すごい穏やかなんだけど、何かねこう優しい口調で、だけど実際あなたの心を掴んで離さないとか、そういう気持ちが人一倍強かったりとかっていうところもあるんじゃないかな。そしてその恋人だけに見せる顔っていうのがそうですね、そのやっぱりこのどうしても家族っていうところも入ってくるので、真剣交際がイコール家族結婚っていうところとかも視野に入れてるところがある。でそういうさっき言った束縛の話とかもそうなんですけど、そういうこととかもありながらも、やっぱりこう根は真面目というか真剣というか堅実的なことを考えていたりとか、だけどその恋人を束縛というか自分の虜にしておきたいっていう気持ちがすごく人一倍あるんじゃないかなってところがあります。はい、そしてあなたに沼っていく、この恋人に沼っていくっていうのがすごくねとても出ている方だなと思います。沼るし沼らせたいっていう感じですね。では、恋人にされたら嫌なこと見ていきましょう。これをされたら嫌だよっていうところをもらっていきましょう。恋人にはこれをしないでほしいな、こういうことしないでほしいなっていうところをもらっていく。
これタロットからも1枚もらおうかなと思います。はい、1枚スターのカードですね。これと、そうだな、このカードを使ってないのでこれからもらっていきましょう。アニマルタロットさん、恋人からされたら嫌なことをください。なんかね、無視しないでねっていう感じがしますけど、どうかな。ペンタクルの4、執着とかもね出てきていますね。あまりこう目立つようなことをしてほしくないっていうのがあるのかな。モテてほしくない、すごくわがままなんだけどってことは言ってますけどね。僕私のわがままなんだけど、僕私だけの恋人でいてほしいから、あまり周りに愛想を振りまいてほしくないとか、そうだな、周りの人からの注目を集めてほしくないっていうところがあるので、目立ってほしくない、自分の中だけでいいっていう感じがするから、やっぱりこう独占欲っていうのもやっぱりあるんですよね。沼らせたいっていう。だけどなんていうのかな、すごくね攻撃的な独占欲っていうよりは柔らかい独占欲っていう感じもするんですよね。なのでこう沼ってるから束縛に感じないっていうところが恋人側からしてはあるんじゃないかな。お相手もそこをうまく束縛してくるというか、沼らせてくれるというか、そういうところがある。やっぱこうロマンチックっていうところもやっぱりこうあるので、あとやっぱりこう自分だけを見ていてほしいっていうのもあるから、よそ見してほしくない。だからといって自分だけを自分をね最優先、いついかなる時も最優先するべきだっていうふうには考えてはいないんだけど、総合的に自分が大切だってことをいつも伝えてくれれば安心していられるからっていうところがあるから、なるべくこう不安材料を持ってきてほしくないってところがあるんですよね。あなたのことを他にもいいなって思ってる人の存在があると気になるし、あなたがこう目立って発信力とかもあったりとかしてファンがいたりとかするのもモヤモヤするしっていうところもあるし、自分だけの恋人、そして恋人の中だけの自分っていうのをかなりこだわりとしてあるんじゃないかな。所有と安定っていうところのカードが出てるので、そういうところがある。こういうことされたら嫌だよってところで、自分の手元から離れていったりとか、視野から見えなくなってしまったりとか、目の届かないところに行ってしまった時とか、そういうことされると嫌だよとか、あと逆にね、恋人が自分のことを視野から外してしまうこと、自分が外れていくことも嫌だよってことが言われてます。はい、ではそうですね、喧嘩したらじゃあこの人どうなるのってところを見ていきましょう。喧嘩したらどうなる。はい、喧嘩したらどうなる。いろんな理由でね喧嘩することってあると思うんですけど、そうなった時にこの人どうなるんですかってところをもらっていきます。喧嘩したらどうなる。ソードの2、葛藤するって言ってる。表面的な平和感情を抑圧するって真実から目を背けるとかって書いてるから、あまりこう喧嘩の原因とかそういうところをあまりこう深く掘っていかないというか、浮き彫りにさせないというか、自分は分かってるけど相手にそこまで攻撃しないとかもあるし、相手から攻撃されたらすごく落ち込んだりとかぐらつくんだけど、でもすごくね一見冷静さを保ってるので、一見喧嘩した後って何事もないように振る舞うかもしれないですね。そういうところはある。もう少し深掘りしましょう。そうだな、一見冷静さを保つように見えて、でもかなりね心の中揺れると思うんですよこの人。でもすごくねうまくバランス取ろうと思って頑張る。で例えばね喧嘩して衝動的にカッて怒ったりとか泣いたりとかはしないんだけど、なるべく平和的にやっていこう、波を立てないようにやろうっていう感じはするから、もし自分がモヤモヤした時は、さりげなく伝えたりとか、
なんとかね話し合いで解決できるように持っていくし、恋人を怒らせてしまった場合の方がすごくね自分が冷静になろうっていう気持ちがすごく強いのかなっていうのが出ています。ということで実際心の中ってどうなんですかって見ていくと、エンペラー、同じカード出てくるエンペラー。いやいや喧嘩しても、例えば心の中どうなんですかって言うと、いやかなりねこれね自分揺れませんよってことを言ってるんですよね。ちょっとやそっとの喧嘩したぐらいだと自分揺れません、冷静さを、保ちます、心の中も冷静だって言ってるんですよね。じゃあかなり冷静に対処してくれる、落ち着いて対処してくれるってところが出てるから、喧嘩別れだったりとかそういうことはあんまりないよ、感情的に物事を決めたりとか突っ走ったりとかはしないよっていうところが出てきています。そうですね。ということで、喧嘩しても落ち着いて対処してくれるでしょうというところがあるから、かなりね頼ってもいい。じゃあこの人自分から謝る謝らないってところを見ていきましょう。喧嘩した場合ね、たとえどちらに非があるとか非がないとかっていうことが分かっていても分かっていなくても、この人だって謝るのの後ろにもう一枚あるノーなんだよイエスとノーがある。なるほどね。一見表向き謝るけど心の中曲げないところがあるのかな。もらっていきましょうか。でもな、表向き謝る、だって一番最初表イエスでしたもんね。でもめくるとノーがあるから譲れないところってじゃあなんだろう。そうですね、じゃあこの人の譲れないところ、なるべくね波風立てたくないのが本当はあるんですよ。だけど怒らせちゃったりとか、カップの2が出てきてますね。そっか、譲れないところは2人の気持ちだって、愛情確認だったりとかパートナーシップだったりとか信頼関係だったりとか、そういうお互いの度合いとかね、っていうところがあるので、喧嘩する理由にもよるっていう感じですね。喧嘩する理由、例えばあなたじゃない、ごめんなさい、何回も間違っちゃう。恋人に他に好きな人ができるとかっていう度合いの場合もありますし、例えばねその日の晩ご飯何にするかで喧嘩になる時もあるし、その喧嘩の内容とか度合いにもよるってことを言ってるんですよね。でその譲れないところっていうのがお互いの気持ちだって言ってるんですよ。しかもこれ多分ねお互いの愛情ってことを言ってるんだと思うんですね、多分このカップの2が。でそうですね、例えば同じ意見とかっていうことじゃなくて、多分これ愛情かなっていうところかな。でどんな喧嘩をしてもお互いそこに愛があれば許していけるし謝っていけるしって折り合いつけてやっていくんだけど、例えばどちらかの愛情の欠如だったりとかそういうのが見られた場合はそこは引かないっていうか、許す許さないとか謝る謝らないっていうところの違いとして出てくるっていう感じで言われてますね。ではまだね続きますよ。恋人にしてほしいこと見ていきましょう。恋人にしてほしいこと、恋人にしてほしいこと一気にね出していきましょう。恋人にしてほしいこと、恋人にしてほしいことがカップの6ですね。そしてあとは自分がしてあげたいことも続けてもらっていきましょう。恋人にしてほしいことね、自分だけ見てくれって感じ。なんか閉じ込めちゃいたいんじゃないかな、恋人のことを自分の世界に。そういう意味ではある意味ね独占欲が強いってところもあるんだけど、なんていうのかな、ガツガツした独占欲っていうよりはニコニコ腹黒王子みたいな感じのキャラクターとしているかなっていう感じ。腹黒がいい悪いとかじゃないんですけど、今分かりやすくねアニメのキャラクターとかで例えていったんですけど、まず、してほしいことっ
の中にやっぱり自分だけ見ていてほしいとか、こう純粋な気持ちっていうのが、常にねお相手見てるよってしてほしいなっていうところがある。受け入れてほしいとかね、お相手の気持ちを受け入れてほしい。そして恋人からの純粋な気持ち、純愛も常に見せてほしい。で、品があるっていうのもやっぱり入ってくるかな。清潔感、わかりやすく言うと清潔感とか上品だったりとか、決して下ネタとかあんまり好きじゃないのかな、この人。恋人にそういうのを求めないかなっていうところがあるかな。そして自分がしてほしいことね。これが自分がしてほしいこと、こっちが自分がね恋人にしてあげたいこと。ワンドの8、やっぱりさっきもねワンドの8出てきてたんですよね。臨機応変に手をね差し伸べていきたいとか対応していきたいっていうのがあるから、結構王様のカード出てきてるんですよね。ここデビルも2枚出てるし王様も2枚出てるから、かなりこうなんていうのかな、ガツガツはしてないんだけど俺様的な要素が恋人になった瞬間に出てくるんですよね。わがままな面だったりとか。でもわがままっていうのは可愛い感じ、甘えたいっていうところがあるから、可愛い感じの意味でわがままが出やすかったりとか、本音とかも見せてくれるようになったりとか、その恋人だからこその独占欲っていうのも出てくるんだけど、その中でもやっぱり恋人のことを支えていってあげたいとか、いろんな状況が、その状況に応じて対応していきたい。これが自分が恋人にできる精一杯の愛情表現ですっていう感じがする。めちゃくちゃ愛情表現してくれるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。細かいところまで目が行き届くし、決して雑に扱わないし、どんなことがあっても対応してくれるし、頼りがいがあるし、王様2人も出てるから。で、自分がやってあげられることが精一杯のことやっていくよってこと、いろんなことねやってくれるよってことが出ていますので、ではこの後ね、どこからが浮気だと感じるボーダーラインを教えてください。はい、ではこの人から見た浮気のボーダーラインで、一応占いでその不貞行為だったりとかっていうのはあまり見ることはできないので、でも浮気のボーダーラインぐらいだったら大丈夫でしょう。浮気してるしてないとかじゃないので、どこから、またワンドのページ、どこからが浮気のボーダーラインなんですか。そうね、あまり軽い感じはダメよって感じが言われてる。ホイホイついていくみたいな。そうね、微妙なラインかな。初対面の人とかに例えば声をかけられて、ね、お姉さんかわいいね、連絡先教えてみたいな時にもし言われたら、その場でちゃんと断ってほしいとか、あとはお友達のお誘い、その異性のお友達のお誘いに対して、これ後から見ていくんですけど、あまりついていってほしくないなとか、気軽にあんまり知らない人のところ、そのお相手の知らないようなところにあんまり飛び立ってほしくないなっていう感じかな。だから本当に自分の目の中に入れておきたいっていうのがあるのかな。ね、ペンタクルのエースってね、一番最初にも出ましたよね。ね、やっぱりね、こうどこからが浮気のライン、あれだ。ちょっとこれもしかしたら線がかなりね狭いかもしれない。そのなんだろうな、連絡やり取りするのもできればあまり好きじゃないし、必要最低限にしてほしいし、おしゃべりとかもね、もしかしたらね、度合いによってはノーって言われちゃうかもしれない。浮気っていう風には感じないけど、やきもちだな。やきもちしちゃう。やきもきしちゃう。あなたが、誰かとおしゃべりしてるところを見ると嫉妬しちゃうっていうのが出てくるかな。そういう意味ではね、そのなんだろうな、浮気のボーダーラインというよりは、こうやきもちのボーダーラインっていう感じがするかな。だっておしゃべりしたからって浮気だっていう風に決めつけるような人じゃないからですね。では同性願望はあるのかどうか。
お付き合いしたら一緒に暮らしたいとかっていうところ、まず同棲したいかどうかってことで単純にイエスはノーで聞いていきます。おー、イエスだ。同棲したいって言ってる。同棲したい。なるほど。なぜという理由を聞いていきましょう。なぜでしょう。同性願望があるってことは一緒にいたい率が高いってことですよね。なぜ魚。いや、もう絶対同棲した方がいいでしょう、自分たちにとってっていうことが言って、その方が、お互い、利益があるというか、ちょっと分かりやすく言えば利益があるというか、例えば経済的な面でも同じ部屋に住んだ方が、例えば家賃をね、総括できるとか、例えば食費だったりとか、そういうところも一緒にできる、まとめていけるとかっていうこともある。で、将来に向けて貯金もしやすくなるよねとか、そういう将来のことも考えているからこそ、もうそういうの見据えて早く同棲した方がいいんじゃないとか、あとはもう単純に一緒にいたい、自分の監視下に置きたいというか、そういうのがある。帰ってきたらすぐ甘えたいっていうのもあるしね。匠の技が出てきている。なぜ同棲したいのか、突き止めていきたいからっていうのがありますね。なるほど。そっか、練習したいんだ。その同棲期間を経て結婚っていう段階を踏みたい。いきなり結婚してそこで初めて一緒に暮らし始めるとかじゃなくて、段階を踏んで慣らしていきたいっていうのがある。自分たちの豊かさのためにねっていう感じで、もう断然もう同性派っていうのが出てきています。はい。では次、甘えたい、甘えられたい、どっちですかっていうのがあるけど、多分これはね、甘えたい、甘えんぼさんだから、もうこれはね多分ね聞かなくてもいいから飛ばしましょうということで、お揃いは抵抗ありますか。はい、ここに行きましょう。この方多分ね、甘えたいっていうのがすごくあるんですよね。もういじらしいわ。ごめんなさいね、いっぱい出てきたから一回しまって。お揃いは好きですかね。どこまでのお揃いを良しとするのかにもよるんですが、総括的にお揃いは好きですか。抵抗ありますか。抵抗ありますか。イエス orノー。抵抗ありますか。ノー。抵抗ありますか。ノーだから抵抗ない。お揃い大歓迎っていう感じですね。ってことは、なんか割と後半的になってね、恋人になった瞬間イエスとノーしか出さなくなりましたね。素晴らしいわかりやすいということで、お揃い全然いいと。だってね、同じカードいっぱい出てきてますもんね。お揃い率結構高いし、同棲もしたいって言ってるから、かなり全然もういけるならどこまででもいけるんじゃないかってぐらいおそろいけるんじゃないかと思います。では次、愛情表現はどんな感じで示してくれますかということで、この方の愛情表現の仕方をもらっていきます。なんかここに2枚出てきたので、これとじゃあオラクルからもう少しもらっていきますね。愛情表現はどんな感じ。到達だって言ってますね。愛情表現どんな感じですか。ワンドの5、そして珍しくソードの6が入ってますね。ごめんなさい、6が入ってますね。結構ね、ぐいぐい愛情表現してくれるよっていう感じがするんですよね。いろんな意味で行動、言動、言葉は行動を、気持ち、いろんなところでやってくれるよ、至れり尽くせりだけど、その逆もね求めてるんですけど、なんか自分ばっかりが甘えるだけじゃなくて、その逆もちゃんとやるよっていうねところがありますね。すごいですね。到達って言われてるから、もう最高の愛情表現をしてくれたりとか、このお相手がね恋人に愛情表現していく、かなり甘々な感じもするんですよね。全体的に
甘々で愛情表現としてはかなりはっきりしているし、どんどんとねこう次へ次へっていう感じがするので、カップが満たされないんですよね。満タンになることがないぐらいの底の知れない大きなカップを持っていて、ただでも到達っていうのがあるから、満タンにはなっていくんだけど、もうねあなたがこれ以上お腹いっぱいってぐらいたくさんの愛情を表現してくれるんだけど、でもお相手的にはまだまだこれからねどんどんまだまだっていう感じがするから、お腹いっぱいだけどまだこの方は愛情表現それでもどんどんと満たしてくれてってるっていうのがねあるんですね。到達のさらに先へっていうところが出てきています。すごいねたっぷりと愛情表現してくれるっていう感じ、守ってくれるっていうのもすごく強いんですよね。支えてくれるとかね。はい。そして、では最後にこれね恋人編の最後ですね。この方 S、M どっちですかということを聞いていきましょう。はい。ではちょっとね軽くこの方、じゃあ S ですか、どういう意味の S か M かってことはご想像にお任せします。この方 S ですか Yes or No。 はい。おーっとグレーゾーンを出してきましたね。言葉を慎めと言われましたそれはねここでは言えないよとは言ってますね。なんかねロマンスエンジェルから聞くような感じもしないので、ではグッとくるこのねダークエンジェルさんからもらっていきましょうか。それでも1枚くださいと言ったらフールのカードが出てきた。フールのカードが出てきたので、まあ S か M かはご想像にお任せしますよっていう感じかな。それは恋人のみぞ知るところでありますよと。ただ、この方のねお相手の開放的な方へ向かって突き進んでいくでしょうというねところが出てきていますね。何の、迷いもためらいもなく、私の思う方向へ突き進んでいきます。 M なりに S なりにというところですね。はい、というところが最後に出てきました。はい、ありがとうございました。わかりやすいですよねこの方ね。とてもねデリケートな部分になっていくとはっきりとイエスノーを出してくれないところはある。だけどこの分かりやすいところで教えてくださいっていうとかなり分かりやすく教えてくれるので、とても分かりやすい方なのではないかなと思いました。で今分かってる限りだともうこの好きになった人とかとあと恋人になってからは本当に全くというか根本的には変わらないんですけど、ここまで見せてもいいだろうっていうその境界線がねちゃんとねあるというか、片思いの状態では見せられなかったことが安心して見せられるようになってきたとか、そういう感じで出てきていますね。そして恋人になるとかなり独占欲だったりとか、でも可愛い意味の独占欲だったりとか、あとは甘えたい意欲が強くなるっていうところが出てきていますね。はい、なんかとてもね私的にはかなり好印象の、恋愛感のお持ちの方だなという感じがします。可愛らしいなっていう感じですね。そしてちゃんと大切にしてくれるってところもいいですよね。すごくね特別だよって思ってくれてるところもいいなと思います。はい、ということで次は結婚編に行きましょう。どんどんといきましょう。結婚の決め手を見ていきますね。はい、では結婚の決め手見ていきます。今飛び出してきたのが悪魔のカードが出てきてますね。悪魔ね結構出ますねこの方ね。ソードの10が出てきています。なるほど。結婚の決め手、このお相手を変えてくれた時、成長させてくれた、成長っていうワードがありましたよね途中で。
自分が大きく変わるきっかけになる時が出てくるよってことが言ってます、この方。結婚の決め手、その同性の延長線で結婚が続くのかなって思ったんですけど、それじゃなくて、それもそうなんですけど、それプラスアルファで、その自分が大きく成長できた時、なんかはっきり言っちゃえば大人になった時、精神年齢的にとか、あとは環境的にも、例えばね、こう友達とあちこち遊び回る、もうそういう過程はもう自分の人生の中ではもうその段階は終わったなとかっていう風に感じた時とか、そうですね、こうもう散々こういろいろね、楽しくね、旅行行ったりとか遊んだりとか、仲間とワイワイやったりとか、あなたとたくさんデートしたりとか、恋人っていう時間、あとはその一人の独身の時の自分、もうあなたを大切にしつつ、独身生活の自分、友達、仕事とかね、そういうところもある程度一段落ついたから、じゃあもうそろそろ結婚かなっていう、その切り替わりのタイミングがあるよっていう風に言われています。そうですね、決め手というより、決め手かな、お相手に求める決め手っていうよりは、この方の中の、区切りがついた時というか、一つね、段階踏んだ時っていう、もう結婚に向けてやっていけるだろうって自信がついた時とか、迷いが断ち切られた時とか、そういう感じが出てきていますね。もういろいろ味わったから、もう次はじゃあもう次のステージへっていう風になっていくってなっています。どんなプロポーズをしますかってことを聞いていきましょう。でこれはもし見ている方がもし男性の方であれば、この自分の好きなお相手がどんな風にプロポーズしてほしいのかっていう風に置き換えてご覧になってくださいね。どんなプロポーズをしてくれるのかを見ていきましょう。どんなプロポーズをしてくれるのか。さあ1枚で出るかな。ソードの3、プロポーズ自信がないって言ってる。なんかここに来ていきなり自信がなくなっていってて、なぜかな、なんでかな、なんかすごく自信がないぞって言ってる。ソードの4も出てきてる。まだ心の準備ができていない。いや違う、今じゃない、今じゃなくて、プロポーズするときどんな風にプロポーズしてくれるのっていうのを聞いてるんですよ。でソードの3と4が続けて出てきてて、そうだな、待てよ、これちょっと見方を変えようって言ってるので、これちょっとね、かなり繊細な問題、デリケートな問題だから、このお相手にとってはね、だから慎重に聞いてほしいって言ってるので、もうちょっと深掘りしていきますね。そうなんですよね。なんか落ち込んだ時とかっていうのも出てくるんですよ。その結婚の決め手でソードの10が出てきていて、夜明け前っていうのがここに出てきているので、例えばこのお相手がめちゃくちゃね、どん底を味わった時に、あなたがそこで支えてくれて、そこで結婚の決め手になったっていう読み方もできるんですよね。でワンドの4も出てきてるでしょ。何かね、横になってる絵もあるので、お相手が体調を崩すとか、そういうのがあって起き上がれなくなった時とか、かなりこう、健康状態が悪いとか、そういうのも入ってくる。自信がないってことなのかなって最初思ったんですけど、自信がないっていうよりは体調回復した時っていうのがある。不摂生をして体調回復した時に、この方恋人とだったら生涯共にできるだろうっていう風に誓う、自分の心の中で誓ったっていう風に出てきていて、もう少しね、細かくね、繊細に見てほしいっていうことなので、ちょっとここはね深掘りになりますけど、見ていきましょう。そう、自分の回復を見守ってくれた時、多分ね体調かなって思うんですけど、そういう意味も含めて早めに同棲して生活を管理してほしいってこともあるのかな。その体調を崩すっていうのがどこから来てるのかにもよるんですよね。その
もともと不眠症とかなのか、例えばね、睡眠じゃなくて食べ物、食事、過食とか拒食とかの傾向にあるのか、持病があるのか、途中で例えばこの先体調を崩すようなことがあるのか、何かそういう、体調を崩す、怪我をするだけじゃなくて、例えば落ち込んじゃうとかね、仕事でうまくいかなくて立ち直れないぐらい落ち込んじゃうとか、元を正せばね、お相手の中の原因っていうのもあるんですけど、そういうところから立ち直った時っていう、この安らかな2人の関係性が出てるのね。円満っていうカードが出てるから、この人とだったら穏やかに過ごしていけるだろうとか、自分の本当にね、辞める時も、あなたと一緒に過ごせていけるんだろうっていうところがちゃんとはっきりと確信が持てた時、今まで自信がなかった、どこまで受け入れてくれるんだろう、どこまで甘えられるんだろうっていうのを積み重ねていって、それが確信に変わった時っていうようなのも出てきている。かなり慎重になるっていうのが出てきています。確かにね、大きなきっかけがあるのかもしれないけど、その他にも、慎重になって結婚っていうのをかなりね、慎重になって見ているんじゃないかなってところがある。すごくね、結婚に対しての憧れっていうのがあるんじゃないかな。安らかさとか穏やかさとか、帰ってきたらお迎えして待ってくれるあなたがいる、恋人がいるとかね、そういう存在を求めている、ほっとできるような、くつろげるような家庭っていうのがすごくあるので、そこに確信を持てた時、この人とだったらっていうところがちゃんと出てきた時に、決意しますよってことがある。で、どんな風にプロポーズしますかって言ったら、多分ね、寄り添いながら言ってくる感じがする。そしてロマンチックな感じもやっぱりあるから、いかにあなたが大切なのかっていうのをさりげなく添えながら、気持ちを伝えてくれる、結婚しようっていうことを、自分からね言ってくれる。あと、自分から言うのもそうだけど、なんだろうな、例えばね、そのプロポーズする場所とかそういうのとかをなんていうのかな、すごくこだわってはいなくて、2人の気持ちが揃っていれば、あとはその自然の流れで言うんじゃないかなっていうのがあるかな。例えばすごい高級レストランに行ってね、すごく高い指輪を用意していてとかっていうよりは、日々の穏やかな生活の積み重ねで自然と2人が流れるように結ばれていくっていう、優しい言葉をかけてくれるっていうところがあるんじゃないかな。でも船のカードが飛び出してきたので、プロポーズしてくれますね。そうですね、ちゃんとね、言葉として言ってくれると思う。いいですね。ロマンチック、穏やか、そして明るい感じもして、これから先の未来に向かってやっていこう、つまり結婚生活ね、これから長い人生共にしていきましょうみたいな感じで、あなたとだったら穏やかにどんな時でもやっていける気がして、支え合っていけるよみたいな感じのことを言ってくれるんじゃないかなと思いました。では、そうですね、結婚してからその結婚相手に求めることを見ていきましょう。ちょっと細かいですかね、結婚相手に求めることね、これでもらっていきましょう。結婚相手にどんなことを求めるのか。結婚相手に求めること、ソードの9が出てきています。待ってくださいね。そしたらこっちからもらおうかな。結婚相手に求めることで、ワールドかはとてもね、分かりやすい感じで出てきてくれています。あんまりなんだろうな、分かりやすいんだけど両方あるっていう感じだな。その
自分たちの世界がまず一つ完成しますよね。まず結婚という形でまずね一つの家庭として収まるべきところに収まっていきますよね。でその後っていうのもあるんですよね。結婚してからがまたスタートだよってこともちゃんとね言葉にして言ってくれるところがあるので、その安らかさだけじゃなくてその次のステージっていうのもちゃんと見据えてますっていうのもちゃんとね出てきているし、そのことに対して不安に思わないでねっていう気持ちもあるし、あとはその自分たちの家庭の中だけ、この完成された世界の中だけで収まることなく次へ行こうっていうのもあるんですよ。そうですね。だから結婚してからも安らかな家庭環境っていうのは作っていくんだけど、そこからプラスアルファのものをこの方は作り上げていくというか求めていくところもあるんじゃないかなと思います。例えばね、仕事と家庭の両立だったりとか、趣味と仕事の両立だったりとか、そういうところですね。家庭一本じゃなくてプラスアルファのところも挑戦していくっていうところがある。例えばね、結婚したからこれできないよねとか、そういう制限を外していくとか、そういう考えもあるよっていうところがある。でもね、基本的にはこの穏やかなこの関係、円満っていうのを求めているってことはね、根本的にはありますよ。ということで、家事はしますかこれを聞いていきましょう。この人家事はしてくれますか？手伝ってくれますか？任せっきりですか？はい、家事はしますか？イエスオアノー。待って、家事に対してこれ今めくれたけど、ちょっと待ってね。家事に対して協力的ですか？イエスオアノーにしましょう。家事に対して協力的ですか？イエスオアノーは、家事に対して協力的ですか？ノー。家事はあまり得意じゃないのかな？はい、結婚したら恋人モードからどうなりますかっていうのを聞いていきます。はいはい、ということで、結婚したら恋人モードから、恋人の時からどう変わりますか？家事はあまり得意じゃないよってことは言ってますね。協力的ではないと。支えてほしいのかな？やってほしいのかな？健康管理のことは任せたよってことを言ってるのかな？まず、ソードのクイーンが出てきています。はい。結婚したら恋人モードからどうなるのか。その根本的に理想像とか、好きな人にグッとくるところとか、今までの流れとかを見ていて受け止めてくれるっていうところは変わらなくあるんですよね。甘やかせてくれるとか、話を聞いてくれるとか、受け入れてくれるってところはあるんだけど、結婚したらプラスそこに、決断力っていうのが出てくる。何か決めなきゃいけないとか、責任とかね、そういうのも出てくるんですよね。でそこもうまくバランスとってやっていきたいなとか、そういうことも求められている。その恋人の甘さだけじゃなくて、そこに冷静さを足していくとか、判断力とかっていうのも足していく。基本はね変わらないんだけど、甘々な関係だけじゃやっぱり結婚生活成り立っていかないから、その先のことをやっていくんだったら、甘々なベースプラス、決めていく時の決め方とか方向性とかっていうところが、求められていくよってことがある。でもやっぱりね、基本的には自分を受け入れてほしいっていうところがやっぱりあるかな。やっぱり要所要所でクイーンが出てくるから、そこのお相手の求めてるものっていうのは変わらずっていうところはあるかなと思います。はい、では、両親や親戚付き合いは得意ですか？イエスオアノーでもらっていきましょう。お互いご両家のお付き合いは得意ですか？飛んできた。イエス、もちろんって言ってますね。さすがカップの3だから、その親戚同士の飲み会とかそういうの全然いけますよっていう感じが出てきています。はい、では結婚したらこの方、個人的なお友達付き合いは変わっていくんですか？独身の時とはもう違いますか？どうですかってところでイエスオアノーでもらっていきます。基本的にここにカップの3って言って、フラミンゴさんのみんなで楽しくね、飲んで楽しくやってます、バカンスしてますっていうのが基本的に出てきてるので、集まって楽しくやったりするのはもともと好きだと思うんですね。
で友達付き合いとかも今までやってきてるんだけど、家庭に入ったらじゃあどうなるのか。友達付き合いは変わらずにありますか？その結婚するしない関係なく友達と遊ぶ付き合い方とか頻度とかっていうのは変わりませんか？ Yes or No。 No、変わるって言ってる。結婚したら友達と今まで通りにはね、同じ度合いとか同じ頻度とかではお付き合いはしなくなっていくよってことを言ってる。なのでやっぱり家庭をしっかりね大事に持ちつつ、だけど根本的にね人付き合いってところもちゃんとあるので、それなりにねお付き合いは友達とも続けていくんだけど、独身の時みたいに例えば飲み会行くとか、そういうことは控えめになっていくのかなっていうところが出てきています。じゃあ、一人の時間は欲しいですかっていうところに対してももらっていきましょう。どうかな、これは。今までの流れを見ていると、どっちもっていう感じもするしな。一人の時間欲しいですか？イエス、一人の時間は欲しいっていう風に言っています。なるほど。じゃあ一人の時間にどんなことするのか聞きましょう。はい、一人の時間はどんなことをあなたはするんですか？ちょっと待ってくださいね。いっぱい落ちたので、一人の時間の時にどんなことをするんですか？一人の時間に結婚相手のことを考えていますって言ってる。じゃあ一人の時間は、その配偶者のことを考えている、つまり配偶者と一緒に過ごしたいっていうことかな。そしたら配偶者と配偶者とちょっと関連づけてもう一枚欲しいですよね。一回しまっちゃったのでもう一回切ります。もうちょっともらっていきましょうか。お家のカードだ。一人の時間は欲しいんだけど、でもブーケでしょ。花束だ。かっこいいな。なんか一人の時間というか、あなたじゃない、恋人との時間を忘れずに持つよっていう感じがするんですよね。あとは一人になる時間があるとするんだったら、配偶者のために何かを計画しているとか、何かを用意している時とか、サプライズで何かねお土産買って帰ろうとか、そうお家のことをやっぱり根本的に考えているので、なんかね一人で研究するとか趣味の時間に走るとかじゃなくて、家族のためとか配偶者のために一人の時間を作ってるとか、あとはなんだろうな、家庭っていうところに収まらずに恋人との時間、恋人だった時の甘い時間っていうのを引き続き持っていきますよっていうのがある。だから例えばお子さんとかが生まれたりとか、あとはご両親とか親戚のお付き合いとかがあったとしても、その長い人生の中で2人きりの時間っていうのを持ちたいなっていう感じで出てきています。では、そうですね、最後、そうですね、一緒に寝たい結婚してもそれでも配偶者と同じお布団で寝たいのかどうか、イエスオアノー。一緒に寝たいですか？同じ布団ですか？同じ布団、同じ寝室。飛んできたのがノー。違う、それは違う、同じ布団じゃないって言ってる。じゃあどんな感じ？同じ布団、あんまりべったりベタベタと一緒に寝る感じではないのかな。どんな感じかな。友情のカードが出てきている。フレンドシップで、やっぱり3人っていう、一番最初にもね、なんだっけ、川の字になって寝てるクマさんだったかなのカードが出てきてましたよね。あれだ、家族みんなで寝るっていう感じだ。2人で同じ布団で寝るっていうよりは、家族みんなで寝る寝室だったりとか、お子さん挟んで川の字で寝たりとか、そういう感じになるから、寝るときはそうだって。
で、あと自分たちの、恋人の時だった時の時間は持つ、寝る時はこっちよりっていうのが出てきました。では最後に、ここまで見てくれたあなたへ一言。はい、ここまで見てくれたあなたへ一言。では順を追って出していきましょう。ここまで見てくれたあなたへ一言くださいと。はい、まずはソードのナイト。待ってくださいね、ちょっとたくさん落ちたので、ここまで見てくれたあなたに対しての一言。1枚出てきたのが、ソードの3、そしてソードの3、さっきも出てきましたよね。この、ダークタロットさんの方で、ここにもねいるんですけど、このカードもさっき出てきたかなと思います。いや、なんかね、チャレンジだよって言ってますね。チャレンジって、このお相手さんを攻略するための、あなたへ一言、最後まで見てくれたねあなたに一言っていうのが言ってる。あれだね、チャレンジだよって、やってきなって言ったら上から目線な感じもするんですけど、何事も行動に移してみて、そしてその中には試練とか、あなたにとって勇気のあるような行動、勇気を問われるような行動もあるでしょうと。だけどそれを乗り越えた先には、私の壁を乗り越えていけるものがありますからねってことが言われてる。最後はね、ここ全部ねもらっていくんですけど、この方の本心を聞けるような関係性になっていくためのアクションは必要だよっていうのが言われてます。そう、なんかね、やっぱりね、主張していこうっていうカードがあるから、あなたっていう存在感をね、どんどんアピールしていこう、積極的にね。だけど、お相手デリケートなところもあるから、優しく溶け込んでいくようにアピールしていくっていうところだね。ガンガン行くのももちろんありなんだけど、その時のお相手のテンポだったりとか状況、モチベーションっていうものに合わせていきながらっていうのもあるね。なんかこう自分の主張をねしていこうっていう感じのカードが結構続いてきているので、この方に対してあなたが今積極的に慣れていなかったりとかっていうところもあるのかな。お友達止まりでそれから先へ進む勇気がなかったりとか、なかなか自分をうまくアピールできていないとかっていう方もいるのかな。そういう方だったらそうだな、もっとね仲良くなっていけるよってこととか、進展していけるチャンスいっぱいあるから、もう自己主張していってもいいよ、自己アピールしても大丈夫ってこともお相手言ってくれてるんだけど、心が繊細だから、なんていうのかな、だからといってなんか四六時中電話かけるとか、ちょっとでも、既読スルーしたら怒るとか、そういうことじゃなくて、一番最初に出してきた根本的なところっていうところを守りつつ、そのお相手のボーダーライン、この好きになるグッとくるところとか嫌だなと思うところとかっていうのを意識しながらアプローチうまくやってみてみたいな感じで言われている。解放のカードも出ている。ツリーと解放。なんかね、健康状態っていうのもねやっぱりあるんですよね、一貫して。例えばお酒が好きとかで、お酒が好きなのが悪いわけじゃないんですよね。だけど何事もほどほどにっていう感じもするので、お酒に限らずね、いろんなことに対してお酒とかじゃなかったら、例えばすごくね寝る時間短いとか、あまり健康診断行ってないとか、あとはいっぱい食べ過ぎちゃうとか、食べるもの偏ってるとか、その健康状態に対して、あと心のバランスかな、崩しやすいっていう方もいるかもしれないですよね。そこをね解放していこう。健康状態ってこともあるから、お相手のその健康状態をうまく見ていくってことも必要かなと思いました。
なんかお相手のね不安とかもね消してくれるような、言葉をかけてあげたりとか、どちらかというとね自分の弱音見せられないっていうところもあるんですね。このお相手が好きな人にだけ、心打ち解けた人にだけにしか見せない、その友達とかとはまた別に、そういう相手にしか見せない自分っていうのもあるから、普段抑えてるところもあるんですよね。しっかりしなきゃとかそういう風に思っているところもあるから、解放してあげていく、大丈夫だよっていう風に、お相手甘えてきてもいいんだよっていう風な姿勢を見せていくあなたがね、ことでお相手の心が開かれていくとか、例えばね不安で眠れない日があるっていう方もいるのかもしれないし、そこで安らかさをあなたが提供してあげるとか、そういうのもあるのかもしれないですね。あとは長くお付き合いしていくことをこの方はもともと恋愛に対して求めているので、長く付き合っていける相手なのかどうかっていうことをお互いが見ていくっていうのも、この積極的な関わり合いの中で分かっていくんじゃないかなってことが出てきています。はい、こちらを参考にしてください。今回すごく長くなりましたが、お相手に40個の質問をしてみました。はい、以上が1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はお楽しみいただけましたでしょうか。どんどんといろんな質問を詰め込んでみました。はい、ということでまた次回も動画をまた投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はですね、長編です。深掘りではないんですが、時間がすごく長いです。お相手40問、40個の質問をしていきます。恋愛観どうなってますかということで見ていきます。はい、今回もタロットカード何種類か使っていくんですが、今回すべて正位置で見ていきます。お相手が恋愛に対してどんな価値観でいるのか、まず基本的なところで、まずね基本編ということで、まず第1部で、第2部は片思い編ということで、好きな人に対してどんな態度をとっていくのかっていうことと、あと次第3部としてお付き合い編、恋人になったらどんな付き合い方をしていくのか、そして第4部には結婚編ということで、どんな結婚の価値観を持ってらっしゃるのかっていうところを見ていきます。で、今回はお相手白書ということで、お相手がどんな風なことを考えてるのかとか、どんな思いでいるのかとか、どんな対応を取るのかってところを見ていくので、あなたに対する思いではなくて、この方自身がどんな恋愛を望んでいるのかっていうのを見ていきます。ということで、ではまずこちらのカードから、まずこのお相手の基本的なお人柄ってまずどういうところにあるのかなっていうのをもらっていきます。今回40問、今1番の選択肢の方のリーディング終わってるんですが、やってみて正直割とサクサクいくかなと思ったら割と長かったということで、多分長くなるんじゃないかなと思いますが、この方のまずお人柄、見ていきましょう。ペンタクルのナイト、率直に真面目な人っていうのが入ってきています。あと器用な人かな。くつろぐのも好きだけど最新のものも追っているところもあるんじゃないかな。そうですね、割と動画見るの好きとか、情報を集めたりとかもするんじゃないかな。くつろぎながら、休みの日もそうですね、動画見てるっていう感じがします。そして穏やかで真面目な人っていうのが入ってくるかな。そうですね、責任感が強かったりとか、そういうところが入ってきます。まずこの方の基本的な方として、ここのカードが1枚出てきています。カフェ巡りとかも好きなのかな。割とおしゃれな感じもするんですよね。真面目なんだけど、では、まず基本編ということで、この方は恋をするとどんな人になるのかもらっていきましょう。
にどんな人になりますかをワンドのページが入ってきてますね。いやー、何か一見ね真面目な感じもして真面目というかもうインテリ系かなっていう感じかな。動画見たりとか、だから自分の興味のあることとか結構情報収集していたりとか、そうですね、本当に真面目でこうね自分の目標に向かって勉強してるとかね、そういう方もいると思いますけど、どっちかっていうとこうほっとしてるようなこうほわっとしてるようなイメージもするんですけど、恋愛すると割と積極的に行くんじゃないかなっていうところがある。でやっぱり情報を集めてますよって、この恋をするとその興味を持った相手に対しての情報収集を始めるんじゃないかなってところがある。割と飛びつきがいいんですよね。ではどんな人がタイプなのか、まず外見からもらっていきましょう。この方のタイプな人、割とフットワークも軽いんですよね。好きになると恋愛に積極的な感じもする。奥手かなと思ったら奥手ではなさそう。かといってじゃあすごく遊び人で恋愛経験豊富なんですかって言ったらそうでもないっていうところもある。本人の回答としては、見た目でねいきますね。で今回、性別問わずねこのチャンネルご覧になっている方いますので、性別特にね限定せずリーディングしていくんですが、でもねほぼ女性の方がこのチャンネル見てくださってるのを知ってますので、メインとしてはそっちの方でお話は進めていくかもしれないんですが、でも性別にとらわれず置き換えてご覧いただければなと思います。まず外見的な要素で1枚ともう1枚出していきましょう。外見的ね。なるほど。そういうことですか。外見的、なるほど何回も言ってる。外見的な要素でください。1枚ね画面から飛び出してきたのがあるんですけど、これもらっていきましょう。あとこれももらおうかな。そしてそうだな、これで分かればいいんですけど、ワールドと力のカード、なるほど。もうこれ外見ですもんね。すごくね内面をね主張してきてるんですけど、外見で言ったらまず圧倒的に髪の毛が長い人、髪の毛っていうのが入ってくるので、髪の毛の長さじゃなくて、例えばヘアスタイル、好きなヘアスタイルがあるとか、この方にとってね、例えばショートが好きっていうねこだわりがある人もいるかもしれないし、例えば黒髪ロングとかね、そういうのが好きって方もいるかもしれない。例えばね好きな、この方がね好きな男性のタイプ何って、この方が女性、性別問わずね好きな、タイプ男性だとしても短髪より長髪とか、この目にかかるかかからないかぐらいの前髪の長さとか、あとは前髪長くて分けてるとか、どちらかというと長めのイメージの男性が好きとか、女性でも髪の毛長いとか、あとは特徴があるとかね、その長さにこだわらず、例えばまっすぐがいいとか、髪の毛なんかインナー入ってる人が好きとか、例えば巻いてる人が好きとか、何かしら髪の毛にこだわりがあるのかなっていうのが出てきています。そうですね。あとは見た目で言うと割としっかりした体つきの方の方がイメージとして入ってくるかなと思います。でもあんまりね外見にこだわらないよっていうのが言ってきてる感じがするので、この方自体がそうだからかな。もともとなんかインテリチックな感じも受けるから、その好きなお相手、なんか好きになるタイプも自分と同じようなインテリ系を求めてるのかなと思いきや、そうでもないんだよっていう感じ。ただでもこだわってるところはこの人らしいなっていう感じ。こだわりはあるよって、だけど自分と似たような人ではないよっていうところがあるかな。内面的な面ももらっていきましょう。なんかこうね、本当はこのアニマルタロットさんからも外見もらいたかったんですけど、3枚出てきてるので、ここから今内面的な要素をもらっていく。そう
あとあれかな、モテる人が好きなのかなっていうのはあります。人気のある人に惹かれる、なぜか知らないけど、その人気のある人、自分が好きになった人がたまたま人気のある人、モテる人が多かったのかなっていう感じがね、この人の率直な意見としてある。で、内面をねまず見ていきますね。ペンタクルの7、そしてダークさんからもあんまりね、でもね外見にはねこだわっていないんだよって、外見よりも伝わってくるものが他にすごくたくさんあるので、そうですね。あとあれかな、服装としてはモノトーンの人が好きっていう感じかな。この方ももともとそうなんですけどね。でモノトーンプラスアルファ小物つけるって感じなんですけど、やっぱり内面重視っていう感じがすごく入ってきますね。内面だよって。あとそうだな、どこかこうミステリアスな人っていうのも惹かれるんだよねってことがあるんですよね。この人ね、この人ですよ。この人結構そのなんて言ってるのかな、誠実そうに見えるっていうか、誠実なんだけど、そうなんか根はね誠実なんだけど、いろんなこと興味津々っていうところもあるから、なんかこう真面目ネクラとかじゃなくて、私が感じるのはこうなんかインテリ系でプラスなんかこう専門学校とか通ってそうな人、なんかカメラマン目指してますとか、その例えばグラフィックデザイナーやってますとか、なんかそういうなんかこうちょっとインテリチックな感じ、美容師やってますとか、なんかそう自分の何か特技とかがあって、で白黒の、お洋服プラス色物の小物つけたりとか、ちょっと小技効いたおしゃれしてるとかで、髪型もちょっとこの方個性的だったりとか、メガネかけているとかね、そのメガネがそのなんて言うんだろう、のび太くんメガネとかじゃなくておしゃれメガネだったりとかで、こう誠実な性格なんだけど趣味がおしゃれっていうのかな、なんかこう飲み物一つ一つおしゃれだったりとか、そうなんかこう見てるものがおしゃれだったりとか、聴いてる音楽がセンスがあるいい音楽、音楽センスいい悪いとかないんだけど、なんかこう自分の中のこだわり持って何かやってらっしゃるっていうのがあるかな。別にそのなんだっけ、写真家とかそのグラフィックデザイナーとかっていう役職仕事とかにこだわらずとも、趣味的にそういう趣味があるだけで仕事は普通の仕事って場合でも全然当てはまるんですよ。私が言いたいのはすごく真面目で、なんだろう、出来すぎくんっていう感じよりごめんね出来すぎくん、ごめんね出来すぎくんっていう感じより、もっとねいろんなことに興味を示していて、堅物っていうよりはもう少し柔軟性があって、で興味のあること飛びついていったりとかするフットワークの軽さもあったりとかもするし、でもなんか軽すぎず落ち着きすぎずっていうバランスも取れているっていう感じがするんですよね。そして恋に落ちるとよりフットワークが軽くなる、で興味津々っていうところが出てきている、っていう方なので、なのでその外見的にも自分の中のこだわりっていうのがちょっとねあるんですけど、でもね外見じゃないよっていう感じでこの人言ってて、しかも自分と趣味が全く違くてもいいっていう感じも出てきているんですよね。内面重視だ。そしてその波長が合う人っていうのがあるので、なんとなくいいなって思う時とか皆さんありませんか？それは人じゃなくてもいいんですよ。なんとなく聞いていて、これなんかどこがって聞かれたら詳しいこと言えないけど好みの音楽だなとか、色合いいいなとか、このお洋服なんか可愛いなとか、こうふわって思う気持ちってあるじゃないですか。そういうのに近いものをこの方は求めてるのかな。このふわっと思う気持ちが同じ価値観の人だったりとか、そのすごくね数字に見えるとか目に見える形で価値観が一緒とかじゃなくて、たまたまこういいよねって指さした方向が一緒とか、その直感ってところですよね。直感って何っていうと、その
いいなって自分が思うか思わないか、自分の心がねうずくかうずかないかってところなんですよ。そういうところが同じ人、同じ価値観っていうのかな、同じ感覚の人、そう感覚ね、っていうところがあるかな。なので結局こう外見、例えば体つきとか髪の毛の形とかそういうこととかじゃなくて、中身の方がね重要だっていうのが出てるかな。で、強いて外見で言うんだったら、さっきも言ったみたいに髪の毛に特徴があるとか、あとはそうだな、もうお顔的にはまあ黒目の大きい方っていう感じかな。そして白と黒の服、モノトーン系をよく着てる、はっきりした色合いのお洋服着てるかなっていう感じがある。で、中身の方がね重要で、どんな中身の人が好きなのって言ったら、バランス感覚に優れてる人っていうのが出てくるんですよね。で、あとは中途半端にするのが嫌いな人、物事を続けていくのが得意な人って言ったらいいのかな。そういう意味では、この方と近しいものを感じる、自分と似てるようなところがあるなと思う。そのゆっくりペースでもいいから、だからマイペースだよね、この人ね。マイペースなんですよ。マイペースさん、いろんな意味でねマイペースなんだけど、ゆっくりがマイペースなわけじゃないからね。この人のペースっていうのをちゃんと持ってて、でこの好きになる人も好きになる人のペースがちゃんとあって、そのペースの感覚が似ているとかっていうのもある。どっちかっていうと、この好きになる人の、内面の方がゆっくりペースっていう感じがするんですよね。物事をじっくり考えてバランスとってやっていける、そして感覚派っていう感じがするから、なんとなくいいなって思う価値観が一緒だったり、感覚が一緒だったり、あとは物事を途中で投げ出さなかったりとかっていうところ、そういう内面に惹かれますよっていうのが言われてます。そうね、バランスとって、あとね進んでいくっていうのもあるから、全く動かない人ってわけじゃないんですよね。そうでもガツガツ進むとか積極的とか陽キャっていう感じでもないんですよ。うまいバランスが取れてるんですよね。目立つんだけど、すごくね明るいのかとか、すごく積極的なのかとか、めちゃくちゃサッカー部の部長やってるのかとか、そういうのじゃないんだけど、すごく気になるとか、この人的にねすごく気になるとか、でもただ周りの人もこの人ほっとかないんじゃないかなっていうところはあるかな。優しいし、頼りになるし、頼もしい、そして美しいしっていう、その美しいっていうのは外見的な要素だけじゃなくてね、内面的からにじみ出てくる美しさだったりとか、そういうところもある。あと恥ずかしがり屋さんなところがいいってことをこの人言ってるんですよね。だからどっちかっていうと、この人がグイグイ攻めていく感じの、分かりやすく言ったら年下くんグイグイ系みたいな感じの可愛い感じの人で、こうミステリアス、気になるっていう感じで、ワクワクっていう感じで、教えてみたいな感じでいくかなっていうのがありますね。ちょっと1枚だけもらっていきますね。ただね、こうフットワーク軽いんだけど、見た目にね左右されないよってことをすごく強く言ってるので、かなりでも人を見る目というか、そういうのをちゃんとね自分の目がね、自分の視点っていうのを持ってるかなと。反対のカードが出てきてるので、なんかね見た目じゃないよ、なんか派手さとかじゃないよ、平和ピースでしょ。すごくね興味があるかないかっていうところがこの人の中の大きな左右されるところでもあるんですよね。好きになる人の基準として、タイプとして、自分が惹かれるか惹かれないか。でもそうですよね、この人でも割と堅実に見えて直感型っていう感じもするから、自分の直感に好きな人は動いていく、好きになるかならないかは自分の直感に従うよっていう感じがするので、だけど心の中っていうのをよく見てるんですよね、この人。好きになる方のどこに惹かれるかって言ったら心だよっていうのが入ってますね。やっぱり一つ言えって言われたら、あれかな、いろんな興味そそられるけど、それ以上に、自分が
なんていうのかな、穏やかになれるような人、この人を見ていて力強さを感じるんだけど優しく包み込んでくれるような日だまりのような人っていうのもあるかな。すごくなんかこうみんなでイエーイみたいな人っていうよりは、そうだな、優しく包み込んでくれるような人プラスそこにすごく興味がある、もっと知りたいみたいな感じで恋に落ちていくよっていうのが言われています。はい、ではここでこのカードをもらってきます。これね、初めてお出しするカードなんですけど、これは、イエスオアノーで使うカードで3分の2ぐらいはもうイエスとノーしか入っていません。はい、なのでかなりこうはっきりと答えが出ます。もう曖昧になっているカード自体がそもそも枚数少ないので、ここからもらっていきますね。で、今回はあなたのことに対しては聞いていかずにこの方の恋愛観で見ていくので、お楽しみいただけたらなと思います。では早速この方、このじゃあ実際外見内面この好きなタイプ出したんですが、この好きなタイプじゃない人でも好きになる可能性ありますか？実際今まで好きになった人って自分のこのタイプの方から外れていますか？イエスオアノー、どっちの割合高いですか？外れていますか？イエスオアノー。出てきた。イエス、外れてる。実際自分が今まで好きになってきた人とかはこの好きなタイプから外れてる、予想外の人だったっていう割合の方が高かったってことを言ってる。自分のね興味のそそられる人だから、実際こう奥深くまで見ていったら初めの第一印象とは違うイメージを持ったよってことが言われてるんじゃないかと思います、このカード見てて。そしてではこの方が恋愛対象の方々にされてグッとくるところ見ていきましょう。そうですね、じゃあこのアニマルタロットさんからもらおうかな。グッとくるところどこですか？いや、ちょっと待ってくださいね。やっぱりこの、ライトの方からもらっていきましょう。グッとくるところ、パッと見二面性のある人に惹かれるよってことがこの好きなタイプのところで出てきているんですけど、でも二面性だけじゃなくてこのバランス感覚っていうのが一番あるかなと。はい、もらってきます。ハーミット、グッとくるポイントでハーミットが出てきています。そうですね。そしたらちょっとルノルマンからももらっていきましょう。なるほど。タワー、グッとくるポイントっていうのがこの方その意外な一面を見た時っていうのが出てきているんですね。恋愛対象の方、そしてやっぱりねこうもっと知りたいっていうの欲が高まった時、ミステリアスな人に惹かれる傾向があるんだけど、それはこの人の基準でね言ったらってことなので、周りの基準とはちょっと違うんですよね。そうね、ミステリアスな人でもっと知りたい、この人のこともっと知っていきたいなって思った時にグッとくるっていうのが言われているのと、やっぱりこういろんな意味でバランス感覚がうまく取れている人っていうのもあるんですよ。ちょっと個性的な人に惹かれるのかな。グッとくるってことですよね。キュンとくる瞬間っていうのが、そうね、見てはいけない一面を見てはいけないというか、普段見せない一面を見た時だったりとか、そうね、この方にしか見せない表情を見た瞬間とか、例えばね、学生で放課後、例えばいつも三つ編みしている眼鏡かけた女の子が放課後ふわっと三つ編みを外して眼鏡を外したところを見かけた時とか、そういうふとした何気ないだけどいつも見せないような一面を見た時だったりとか、そういうところにキュンとくるって言ってますね。でやっぱりなんかこうキュンとくる人っていうのは高嶺の花みたいな存在なところがあるから、そうだから自分に対してはこういう風に接してくれないんだろうなみたいなね、自分は大勢の中の一人だからみたいなことを思っていたような高嶺の花的な存在に
自分にしか見せないような一面を見せられた瞬間にキュンとくるよってことが言われてる。次にこの方何フェチですかっていうのを聞いていきます。この方のフェチね。フェチっていうのはね、パーツで現れてくるかもしれないし、違うところでね現れてくるかもしれない。この方何フェチですか？何フェチこの方のフェチ。カップの10。は3 3。なるほどね。なんかもういいかな。なんかフェチって特にないんだよねっていう感じで言ってるんですよ。でも聞きたいですよね。どこが好きなのって聞きたいんですよ。でも外見じゃないんだよねってそういうのすごい言ってるんですよね。外見じゃないんだって。だから確かにこう髪の毛っていうのはあるんですよね。髪の毛っていうのがあるから、そこは何かこだわりがあるのかもしれないけど、でもそれ以上にそこじゃないところに注目してますよっていうのが出てくる。そうですね。表情の一つ一つだったりとか、その人がどんな存在なのかとか、あとはやっぱりね、こう自分を成長させてくれる人、この人と恋愛関係になったら自分もっと成長できるんじゃないかなっていう風に感じたりとか、そうですね、こう自分のなんかこう恋愛意欲をかきたてられるような人っていうのも出ているし、カップの10が入ってるのでね、フェチのところにこれが入ってるからなんともねこう言えない、こう外見的な要素じゃないんだよなっていうところがある。すごくね二面性を持った人っていう感じで入ってくる。とりあえずフェチっていうことはありませんよってことで、次々行きましょう。逆にこれをされたら嫌だよってところをもらっていきます。フェチね、まあなんか言うとしたらそうですね、体のパーツじゃなくてその人の大切にしている趣味とか持ち物ってところ見てますって感じ。小物とか、例えばお財布の趣味だったりとか、例えばアクセサリー一つだったりとか、どんなものを身につけているんだろうって、そういうところからいろんな情報を書き出していってるよっていうのがある。そのね、アクセサリーの好みでもその人の例えば趣味嗜好とかがわかるじゃないですか。靴とかね、そういうところから判断してますよっていう感じがします。体のフェチっていうよりはその人の持ち物フェチっていう感じですね。はい、ということで、タワーされたら嫌なこと、タワーとペンタクルの4、その自分のやる気をそぎ落とされるようなことだったりとか、割とねテンポいいんですよねこの人。恋愛いいなって思うとテンポよく進めていきたいっていうのがあるんだけど、自分がフットワークが割とね軽い分、軽いっていうのはチャラけてるとかじゃなくて、割と積極的に興味ある人に話しかけに行ったりとか、まずは友達からみたいな感じで普通に話しかけに行ったり、仲良くなりたいですとかっていう風に接した時に堅くなにノーって言われたりとか、この人から見て硬いなって思う人、自分以上に硬いなって思う人、この人も割と誠実な感じがするんですけど、その自分以上に硬い人とか、なんかこう気さくに話しかけたのに何みたいな感じで言われたりとか、そういう意味でねテンポが合わないとかね、だからさっき言ったみたいに好きなタイプと真逆ですよね。テンポが合わないとか、自分はこういうつもりで話しかけてるのに変に固く誤解されてしまったとか、思ってもみなかったような一言言われたとか、自分にとってはこうやる気がなくなるような対応を取られてしまったとか、普通にね友達になりたくて友達になろうよって言ってるのになんでとか、なんでって理由必要みたいな感じの感覚派なのに、なんかね理由を求められたりとか、変なところに理由つけたがる人だったりとか、
そういうところで合わないなっていうふうに思っちゃうところがある。そしてあとはこの人の中では割とね、内面重視ってところがあるから、その見た目のことに結構こだわってる人とか、条件つける人とか、なんかこういう仕事の人がいいのよね私とか言われちゃうと少し萎えちゃったりとか、そういう上辺だけで判断するんだとか、例えばね、年上じゃなきゃ嫌なの私とか、あとは遠距離ってどうなのとか、あと趣味がゲームとかってどうなのとか、なんかゲームが悪いとかね、いいとかじゃなくて、例えばグラフィックデザイナーってさ儲かるのとか波あるんじゃないとか、なんかそういうところ疲れるとあまり好きじゃなかったりとか、テンションが一気に下がっちゃったりするっていうところがあるかなって、今の言い方で多分伝わっていただけたらいいかなと思うんですけど、とにかく自分のテンションが崩されるとあんまりね、こう一気にしょぼーんってなっちゃうかなっていう、この人をもっと知りたいっていう風にはねならなくなっていくかなっていう風なのは出てきています。内面重視なんですよね。なんかフェチとかも特になくて、小物フェチかなっていうところはありますけど、はい、ということで次行きましょう。理想の恋愛お付き合いの形ってどんな感じっていうのをもらっていきます。この方どんなお付き合いしたいと思っていますか？例えばね、こう刺激的な恋愛とか、自分が追いかけたいとか、あとは相手から言ってきてほしいとか、どんな恋愛をしたいですかということで、どんな恋愛をしたいですか？割とね穏やかなね、穏やかな感じ、テンパランス。そして他にももらっていきましょう。ダークライトときたので、じゃあアニマルさんからもらっていきましょうか。どんな恋愛をしたいんですかということで、いやでもなんかそのままっていう感じですよね。裏表がない、言ってることがあまり変わらない。これ共通してお水出てきてますよね。時には激しい海から出てくるシャチ、この水しぶき、時にはこのヤギさんがハートを胸に抱えて雨が降ってる時の雨で、時にはこんな穏やかに流れていく滝だったりとか、いろんなお水の形がある。そしてお水っていうのはタロットカードで言うと目に見えない気持ち、愛情とか感情とかを表してるんですね。でこれが今共通して3枚出てきたということは、かなりこの方の中で、お付き合いするにあたって、気持ちの面だったりとかメンタルっていうことを重視されてるんじゃないかなと思います。とてもね三者三様っていう感じで出てきてますよね。いろんな悲しみとか苦しみとかも乗り越えていきながら、そしてそのなんていうのかな、はっきりした感じ、力強さっていうのはあるんですよね。水しぶき、飛び上がってくる時の水しぶき、飛び上がるぞっていう気持ち、しとしと降り注ぐ雨、そういういろんな気持ちの感情とかっていうのも共有していきたい。でそこをなんかね、自分たちだけのオアシスっていう感じもするんですよね。2つのものが融合していくっていうよりは、2つのものが共存し合っていく。形はそれぞれ違うけど、この方の個性と好きになる方の個性、それぞれ潰し合うことなく共存していくのが理想のバランスだよねっていう感じで言われているのかなと思います。いろんな形があるけど、それをそれぞれ受け入れていく。で決して混じることも多少あるんだけど、混ざりきらない、全てが混ざりきらないっていうところがちょうどいいバランスであるよねっていうところがあるかな。そして全体的に穏やか、はっきりしていたりとかするところもあるんだけど、結局、何にまとめたいかって言ったら穏やかな方向にまとめていきたい。パッと明るいとかすごく力強いとかそういう感じじゃなくて、穏やかっていうところに落ち着いていきたいんですって。こういろんな興味持って動いていくんだけど、実際的には個々がそれぞれ成り立って
穏やか平和的な関係、うまいバランスを取れていく。だからバランスってところはもう最初からねずっとお伝えしてますよね。バランス取れてる人が好きだよってところはやっぱり変わらなくて、そういう方とお互い成長し合えるような、で結局バランス取っていきながらお互いの個性を潰すことなく共存し合っていけるようなお付き合いをしていきたいというのが出てきています。はい、これがこの方の基本的な、恋愛観について見ていっています。ということで、そう、まずねカードをしまっていきますね。また次の片思い編に見ていきますので、はい、ただこの2枚、最初の2枚だけは残していこうかなと思います。あとは全部しまいながら見ていきますね。初めはねこの、ラマのカードが出た時、ペンタクルのナイトが出た時は割とこう硬い方なのかなって思ったんですけど、そうじゃなくて、堅物とか真面目くんっていうよりはなんかインテリ系っていうのが入ってきましたね。そして興味があることは、純粋に興味あるよっていう感じで、向かっていくのかなっていうのが出てきています。割となんかこう明るい感じがしてきますね。恋愛するとよりなんかこう興味津々で明るくなっていくのかなっていうのがあります。割と分かりやすいんじゃないかな。興味があるない、脈があるないっていうのがつかめない人っていうよりは分かるんじゃないかな。脈ありなしがっていうところが出てきています。はい、ということで次恋愛編見ていきます。片思い編ですね。じゃあこの方、好きな人にはどんな態度、どんな行動をとってくれますか、どんな対応を取りますかってところを見ていきますね。なんか何枚だ、2枚出てきていますね。これもらっていきましょうか。好きな人に対してはどんな行動、また助教皇のカードが出てきているのと、カップのエース出てきてますね。いや好きな人に対しての行動なので、すごくねやっぱり分かりやすいなっていうところが出てきています。もっと分かりやすく行動をもらっていきましょうか。いやあとはすごく真面目さ、自分の持ち味を出していくんじゃないかな。そうですね、真面目さじゃなくて自分の持ち味ですね。この方の個性だったりとか自分の持ち味、これこそ自分の長所ってところを存分にアピールするんじゃないかなと思います。多分ねわかると思うんですよね、アピールされてる側はね。犬のカードも出てきてるから、すごく、信頼できる相手っていうのがある。なので最初はもしかしたらお友達から始まっていくのかもしれないですよね。もっと知りたい、だから友達になろうとかで、友達になってもっともっとね恋愛対象としてもっと知っていきたいとか、深く知っていきたいっていう思いが募っていってっていう、でどんどん溢れていく、で自分の持ち味を見せていくんじゃないかな、アピールしていくんじゃないかなというのが出てきてます。多分積極的にアピールしてくると思うので、そういうところもね見ていきましょう。好きになるのが早いですか、一目惚れしますかっていうのを見ていきますね。この方好きになると早いですか、割と、それとも友達の期間が長いとかぼっと燃え上がるのか、一目惚れを含めて好きになるまでの期間が早いか、イエスオアノーはもうすぐその答えを知るでしょうっていうねグレーな感じで出してきましたね。この場合は私が今感じるにはこの方のテンション次第っていうのがあるかな。その直感型なので両方あるんですよね。その堅実的に行くのもあるけど、割と 6,7 割ぐらいは直感型っていう感じがするので、その時の自分の直感に従って、だから恋に落ちるのも早い時もあれば、もっと深く知ってからっていう時もある。その時の自分とその恋愛対象の方の具合によってっていう感じがして、でそうだな、あとなんかもうすぐその答え知るでしょう、あなたが
私もうすぐ知るでしょうってことを言ってるので、そこに対してはまだはっきりと出さない、一目惚れするしないとか恋に落ちるのが早い早くないっていうのはまだはっきりとは出さないっていうところを示しているので、ちょっと気になるので1枚もらいますね。ちょっとエンジェルアンサーさんからもらっていきます。この方、恋愛、恋に落ちるのが早い早くないって聞くともうすぐ答えがわかるって言ってるんだけど、それはなんでかな。あ、今だって言ってる。まさに今それですよ。これを見てる人のことが好きってことかもしれないですね。融合していくタイミングがやってきてる、理想の形に今近づいてるっていうことを言ってる。だから曖昧にしたい、言いたくないとか、このパーフェクトタイミングが出てきたことによって、そのね、この方のテンション次第とかじゃなくて、あなたと両思いの可能性が高まってきた。すごく今だって言ってるので、今だ。ちょっとね、でもね、今回はあなたのことに対してどう思ってるのかっていうことを含めずに見ていきたいんですよ。そっか、じゃあその2パターンあって、1つはあなたの可能性があるっていうことと、でもあなたのことあまり含めずに見たいっていうリーディングのこうやってやっていこうっていう指針があるので、それに沿って言うんだったら、やはりこの方の直感、この方が今だって思ったら好きになる。だから会った瞬間に好きだって思ったら好きになるし、会って友達の時間を経て何ヶ月かとか1年とか経ってから好きになるっていうこともあるっていうことが言われてる。でも割かし早いんじゃないかなと思います。はい。では、好意を持った相手には自分から動くのか、イエスオアノーでもらいましょう。動くような気もするんですけどね。でもね、大切だよっていう感じも見せるんですよね。大切だよっていうのは、動くから大切じゃないとかじゃなくて、その待つ姿勢も大切だよってことも言ってる。1枚出てきたのが、これもなんかグレーゾーンで出してきますね。その時じゃない、今これを知るタイミングじゃないってことを言ってるので、自分から動くかどうかっていうのを示してくれないんですよね。おかしいな。イエスはノーの割合が高いカードなんですけど、ちょっとごまかしに入ってきてますね、この人。ちょっと待って、散乱してきた。ごまかしに入ってきたぞ。なんか片思い編になってきたらいきなりなんかごまかしてきた。なんやなぜごまかす。なんか瞑想しろって言ってますね。いや、何もかも直感だよって、瞑想すれば答えが出るって言ってるから、いやこれを今ここで出されてもっていう感じもするんですけど、でもそれが答えだって言ってるんですよね。自分から動くかどうかっていうのは、やっぱりこの方のやはりね、直感っていうところに大きくね関わってきてるかなってところがあります。動こうと思ったら動くしみたいな。気分屋なのかなね。割とね、気分屋なのかな。その時の自分のテンションっていうのを結構大事にしてるのかなっていうところがある。テンション、自分のテンションとか、あと相手と自分の距離感だったりとか、その時の勢いっていうのに、結構合わせてやっていますよっていう感じがあるかな。あとプラス自分の直感に従ってっていうところがあると思います。はい。ではそうですね、そっか、直感に従って動くって言ってるので、じゃあ連絡はどれぐらいのペースで取りたいと思っているのかもらっていきましょう。この人連絡積極的にしたいと思っているのか、このね好きなお相手とね、今片思い編に入っているので、この方好きな人とどれぐらいの頻度で連絡取りたいと思っているのか。雲のカードが入ってきてる。いや、すごく直感型ですね。その時の気分次第って言ってるんですよ。この
の人が例えば悩みがあるとか、今例えば仕事で集中したいとかっていう時はそっち寄りになっていくし、で恋愛したいというか好きな人と話したいと思ったら好きな人と話すしみたいな感じで、割とやっぱり気分屋というか、気分屋って言ったらねすごくね嫌な言葉かもしれないんですが、その時の自分の感情っていうところに大きくね左右されるところがあるっていうのは言っています。ちょっと待ってくださいね。あっちちょっと消えちゃったんですけど、ちょっと取り替えますね。いやごめん、暑くて取り替えれなかったから、後で落ち着いた時に取り替えます。ということで続けていきましょう。そう、割と好きな人のこと、なんか片思い編になっていくと見せてくれない、もともとねそういう直感型っていうのは基本的なところで出てきてはいたんですけど、片思い編になったら余計にそれが強まってきてる。なんか直感だよとか、その時の気分かなっていう感じで言ってくるので、では好きな人のことを1日の間どれぐらい考えてますかっていうのも見ていきましょう。めっちゃ考えてるかもしれないし、でもな雲が出てるんでまだ見えないかなっていう感じはする。こっちでもらっていきましょうか。ダークさんの方から、この人好きになったらその人のことを1日の間どれぐらい考えてますかっていうのをもらっていきます。このタロットでわかるといいんですが、はい、もらっていきましょう。タワー、またタワーが出てきてますね。さっきもね出てきたでしょ。なんかね一点集中って感じがする。24時間ずっと考えてるっていうよりは、好きなお相手であったとしても、なんかね一点に集中してる。もうちょっと細かい時間帯聞きましょうか。そうですね、割と午後の時間帯かなっていう感じはするんですけど、午後かな。午後、夜遅くもなければ朝早くもなく、日中でもなく午後で夕方ぐらいかな。でも見てください、ブーケが出てる。ブーケか。となるとやっぱり気分かな。正直気分かなっていう感じがします。だって6と9って逆さまにすると同じ数字になりますよね。だからその気分が乗る時もあればそうじゃない時もあるっていう、雲がかかってる時もあればかからない晴天の時もあるしって、ドンピシャな時もあるしっていう感じがするので、でもねブーケが出てきてくれてるので、結構ね考える時すごい考えるよ。めちゃくちゃすごい両極端ですよね。これは好きな連絡のペースでしょ。で好きな人のことを考えてる割合は結構あるよって言ってるんですよ。でも連絡はそこまで豆じゃないかな。でもね豆さも少し感じるんですよね、この辺から。でもやっぱり気分かな。気分とか状況とかにもよるのかな。忙しかったら返せなかったりとかもするし、ただでも結構考えてますよね。そうね、結構考えてるのはタワーとブーケだから、そうですね、割と四六時中考えてるかもっていう感じがしますね。ウキウキしてるかもね。好きな人のこと考えてウキウキしたり、ああでもないこうでもないとか考えながら自分のモチベーションにつながってるんじゃないかなっていうところがあります。時間帯はねばらついてきたので、割と一日中考えてるよっていうのが出てきています。はい、では次々行きましょう。理想の告白のシチュエーションについて見ていきます。この方の理想の告白のシチュエーションってどんな感じですか？例えば場所とか、どんな雰囲気でとか、自分から行くのか行かないのかとか、そういうのも見せてくれたら嬉しいなと思いますね。はい、カップの5。また力のカードが出てきている。でシチュエーションでもらっていきたいので、そうですね、何かこの
の人がこの人らしくなかった時、そばにいてくれたあなたのこと、あなたじゃない、そばにいてくれたこの、ごめんなさい、あなたじゃなくて、そばにいてくれたこの好きなお相手が寄り添ってくれてる時に、自然とその口から、好きですっていう言葉が出るんじゃないかなっていうのがある。ちょっとしたミスだったりとか、この人がね、仕事か何かでちょっとしたミス、普段自分がやらないようなミスをしてしまった時とかっていうのがありますね。普段だったら手に取っているものが手からスルリと抜け落ちた時っていうのがある。それがこの方の例えばスキルとか仕事能力、普段しないようなミスなのか、普段ね明るく振る舞っているけどちょっと元気がない時、そういう意味で感情がスルッと落ちた時、元気が落ちた時とかっていう意味なのか、なんだろうな、もう本当に物質的に何か壊してしまった時とか転んじゃった時とか、そういう時っていうこともあるかな。どうしようかなって思ってる時に、そこでいつもね寄り添ってくれていた人っていうのが、告白のシチュエーション、タイミングとしてあるんじゃないかな。包み込んでくれているっていうのがありますね。そしてそうですね、やっぱりね、こう直感をね表す月のカードが出てくるので、かなりこの人ね直感型なんですよね。だから告白のタイミングとかも自分でこの時だとか今だとかっていう時に言うんじゃないかな。でもすごくね、じゃあ周りのこと考えてないのかって言ったらそうでもないんですよね。かなりこの好きなお相手とのバランスが取れている状態で告白するよってことが言われてますので、告白自体は成功する見込みがあってやるんじゃないかな。でタイミングとかシチュエーションとしては、自分がちょっと失敗しちゃった時とか、何かが抜け落ちてしまってるうっかりミスだったりとか、連絡漏れとかね、そういうのがあったんだけどそこも大丈夫だよって言ってもらった時とかね、そういう感じで出てきています。自分のちょっとした不安とかをかき消してくれるようなタイミング、シチュエーションっていうのが出てきてます。そう、多分ね自分から言うと思うんですけど、そこも聞きましょうか。この方、この告白のシチュエーションって自分からですか、お相手からですか？の違う。じゃあ好きなお相手から寄り添ってくれるね、2人が自然と寄り添うのか、それとも好きなお相手から告白してくれるのかってところかな。お相手が落ち込んでる時にあなたのことをずっと好きだったのって寄り添うように言ってもらえるようなシチュエーションっていうのを想像してらっしゃるのかなと思います。はい、では次です。はい、淡々といきましょう。好きな人にどんなことをしてほしいのかもらっていきますね。ではそれはね、オラクルも使って見ていきましょう。好きな人にどんなことをしてほしいのか。ちょっと2枚多いけどもらっていきますね。2枚と、あとはダークの方からもらっていきましょうか。どんなことをしてほしいのか。またカードね、力のカードが出てきてる。寄り添ってほしいって言ってる好きな人に、同じカードが出てきた。オラクルは安心と勇敢。なるほど、安心勇敢、うまいバランス取ってますね。うまいバランス取ってやってきてねってことを言ってる。うまいバランスで接してほしい。グイグイでもなく恋恋でもなく、まさに勇敢さと安心感とどっちもあるっていう感じがする。お相手にとってうまいバランスをとってくれる人で、自分を陰ながら導いてくれる人とか、包み込んでくれる優しさがあるとか、
芯の強さがある、心の芯の強さがあるとかね、そういう感じ。しっかりもしてるし、包み込んでくれて安心感も与えてくれるような人なんだけど、この自分のね、モヤモヤする気持ちとか、落ち着かない気持ち、言動とかね、興味があったらすぐ飛び立っていっちゃったりとか、この方のいいなって思う方に向かっていつもやってるから、そういうことを遠くから優しくね、ニコニコして見ててくれるとか、自分が成長していくところをずっと見ててくれる。で、時にはこの方の感じないようなところまで手を差し伸べてくれたりとか、サポートしてくれたりとか、導いてくれるっていうね、さりげないサポートっていうのも、求めてる、してくれたら嬉しいなって思ってる。かなり優しさとかね、で安心感、ただ優しいだけじゃなくて、そこにはしっかりとした心の強さっていうのも感じる人がいいなっていう、こういうことしてくれるといいなっていう陰ながらのサポートで、影とまではいかなくても芯の強さを教えてくれるとか、強いっていうのはメンタルが強いとか体が強い、肉体が強いだけじゃなくて、違うところの強さっていうのもあるんだよっていう、いうところを教えてくれる人っていうのも出てきています。じゃあこの人は好きな人に束縛しますかっていうのを聞いていきます。はい、この方は束縛しますか？ノー、束縛しないよって言ってきます。じゃあ逆に束縛されたいですか？これはちょっとたくさん出たので一回しまって、束縛されたら嫌ですか？束縛されたら嫌ですか？束縛されたら嫌ですか？ノー。束縛しないし、束縛されたら嫌でもない。っていうのが出ていますね。はっきりと出てきています。ここははっきりしてますね。では、そうだな。今束縛するしないのところで、割と自分はしない、だけど相手からされる分には別に構わない。多分別にやましいこととかもないしってところもあるんでしょうね。カラッとしてる感じもするから、何かいろんな人にね気があるとかじゃないしっていうところもねある。絶対的な安心感っていうのも好きな人に求めているから、その代わり自分も絶対的な安心感をお相手に提供するよってところもある。だけどね、ちょっとね気分屋っていうか、落ち込みやすいとか、あとは元気づけてあげるとすぐ元気になったり、立ち直ったり、落ち込んだりとか、喜怒哀楽が激しかったりっていうところもあるんだけど、そんな自分でもあなたと一緒だったら、好きなお相手と一緒だったら、どちらかというとモヤモヤが少なくなって晴れ渡っていくような気持ちになっていく関係性だから、自分は束縛しないし、で相手は自分のことね束縛してきてもそれは構わないよっていう感じのスタンスが出てきています。はい、ということでこれが片思い編として終わっていきます。この片思いするお相手には恋愛対象、片思いの方にはこんな態度取りますよってところを見ていきました。はい、ということでまたカードをねしまいながらやっていきます。はい、次はね両思い編ということで、お付き合いしたらどうなっていくのかっていうのを見ていくんですね。はい、でそして変わらずね、この一番最初、一番、左上の2枚っていうのは残してやっていこうと思います。カードをしまった後にちょっとキャンドルの補充をねさせてください。それでは次にお付き合い編見ていきます。どんなお付き合いをしたい、どんなデートをしたいのかっていうのを見ていきましょう。はい、ではこちらからもらっていきます。実際恋人になったらどんなお付き合いをしていきたいのか、カップのページが出ていますね。いいんじゃないですかね。素晴らしいかわいいですね。お相手らしさが出てます。はい、もう一枚フール出てますね。割とね上を向いている感じのカードも出てる。いやー、いいですね。夢見がちっていう感じもする。どんなデートをしたいか。
どんなお付き合いをしたいのか、やっぱりお互い尊重し合いながらも大切にし合える、あなたのこと、好きなお相手、恋人のことをとっても大切にすると思いますね。大切にするっていうのは、純情に近いかな。本当に恋愛してますっていう感じで思ってくれてる。例えば物質的に何かを与えてくれるとか、例えばすごく高額なプレゼントをしてくれるとか、例えばお食事いつもおごってくれるとか、そういうことじゃなくて、もっと初々しさっていうのかな、このお付き合いしたての気持ちっていう、この嬉しさとか喜びとかっていうのがすごく前面に現れてくれていて、気持ちの面ですごくあなたにときめいてますってことを表してくれているのかなっていうのがあります。ライダーが出ている。例えば仕事が終わったらすぐに会いたいとか、なんか仕事終わって、例えば会社の飲み会とかがあって、で飲み会が終わって家までに帰る途中の間にあなたに電話、あなたじゃない、ごめんなさいもう恋人ね、この方の恋愛観で言ってるから、自分の恋人に連絡して声聞きたかったんだって、で声を聞いたら会いたくなったから会いに行っていいとか、そういう感じかな。一つのことが終わったら、これ終わったよ、会いに来たよとか、会いたいよとか、ただいまとか、そういうのをちゃんと言ってくれるとか、結構まめに連絡くれるとか、連絡くれるってよりは会いたい派かな。さっきも連絡の頻度のところで、その人の気分とかテンションとか状況によるかなっていうところのカードが出てきたので、まめに LINE したりメールしたりっていうよりは、もう直に会いたい派なのかなと思います。あとフールが出てるので、開放感とか自由っていうところもあるんですよね。でもなんか開放とか自由っていうよりは、もちろんね、何にもとらわれないっていう。でもさっきは束縛しないし、であとは束縛されるのは別に構わないよって、自分にやましいことないからっていうのがまんま現れているかなと。純粋に思っているから、その自分の好きな人に束縛されても嫌じゃないよっていうところが出てきているのと、でもそんな2人のお付き合いの中でも、なんだろうな、すごくね一緒にいたいっていう気持ちもすごくたくさんあるんだけど、でも尊重してますよっていう気持ちもあるので、全てを自分の思い通りにやろうとはしないっていう清らかな気持ちとか、うまいバランスの取り方っていうところもちゃんと示してくれてる。でどんなデートしたいのかっていうのも、そうですね、なんかロマンチックな感じもするから、そういうのを感じられるような場所、映画館だったりとか水族館とか、そういうのもあるし、そうですね、あと割とアクティブなので、体を動かして楽しく遊べるようなデートっていうのも割と好きなんじゃないかな。外に行くか、その映画館みたいな感じで室内だけどどこか家じゃないところに行って遊ぶとか、そういうのも好きなんじゃないかなと思いました。では、誕生日や記念日は大切にしたいと思っていますか？イエスオアノーでもらいましょう。はい、誕生日や記念日は大切にしたい？イエスオアノー。ノー。それはそこまでこだわらないよと言っています。なぜかな？そこももらっていきましょう。出てきてるのが、ペンタクルの3。でもなんかめっちゃ考えてますよ、計画してますよっていう感じもするんですよね。もう1枚もらわないとちょっとわからないかな。飛んできた。飛びますね。カップの5、じゃない、カップの8。カップの8出てきた。2つパターンがありますね。天然かなっていう、天然か、やっぱりさっきも言ったみたいに直感に従って動いているところもあるから、前もって計画するっていうこともできなくはないんですよ。できなくはないし、じゃあすごく気分屋なんですかって言われたら、すごい気分屋なわけでもないんだけども、
うっかりミスというか少し抜けてるところもあるのかなっていうところが出てきています。ちょっと可愛い意味でね、悪気がないんだけど日にちを間違えていたりとか、例えばね、付き合って1ヶ月記念とか2ヶ月記念とか細かいところまで求めない方がいいかもしれない。すごく細かいのは。だけど大きいところ、要所要所は抑えますよっていうところはある。誕生日とか大きなイベント、クリスマスとか。ただバレンタインデーですごく豪華なプレゼントをあなたがあげたとして、同じぐらいのものがお相手から返ってくるかどうかっていうのを、期待してはいけないよみたいな感じがするんですよね。もしかしたらあなたの期待通りのものをもらえないような可能性もあるかも。それはホワイトデーとかクリスマスに関してはね、何かのお返し、プレゼントのお返し、私がこれだけのものをあげたからこれだけのもの返ってくるだろうみたいな感じの通りにはいかないかもしれないよっていう感じかな。なぜかって言ったらそのちっちゃいところまでもしかしたらまだね目が行き届かない、手が届かない、まだまだ成長中っていう感じもするのと、この経験を通して学んでいく。だから最初の1年目、お付き合いしての1年目のホワイトデーはパッとしたようなものもらえなかった、正直っていうことがあるかもしれないけど、2年目3年目ってなるにつれてバランスが取れていくとか、そういうところもあって、あとあまり細かいところ気にしていないというか、着目していないというところがあるから、付き合って1週間目とか1ヶ月目記念とか、そういう細かいところまではあまり敏感になっていないところがこの方にはある。大きいところは抑えるけどね、あまり細かすぎても追いつけないってところがあるかな。でも一生懸命なんとかね、合わせようと思って、恋人に合わせようとしてくれる姿勢とかは見えてるので、年を重ねるごとに、回数を重ねるごとに成長されるんじゃないかなというところはあります。で、うっかりミスとかちょっと天然さんをやらかしたとしても、そこは許してほしいなっていうお相手のお気持ちが出てきています。はい、では恋人にだけ見せる顔を教えてください。ではこちらのカードからもらっていきましょう。この人がお付き合いをした人にだけ見せる顔。この好きな人にだけ見せる顔じゃなくて、自分の恋人にしか見せない顔。飛んできたのが、待ってくださいね、これなんかね、デビルの下に何か隠れてる。デビルの下にこれはソードの9か。いや、すごくね不安定ですよね。ソードの9っていうのは結構思い込みが激しかったりとかするんですよね。だからちょっとメンタル崩れちゃうと、もうこの世の終わりみたいな感じでズドーンっていう風にいっちゃうし、かと思えばね、上にパーって上がっていく時もあるから、極端なんですよね、正直言って。このお相手っていうのが、やる気が満ち溢れてる時と、テンション下がっちゃう時とっていうのがあるので、だからそういう意味でそこを補い合えるようなバランス感覚の優れた人っていうのを一番最初のそのお付き合いしたい人、好きな人のところに求めるところとして、結構最初からバランスって言ってきてるのかなと思って、この方の、落ち込んじゃう時に持ち上げてくれる人だったりとか、でもそういうところを見せていくよっていうね、この恋人だけに見せる顔としてはかなり浮き沈みがあるところを見せるんじゃないかなと思います。普段のお相手っていうのがまずこれなので、割とインテリ系で堅実、真面目、誠実みたいな感じも受け取られるような一枚があるんだけど、そういう安定的なところからちょっと崩れた自分を見せるよってことがもう言われてますね、ここで。それはすごくね、テンションが下がってとか、弱気な自分を見せるとか、あとうっかりミスをやっちゃうとか、そういうところかもしれないし、あとはあなたを自分のものにしたいなとか、自分が会いたい時に会いたいんだっていう気持ちがもっと強くなる。自分のものにしたいなっていうよりは、会いたい時に会いたい、なんでそれがいけないのとか、あとは
あなたのことをずっと思っている、好きな人のこと、恋人のことを思っている、これ自由だよねとか、そういうところをかなり主張してくるんじゃないかな。自分がこう思ってるからこう動いてる、それに何か理由が必要なのとか、なんでとか、そこに何も必要がない、自分の気持ちが一番だからねっていうところを結構出してくるのかなっていう風に出してくるけど、結構浮き沈みがあるよってところも見せてくるから、弱い自分っていうのも受け止めてほしいなとか、支えてほしいなって、実はいろんな不安が根本的にあるから、これが、デビルの後ろに出てきてくるんですよ。これが全面的に出してくるところで、なんでこういう自分がこう思ってるからこう動いてるんだよ、なんでいけないのっていうところが、なんでかっていうと、その中に実は隠れた不安とか恐れっていうのがあるから、こういうふうに動いているんだけどってところで、もし否定されたらどうしようっていう風な気持ちもあるし、揺れ動きやすい自分のことを見たら嫌われるんじゃないかっていう気持ちもあるっていうね、こういうところもあるんですね。っていうところを教えてくれたんですけど、じゃあまず、恋人にされたら嫌なことなんですかっていうのを見ていきましょう。じゃあダークからもらっていきましょう。恋人にされたら嫌なこと。割とね、個性的と言ったら個性的なこのね、お相手が見えてくるんですけども、されたら嫌なこと、されたら嫌なことで、まず、ワンドのエース、もう一枚もらおうかな。ソードのクイーン、ちょっと待ってくださいね。これどうしようかな。ソードの6出てきている。あれよ、手放さないでってこと、見限ってほしくないっていう感じかな。そっぽ向かれるとちょっときつい、厳しい、悲しいって思っちゃう。そっぽ向かれちゃうとか、自分に興味がなくなるのが怖いとか、話を聞いてくれなくなっちゃうとか、冷たくされたらとにかく嫌ってことを言ってる。だから常にというか、定期的に好きっていうことを示してほしいっていうのがあるから、その逆のことをされるとすごく不安になっちゃうとか、いろんな自分の顔を見せて嫌われたらどうしようっていうのがまずすごくあるので、大丈夫よとか言ってくれるとすごく嬉しいんだけど、やだ、あなたってそんな人だったのとかっていう風に言われると余計傷つくとか、なんかね、興味ないよとか、冷めちゃったみたいな感じになっちゃう、冷たくなると悲しいなっていうところがあるかなっていうのがありますね。見ていてほしいっていうのがある。では、喧嘩したらどうなるっていうのを見ていきましょう。じゃあこのアニマルタロットさんから、この人喧嘩したらどんな感じになりますかっていうのをもらっていきます。喧嘩したらどうなりますか。喧嘩したらカップの8が出てます。なんかね、気分転換するんじゃないかな。喧嘩したらまずその場から離れて、同じ部屋から出て、自分一人だけの空間、外に出るなりなんなりして頭を冷やすっていう感じがしますね。自分の中で切り替えするっていう感じが出てきています。じゃあこの人は自分から謝りますか。どっちが悪いとかは関係なしにして、どっちが悪いとかじゃなくても、謝ってくるんですかっていうので、ちょっと1枚画面から外れたので1回しまって、頑固に絶対何があっても謝らないっていうスタイルなのか、どんな感じでも謝るっていうのか、どんな風にするのか。イエス、謝る、たとえ自分が悪くないとか、そういうことを感じていたとしても、どっちとかじゃなくて、自分から歩み寄りを見せますよってことが言われてますね。はい、ということで、もうなんか割と切り替えたらさっぱりとしてるんじゃないかなって、仲直りしようみたいな
日もう仲直りしようって言葉すらなく、いつも通り普段通り、次の日は普通にいつも通りっていうのがある。でもこの人ね、こう上を向いていく関係っていうのをすごく望んでいるんですよ。できるだけ下を向きたくないの。自分が元からの基本的な性質的に傷つきやすかったり、落ち込みやすかったり、悩みやすかったりっていうところがあるから、できる限り、そこに対して落胆されたくないっていうのもあるし、下を向くよりだったら上を向いて明るい未来に向かって歩んでいけるような関係性っていうのを求めているんですよね。そうなんですよ。で、そこをまず抑えつつ、では、まず喧嘩を見てたので、恋人にしてほしいこと、求めていること見ていきましょう。それはじゃあオラクルからもらおうかなと思います。恋人にしてほしいこと、恋人にしてほしいことで縁のカードが出てきていますね。いや、縁のカード出てるので、やっぱりね、こう立ち去っていくことを嫌がる。結びつきをとても大切にしていて、例えばこう遠距離の関係だったりしろ何にしろ、距離がもしあったとしても心の距離がちゃんとあればいいって、結びついていればいい、縁があればいいってことを言ってるので、例えばね、少し出張か何かでちょっと会えない期間ができるとか、遠距離になったとしても気持ちがちゃんとつながっていて、で恋人が自分のことをちゃんと見てくれる、目と目を向き合って向かい合って恋愛関係を築いていけるって、これを求めてますよってことが言われてます。結びつきかな、精神的な結びつきを求めている。相手がいかに自分のことを見てくれているのかっていう、この見つめ合ってる関係っていうのを求めていますね。では次に、お相手が恋人にしてあげたいことは何ですかって聞いていきましょう。はい、恋人にしてあげたいこと何ですか。してほしいこと、そしてしてあげたいことで2枚出てきていますので、これをもらっていきます。なんか2番の人やけに落ちますね。ペンタクルの10と8、してあげたいこと、いやーなんかね、大人になるからねっていう感じで入ってきますね。そのお付き合いしたての時はまだまだ自分がこう経験値が浅いとかっていうところがあるのかな。もしかしたらさっきもちらっと言ったんですけど、あまりこう言われたくないようなところとして、こう上辺だけのことであまりこう評価されたくないとかっていうことを言いましたよね。その例えばこの仕事って安定してるのとか、例えば年齢のことだったりとか、例えばね身長だったりとか、何かこう目に見えてわかるものだけで評価されたくないっていうところがあるんだけど、でもそれをすごく気にしていて、そこに対してこう成長していったりとか、レベルアップしたりとかカバーしていって、その姿を見せたいってことを言ってるあなたに、恋人に安定したもの、確実なものとかを、渡したいんだって。収入とかかなっていうこともそうかな、お仕事の成績結果かもしれないし、もう安定した豊かさかもしれないし、でその恋人にしてほしいことと同じことも、プラスアルファで、やってあげたいんだっていうことが言われてますね。なんかね、こううまいバランスを求めてるよってことは言ってるけど、でも実際に自分がしてあげたいことの方が大きいみたい。そして相手に対しては目に見えないところで補ってくれるものを求めているんだけど、自分は目に見えるもので相手にしてあげたいことがすごくたくさんあるっていうことが言われてるのと、やっぱり縁なんですよね。これもリボンで結構コインぐるぐるにこう巻かれてますよね。これがこの縁、2人の結びつきに見えたんですよ。かなりこの結びつきっていうものを、確実なものにしていきたい。その縁って目に見えないじゃないですか。だけど目に見えるような形にしていきたいってことも言ってる。現実化させていきたい、具現化させていきたいっていうところもあるので、かなりこう自分がしてあげたいことの方が強いんじゃないかなと思います。はい。
そうですね。あとこう積み重ねとかね、そういうのも言ってるから、日々あなたのことを考えてる、思ってるよとか、毎日そうできるだけ安定している自分っていうのをあなたに与えてあげたい、恋人にあげてあげたいっていうところが出ています。一生懸命努力するんじゃないかな、自分の弱点とか分かってるから。そしてどういうところに進んでいけばいいのかっていうのもはっきりと分かっているから、それに向かって頑張るよっていうのをね、ちゃんとしてるものっていうのを出してきてくれてますね。はい、とても誠実な結果、思いっていうのを見せてくれます。では、どこからが浮気だと感じるボーダーラインを教えてください。はい、これをいきましょう。浮気してるかしてないかってことは占いでは見るのはあまり良くないんですが、この方の基準の浮気のボーダーラインというのは大丈夫なので、これを見ていきます。実際この方は浮気してますかじゃないので大丈夫です。その方にとってどこからがダメなポイントなのかっていうのをもらっていきますね。さっきはね、束縛されてもいいよ、自分はしないよっていう感じのスタンスは見せてくれてたんですけど、束縛しないよって言ってるけど、ではかなりね厳しいかもしれないですね。お付き合いになってから好きな人に対しての束縛はしないけど、自分の恋人になったら結構この方は、はっきりと決めるかもしれないですね。で、あとやっぱりバランスってことを言ってるから、自分の中ではっきりした基準、ボーダーラインっていうのがあるんだけど、それを示さなくても恋人になった君だったら分かってくれるところだよねっていうところが出てるかなと思います。はい。ということで、あとはそうですね、異性の友達と2人きりで遊びに行くことはいいですか悪いですかっていうのをもらっていきましょう。異性の友達と2人で遊びに行くのはいい OK? Yes or no? ノー、絶対ダメっていうのが言われてるので、やっぱりねちゃんとね線引きあるんですよね、この人の中で。2人だけの甘い時間過ごしたいっていうのがあるから、恋人になっちゃったらもう、ちゃんとねそのあたりのボーダーラインは引いておいてねっていうところと、あと自分の価値観っていうところのすり合わせができる人を求めているので、言わずもがなそこは同じ共感してくれるとこだよねっていうところがあるんじゃないかと思います。はい、ということで次、同性願望はありますか？はい、この方、恋人と同棲したいと思っていますか？ Yes or No。 同棲したい？イエス。同棲したいと出てきました。なるほど。では同棲したいと、1枚ねもらっていきましょう。なぜというか、好きなんだからなんでしょうけど、ペンタクルの10も出てるのでね、将来を視野に入れてっていうお付き合いをされているし、自分がそれをね提供していきたいってことを言ってるね、結びつきっていうことを言ってるので、それがあるからなんでしょうが、ムーンのカードがまた出てきましたね。さっきもね出てきましたよね。いや直感だって、そう思ったからそうするんだっていうのを言ってるのと、あとやっぱりねその反面不安な気持ちをかき消していきたいからっていうことも言ってる。支えてほしいとかね、さっきもね出てきてましたよね。そういうことがあるからっていうのがもうねありますね。ではその後行きましょう。甘えたいですか？甘えられたいですか？そうですね、これももらっていきましょう。じゃあこっちのタロットからもらっていきましょう。この人は甘えたい派ですか？甘えられたい派ですか？恋人に自分が甘えたい、それとも甘えてきてほしいのか？おっと出てきたのが、これさっきも出ましたよね、カップのエース。いやこれねどっちもどっちっていう感じもするんですよね。もう1枚もらっていいですか？
ワンドのクイーン。そうですね。どっちもどっちっていう感じがする。でもはっきりしてもしなくても別にそこいいですよね。甘えたいし甘えられたいってことも言ってる。そうですね。どっちかな。でもどっちもかなっていう感じかな。どっちも好きって言ってる。甘えたいし甘えてもらうのも全然好きって言われてる。で、頼りにしてもらえるのすごく嬉しいから、自分が恋人のためにやってあげられる精一杯のことをどんどんやっていくから、やっぱり何でも話してほしいなっていう気持ちもあるし、自分の不安を同じぐらいかき消してほしいとかってこともあるから、やっぱりここもバランスっていう、さっき言ったみたいなね、ちょうどいい2人の直感に対するバランスっていうところが出てくるかなっていうのがありますね。そうだな、可愛い感じで甘えてきてくれるんじゃないかなと思いますね。甘えてきてくれるんだったら、ゴロニャンっていう感じで、そして全然ね、甘えさせてもくれるしね、話聞いてくれるしっていうところもあるので、いい感じでこのバランスは取れるんじゃないかなと思います。はい、では次に行きます。では、お揃いはありかなしか。はい、この方にとって何て言うんですか、ペアルックというんですか、お揃いの服を着るとか、そういうおそろコーデは、ありかなしか。ありですか？ Yes or No？ イエスあり。お揃い大歓迎っていう風に言われてますので、お揃いもね、気兼ねなくやっていきましょうということで、次、愛情表現はどんな感じですか？はい、ということで、じゃあルノルマンからもらっていきましょうか。この方、恋人にどんな愛情表、いっぱい出てきた。どんな愛情表現をしてくれますか？もうちょっと切って1枚もらって足していきましょうか。どんな愛情表現をしてくれますか？ネズミのカード、そして船と、これは家のカードね。かなりね、この船っていうのがこの2番のお相手らしさがすごく出ているかなと思いますね。割とね、いろんな愛情表現をしてくれると思います。やはりどこかでこの不安っていう自分の自信のなさから来るのかな。経験が足りないとか、なんか年齢差を感じるとか、そういうところを気にしてる、気にしてないように見えて気にしていたりとか、突っ込んでほしくないところほど気にしていたりとかするので、そういうところはちょこちょこ出てくるかもしれないんだけども、くっついていたいんじゃないかな、愛情表現としては。もう分かりやすくこう、ボディタッチとか、もう手つないで歩いたりとか、かなりこうベタベタするの好きだったりとか、そういうのも全然好きだし、愛情表現、もう安心感をくれる愛情表現もあるでしょうし、もう自分の行きたい方へあなたを連れていく、恋人を連れていく、ワクワクする方へ一緒にやっていこうっていうこともあるから、いろんな愛情表現をくれると思います。べったりしたい、あちこち連れ回したい、2人でくつろぎたいとか、いろんな顔を見せてくれるんじゃないかと思います。はい、ということで、では最後に、この方 S ですか M ですか？はい、何の SM かというのは、何の S か M かっていうのは、その今ご覧になってるあなたの頭の中で考えてください。 S ですか？ Yes or No？ 飛び出してきた。 Yes。 S ですって、間違いなく S ですって言ってますね。はい、じゃあそこに対して、じゃあ1枚ねもらいましょうね。どんな感じの S なんですかという、どんな感じというか、それはちょっとわからない。こう積極的なのか、サービス精神が旺盛なのか、どんな S なのか、そのあなたの今ご覧になってるあなたの頭の中の今その思い浮かんでる S に対してのイメージを1枚出していきましょう。はい、こんな感じの S です。カップの点が入ってる。こんな感じの S ですって。どんな感じだよって感じですよね。言わせるの好きみたいな。言葉とか行動に、あえて
恋人を誘導するのが好き、言ってもらうのが好きなのかな。その安心したいっていうのがもともとあるので、その自分が求めてる言葉だったりとか行動っていうのをわざと恋人に言わせたりとかしてもらったりとかする、誘導していくのが好きなんじゃないかと思います。そういう意味を含めてのあなたの今ね考えてる S っていう範疇の中にいるのかなと思います。そういう意味で、基本仲良しこよしなんですけど、それをベースにしながらも、なんか遊びたいっていう言葉を言わせようと誘導したりとか、っていう感じですかね。言葉っていう、感じがしてきますね。はい、以上こちらが S か M どんな感じっていうことで、お相手の、お付き合いしたら恋人になったらどうなっていくのかっていうところを見ていきました。はい、ここまで来て3分の2以上をね質問していっています。そしてそうですね、今恋人編が終わったので次結婚編を見て終わっていきますね。はい、ということでちょっとね今回はね質問40個質問していって、でもしねその時のお相手の、お返事次第では深掘りとか質問を追加っていう形を取ろうかなと思っているので、最低40個でもしかしたらプラスアルファっていう感じで今やっていってます。なんかね恋人の部になると自分の抱えている弱いところとかね不安なところっていうのを見せてくれているお相手ですね。この2番のお相手というのは。さあでは結婚に対してはどういうふうに思っているのか。もちろん結婚っていうのが全てのゴールではないので、なので例えば婚姻関係を結ぶことだけではなくて、この人生のパートナーとしてどういうふうに受け止めているのかっていうふうに見ていただけたらいいかなと思います。簡単にね結婚ってどういうふうに考えてますかっていうふうに見てもらってもいいと思います。はい、では、結婚の決め手もらっていきましょう。じゃあもうエンジェルアンサーから1枚、この方結婚の決め手になることなんですかってことで1枚もらっていきます。この方にとって結婚っていうのは自分が導いていきたいものでもあるし、しっかりとねやっていきたい人生の大きなイベントであり、人生の大きな選択であり、すごく一つの大きな家庭として捉えている、みんなから祝福されて、そして自分が導いていくその恋人をね導いて一つの家族という形になって新しいところへ向かっていくんだっていう強い気持ちがある。結婚願望、かなり強いこだわりとか願望があるんじゃないかなっていうところがあります。決め手としてはね、もう決め手というかもうこれっていうのがちゃんとあるんじゃないかな。どんなプロポーズをするのかっていうのをもらっていきましょう。でこれはもしご覧になっている方が男性の方であれば、そのお相手の方がどんなプロポーズをしてほしいと思っているのかっていう風に見てくださいね。それはその性別問わずどんなプロポーズしてくるのかとかしてほしいと思っているのかっていうことで、あなたなりに受け止めて置き換えて捉えてください。まず質問としてはどんなプロポーズをしてくるのかってことを見ていきます。はい、どんなプロポーズをしてきますか。バシッと言うよって言ってますねすごい変わるんじゃないかな。すごく大きく成長していく、かなり多分付き合い長い関係で結婚っていう風になるのか、急成長するのか、自分がすごくね成長できた時に、プロポーズしますよって、しかもすごくねはっきりしてるんですよね。お前侍かみたいな感じで、すごいですね。ちぎりを交わしたもうみたいな感じではっきりと言ってくるし、すごく決断を持って言ってくるので、もう本当に割とシンプルだけどはっきりしていてっていうところがありますね。
もし言われるとしてもはっきりと言ってほしいっていうのがある。あまり飾りっ気なくていいよっていうのがあるので、もうストレートに来てっていう感じもしますね。ではどんな家庭にしたいのかっていうのをもらっていきましょう。はい、どんな家庭にしたいですか？どんな家庭にしたいのか。やっぱり終わりと始まり。これもね、なんかね、新しいニューでしょ。新しいところへ方向シフトチェンジしていくとかっていう感じで、これも、次に進むためにとか、終わりと始まりとか、はっきりとさせていくとか、不要なものを手放すっていうのもあるし、ここでもちゃんとね、はっきりと決断して言っていくよって、示していくよっていうのもあるから、この結婚を機にその大きく変わっていくこととかっていうのも出てくるんじゃないかなっていうのがありますね。どんな家庭にしたいのかってまるっきり変わるんじゃないかな。その結婚前と後だともうちょっと詳しくねもらっていきましょう。どんな風に変わっていくのか。何を求めるのか、結婚相手に。それもね後で見ていくんですけど、ワンドの3、進展、未来をね計画して実行していく、実りのあるものにしていくためだよって。あと共同してことにかかる、家族を作り上げていく。本当にはっきりともう家庭っていうのがすごく大きなことだって言っていて、それに向かってすごくね変わっていくんだ。中にはだから住まいを大きく変えるとか、もう結婚を機にもう永住できるような土地に移り住むとか、お家建てるとか、すごくね大きな心境の変化、環境の変化に身を置くとか、そういう計画を立てながらもう、ね、計画どころじゃなくて環境をちゃんと変えていくっていうのがもうあるので、一新していく、グレードアップしていくとかあるから、かなりこの方の中で結婚っていうところがすごくなんかねちゃんとしっかりとした見方をしていらっしゃるのかなっていうのがあります。結婚相手に求めるものを見ていきましょう。では結婚相手に何を求めるのか。はい、結婚相手に求めるものはこの1枚ですね。運命、ディスティニー、運命か。すごくね硬いものを感じて結婚っていう決めて進んでいくんだけど、この結婚するお相手には運命を感じてほしいってことを言ってるんですよね。ちょっとねロマンチック要素もね入ってますよね。確実さだけじゃないって、自分がしっかりしてやっていく。そしてその結婚相手にはこう自分が、結婚していく決めたこととか一緒になっていくことを運命っていう風に感じてほしいって、夢見てほしいっていう風に思っているよって。じゃあ家事は協力的にしてくれるんですかっていうのを聞いていきましょういきなりはい、家事は共同性ですか？イエスはノー。なんかめくれた。ノー、違う。家事は違うぞって言ってる。なぜ？何かあるのかな？家事は共同していかないと。なぜかな？なんかドントストップ。これね引かないよってことを言ってるから、主張していくよって。家事は、例えばね家事は任せてっていう感じなのかな、それとも、家事は任せたぞっていう感じなのかな。どっちか。この姿勢は変わらないよって。でも非協力的っていう感じではない気がするんですよね。はい、1枚出てきた。
ソードの3、なるほど、料理が苦手って言ってますね。その面でサポートしてくれたら嬉しいなっていう感じかな。掃除と料理が苦手なのかな、家事の面で言ったら。それ以外のことだったらいけると思う。はい、ということで次、結婚したら恋人モードから変わっていきますかというところをもらっていきます。はい、恋人だった2人が結婚したことによって恋人モードからどんなモードになっていく、変わるか変わらないかってところも合わせながら見ていきますね。ソードのナイト、なんかね、結婚編になるとソードとか結構出てきたりとか、さっきまでカップとかね、結構ロマンチックな感じで出てきたんだけど、結婚のことになると割とスパッとしてるというか、はっきりしてるっていうか、責任感を持ってやっていかなきゃなっていう意思がすごく現れているので、なんかね、恋人モードから抜けていくんじゃないかな。で、家庭を築くからには責任持ってやっていくよねっていうところがあるんですよ。ふわふわしてられないな、しっかりしていかなきゃなとか、引っ張っていかなきゃなっていうところが出てきているので、かなりね、こう引っ張ってってくれるっていう感じがしますね。性別問わず目標に向かって進んでいくんだとか、しっかりした目標っていうのがちゃんともうあるので、もうそれに向かって突き進んでいくのみだ。ただ料理と掃除は苦手だってそこは不器用かもしれないから任せたぞみたいな感じも言ってるので、うまくやっていきましょうということと、そうですね、じゃあその後を見ていきましょうね。じゃあご両親や親戚付き合いは得意かどうかっていうのをもらっていきます。じゃあこちらのカードから、親戚付き合い、ご両親とかのねお付き合い、集まりとかにはどんな感じですかと。なんかね、結婚になるとね、侍モードになるんですよね、このお相手が。我ゆかんみたいな感じで、我拙者、なんか拙者モードになる。ソードのナイト、同じですよね。同じか。ここもね、責任持ってやっていきますよ。あとなんかこう親戚の集まりとかあったら積極的に、そうですね、なんか幹事というか取りまとめ役になったりとか、目上の人を立てながらもスケジュールを進めていく進行係になったりとかっていう、その積極的に、お酌して回ったりとかっていう役割を自分から買って出るのかな。割とすごくね積極的っていう感じもするので、そういう親戚とかご両親とのお付き合いも積極的にやっていきますよ、引っ張っていきますよっていうのがね出ていますね。本当になんか責任感をすごく強く感じますね、侍さんですね。はい、では一人の時間は欲しいですか。では結婚したら、結婚する前ね、独身時代に築き上げていたお友達付き合いのペースは変わっていきますか。イエス・オア・ノーでもらっていきましょう。お友達とね飲み会行ったり遊んだりとか、もうね恋人だけじゃない時間もあったと思うんですよね。お友達とのお付き合いとか遊びとかもあったと思うんですけど、結婚したらその頻度って、少なくなりますか。イエス・オア・ノー。なりません、変わりません。お友達とのお付き合いのペースは変わらないでしょうと言っています。はい、っていうことは家庭っていう、強いワードと、あと友達のお付き合いも恋人時代からさほど変わらないでしょう。ではもしかしたらね、恋人ができた瞬間からお友達との遊ぶ割合が少なくなる方なのかもしれないし、それはそのお付き合いしている状況の時のお友達とのお付き合いの仕方がどういう風になるかにもよってはちょっと変わってくると思うんですけど、そのお付き合いしている状況と結婚してからとお友達付き合いは変わらないですよってことが出てきています。その後ですね、じゃあ一人の時間は欲しいのかどうかっていうことももらっていきましょうか。結婚したら一人っきりの時間欲しいですか。
ただね、すごくね結婚に対して責任持ってるんで、このお相手なんかね侍になるので、友達付き合いで行って、なんかこう軽く遊びに行ったりとか、夜遅くまで帰ってこないとか、そういうことじゃないんですよね。多分それは結婚する前からもうね分かってると思います。そこに対しては心配いらないと思う。そしてこれイエス、一人の時間が欲しいって言ってる。じゃあ一人の時間何するんですか？一人の時間は何するんですか？一人の時間が欲しい。クロスのカードが出てきた。また責任感感じて、なんかね、侍クロスなんだけど剣持ってるように見えるので、侍モードなんですよね。なんかベルサイユのバラって感じ。そしてなんかすごくね責任感感じてる。ブーケのカードが出てきた。またさ、この前もというか出てきましたよね、前に。息抜きが欲しいっていう感じかな。一人の時間。結婚に対してすごくねプレッシャーを感じてるとか、重荷に感じてるとか、そういうことは一切ないんですよ。違うところかな。違うところでもらっていきましょう。なんかね息抜きしたいっていう感じ。結婚から解放されたいとか、家族から解放されたいとかじゃなくて、単純にこの本当に全体的にこの結婚だけじゃないじゃないですか。仕事もあるし、友達付き合いとか対人関係もあるし、その生きていく中の一人の時間っていうのは一つの休憩時間というか、そういう開放的になれる時間としてほしい。息抜きとしてたまにフラッとやりたいことやるんじゃないかな。そのフラッとやりたいことっていうのが、例えばねカフェ巡りが好きとか、なんか趣味があって、それの時間が欲しい。ちらっとね息抜きっていう感じ。カップの6が入ってる。一人の時間が欲しい。何するの？なんかあれかな、映画見て鑑賞に浸ったりとか、そうですね、ちょっと前なんか思い出のアルバム開いたりとか、なんかちょっと開放的になりたいっていうことが出てきているので、仕事でモヤモヤ抱えてきて帰ってきたら、ちょっとふっと一人の時間欲しい。一人部屋が欲しい。一人部屋じゃないんですよね。そう、部屋じゃないんだよな。家の中で一人になりたいっていうか、息抜きで一人でちょっと近くのカフェでお茶していきたいとか、そういう感じですね。とか、ちょっと花を見て和みたいとか、ガーデニングする時間は一人がいいなとか、そういう感じで息抜きの時間が欲しいなっていうのは出ています。はい、ということで、うまくガス抜きしてくれるでしょうということで、では結婚したら同じ布団で寝ますか？一緒に寝たいと思っていますか？イエス or no。 はなんか質問ちょうだいって言われてます。一緒に寝るかっていうことに対しては深くね聞いてほしいって言ってる。ディープにね聞いてほしいって言ってるので、どうしようかな。侍さん教えてください。一緒に寝たい、同じ布団で、家族になっても二人きりで寝たいんですか？細かく聞いてくださいっていうことなので、二人きりで寝たいんですか？どんな感じですか？フール、さっきもねライトの方でフール出てきましたよね。割と自由にやらせてっていう感じがするんですよね。もう一枚もらおうかな。開放的になりたい。一緒に寝たいって言ってますね。一緒に寝ることで開放的になれる、ストレス発散になるって言ってるので、いろんな解釈がありますよね。なるほどね。そういうことで質問してくださいって言ってるんですね。2人の力を協力していけば、リラックスして開放的な空間になるだろうっていう感じで捉えていらっしゃるようです。なので2人で寝るのは必須だろうと
いうことですね。ただ時の場合によっては別々に寝る時もあるでしょうと。でもその中でも2人の愛情が欠けてるわけでもない、別々に寝ることがあっても欠けてるわけではなく、2人は常に同じ方向へ向かっているのだということが、同じね、寝ることを通して、それを強く感じるというふうに言われていますね。はい。ではここまでがお相手のこの結婚したらどうなる、どういうふうに見てますかっていうことが言われてますね。なんかね、侍からまた最後違うモードで入ってきたんですが、最後にこんなに長くたくさん見てくださったあなたへ、この2番をお選びいただいたあなたへ、好きなお相手から一言もらいましょう。これはね、もう最後の最後にあなたに向かった一言です。あなたに向けた一言をもらっていきます。熱意。さあ、どんどんとカードを出していきますよ。あなたに対するメッセージをもらっていきます。なんか割とね、待ちの姿勢っていうのが序盤の方で出てきてましたよね。動くか動かないかって言ったら、来てくれたら嬉しいな、自分がやらかした時に来てくれると嬉しいなっていう風に出てましたよね。その時と同じカードがここにあるんですよね。こっちはライトで、この紫のカードからこのカップの5が出てきてたんですけど、その時と同じカードが入ってきてますね。そしてペンタクルの7が入ってる。なんかね、飽きないでねって言ってるんですよね。私に対してあなたに飽きないでねっていうのがまず一つ伝わってくるのと、ようこそいらっしゃいました。ほら、カップのエース始めていきましょうって、恋の始まりとか感性を開かせていく、そして平和で喜びに満ちた感覚とかって、やっぱり感覚とか平和って、その一番最初にお相手、その好きなお相手に求めるものとかでピースっていう平和のカード出てきていたんですけど、やっぱりそれに通ずるもの、そしてこれもう愛の目覚めっていうのがあるので、始めていきたいって、準備 OK っていう感じで言われているのと、ただね、あなたに対して飽きない、自分に対してね、失望とか飽きたりとかしないでねっていうのがあるかな。リング、そういうこと。ここまで見てくださったあなたに対して向かってきてねっていう気持ち、そして始めていこう、約束していこうね、結婚ね、リングを出してきましたよ。リングロードオブザリング。はい。パーフェクトタイミング、さっきも出ましたよね。これ今だよって、そういうこと。やっぱりそういうこと。直感とかじゃなくて、可能性的にあなたかも的な可能性が強いかもしれないかもなだけに、いやー、すごいなー。すごいですね。いやー、いい感じよって言ってます。あなたに対しておいでっていう気持ち、そして始めていこうねっていう気持ちもある。そうですね。だけどあなたにがっかりされちゃうんじゃないかなとかっていう不安も少しあるんですよね。でもね、すごくね、ときめきの方がね、すごく強いかな。お相手、今あなたに対するメッセージだから、とても今ね、気持ち始まっていくよ、高ぶってるよっていう気持ちもあるし、もしね、これがパートナーですっていう関係で見てる方であれば、その約束リング、していくタイミングが今だってことをお相手言ってますので、お付き合いされてる方はすごく自信持って次のステージへ行ってください。で、決してね、お相手のがっかりしたなとかっていう風に感じないでねっていう心配があるから、そこを包み込んでいってあげるといいと思います。
そうですね、2人で育んでいこうねっていう感じもするから、そう何かね、お相手のメッセージ的にはすごく大きな困難とかそういうことは入ってこないんですよね。日々の積み重ねだったりとか、山あり谷ありのこの2人の流れをうまくね、そこも受け止めていきながらもやっていこうねっていう感じで、とてもね、あとは出会ったばかりとか片思いの方で見てる方でも目覚めのカードが入ってきてるので、とても今あなたに対して前向きな気持ち、お出迎えしてくれる気持ちっていうのが出てきていますので、とても前向きに捉えていらっしゃってもいいと思います。はい、以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は好きなお相手があなたに対してどう思っているのかというリーディングではなくて、好きなお相手の恋愛観について40個の質問をしていきました。はい、長くなりましたが最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではこちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の恋愛観について40個の質問を用意してきました。はい、今回はですね、お相手のあなたに対するお気持ちではなくて、お相手が恋愛に対してどう思っているのかとか、好きなお相手に対してどんな態度をとっていくのかとか、結婚観はどうなのかっていうことを、40個の質問にまとめてきましたので、かなり長いんですよ。割とねサクサクって進むかなと思ったんですが、かなりこれね時間かかるっていうことを、体感しております。はい、という割とねサクサクめに深掘りせずにやっていくんですが、まあなんとも40個という数がありますので、すごくね細かく聞いていくんですが、まず、一番最初に基本編としてこの3番のお選びいただいた方の好きな人っていうのはどんな方なのか、どんな恋愛観を持っているのかっていう基本編で、まず第1部、第2部に片思い編、第3部は恋人編、第4部に結婚編という感じで分けながら見ていきますね。ということで、まずこちらのアニマルタロットさんから、このお相手、まず基本的にどんな方なのかっていうのをもらっていきたいんですが、ちょっと今飛んじゃったのでやり直しますね。まず基本的にどんなお相手なのかってことを見ていきます。できる限りこのあなたへの思いっていうのをまず話して取り外して、このお相手の中の、どんなモチベーションとかどんなお気持ち、恋愛観っていうのを見ていきます。ソードの3ね、何かね抱えているっていう感じ、繊細な方なのかなっていう、迷いやすいというか、一回ハマっちゃったら堂々巡りしちゃうような方っていうのもあるけど、すごく優しさから来てるからっていうのがね原因としてあるかな。優しいがゆえにデリケート、繊細っていうところがあるかなっていうお相手っていう感じがしますね。すごく優しい人、可愛らしい人っていうのがねありますからね、守ってあげたくなるっていうね感じがしますね。なんかもう1枚出した方が良さそうな気もするんですが、でもな、1番も2番も1枚だけ出しているので、やっぱりね1枚だけにしときましょう。ここはまずこのお相手のまず基本的なところを見たので、じゃあこの、お相手、恋をするとどんな人になりますか。恋をするとどうなりますかっていうのをもらっていきましょう。でもね、すごくね本音話したりするのも不器用さんなんじゃないかなって、今1枚出てきたのがこれで、なんかね不器用さんなんじゃないかなっていうのが伝わってきますね。まず1枚出すのがハーミットね、そのまんまっていう感じですよね。恋をしたらもうまず、秘めた恋っていう感じがするので、複雑恋愛とかっていう意味じゃなくて、なんだろうな、周りの人に
私あの人のこと好きなんだよねとかっていう感じじゃなくて、割と心に秘めていく、思い続けていく感じの方になるんじゃないかなっていう感じ。あまり多くは語らずに自分の心の中で思ってますよっていうのがありますね。本当は知りたくても知りたい、近づきたいけどうかつに近づいていかないとか、そういうところもあるんじゃないかと思います。はい、ではこの方の好きなタイプ見ていきましょう。外見的にまずもらっていきますね。外見的にどんな外見の方に惹かれるのか、傾向としてご覧いただけたらなと思います。外見ね、今外見だけでいきます。割とお茶目な人っていうのがありますね。何枚かもらっていきますね。なんかね、楽しい感じのカード、真逆な人っていう感じですね。この方と真逆な方に惹かれるっていう感じがする。柔らかい感じ。今これあれですもんね、外見で見てる。またペンタクルの2、外見で見てるので、でもこのペンタクルの2が続くってすごくないですか？どんな確率だという同じ質問に同じカードで返ってくるという。なんか目に特徴あるんじゃないんですか？大きな瞳をしているとかね。猫目、猫っぽい人、外見がっていう感じもするけど、でも目に特徴があるっていう感じかな。大きさ関係なくうるうるした瞳をしてる。震えちゃう。ペンタクルの2が3枚外見で出てきてるんですよ。今回タロットカードってこの3種類のカードを使っていくんですけど、全部が、外見的要素で同じカードが3枚とも出てきてるのね。かなり強いこと言ってますよね。もう外見的要素これだみたいな感じで言ってきてるのがすごいなと思って。いやでもただね、この3枚同じカードとはいえ絵柄も違うので、外見的要素といっては、明るいイメージがするっていうのがあるから、お洋服でも割と色味の強いお洋服着てらっしゃったりとか、そのモノトーンとか、例えばアースカラーとかくすみカラーとかじゃなくて、もっとパキッとした色とか髪型とかね、髪色とかしていたりとか、そう色じゃなくて形っていうのもはっきりしてるんじゃないかな。目のパーツがはっきりしている、口がはっきりしている、リップラインがねちゃんとしてるとか、耳が大きいとか、何かパーツが特徴的だったりとかもするし、でもそれがねすごくねバランスよくしてるんですよ。例えば目がクリクリしていて大きいんだけど、それがすごく魅力的で全体的にバランス整っているとか、例えばね耳だけすごく大きくて耳すっごいでっかい人みたいなバランス悪い人とかじゃなくて、その大きさとか形とか、特徴的なパーツ含めてバランスのいい人っていう感じがするんですよね。今外見的な要素で見ているので、すごいですよね。ペンタクルの2が3枚出るって生まれて初めて、なんていうの、リーディングで使うタロットカード、3種類、なんか2種類だったら同じカード出ることあるんですけど、3枚とも同じ質問で同じカードだけが出るっていうのは生まれて初めてなので、すごくね、例えば外見的にすごいもう理想のタイプっていうのがはっきりしているっていうのもあるし、あとはこれね内面見ないと分かんないんですけど、内面も見ていきましょうか。あとなんかね、こう絶対的外見これっていう感じじゃなくて、もしかしたら内面も関わってくるかもしれないっていうところがある。でも外見、そうね、外見としてはそういう感じですね。丸い感じかな。丸い瞳だけじゃなくて手が丸いとかドラえもんかって感じですけど、手が丸いとか丸みを帯びた手がしてるとかね、体のラインに丸みを感じるとか、そういうのもあるかなと思います。あと足に特徴があるのかな。靴だったりとかハイヒール
だったりとか、そうですね、なんかこう靴、足元っていう感じでも内面がねすごくね素敵なんですよね。いやー、でも外見で同じカード出るとは思わなかったのでびっくりしてます。ちょっとこれ飛んだんですけど1枚追加でもらいますね。飛ぶのがちょっと早い。ただね、飛んできた。内面で言うとやっぱり自分と真逆な人、見た目もそうかもしれないね。内面もカップのナイト、ペンタクルのエース、カップのクイーン、かなりね素敵なカードが内面で出てきてくれているので、外見はねかなりこうなんだろうな、これっていうのが多分あると思うんですよね、この方。だけど内面の方がすごく充実しているので、外見は統一されているのね、同じカードだから統一されてるんだけど、内面の方がすごく充実していて、そうね、この方をね愛してくれる人、この方を愛してくれるというか、愛に一途な人っていうのがすごくありますね。なんかねロマンチックとかそういうの通り越していて、もうすでに。でそうだな、その華やかさとかそういうのももちろんあるんですけど、この方にとって彩りを与えてくれる、恋をしたらこの人色づくんじゃないかなって、その一番最初に出た迷いやすいとかデリケートなところを補ってくれる、自信をつけさせてくれるとか、色を塗ってくれるような鮮やかさを持っているような内面を持った人っていうのがあるんですよね。そう、言葉がうまいっていうのもあるかもしれないですね。内面か。割とこの方って引っ込み思案だったりとか、自分から動けないようなところもある。で、恋をしても動きってあんまり積極性がないんですよね。で、わりかしこの好きになるタイプっていうのが積極的な方っていうのがあるんですよ。ですごい自分っていうのをしっかり持っている人ですし、内面的にもそれを感じます。何かねこだわってる趣味があるのかもしれないし、特技があるのかもしれないけど、頭の回転もいいし、言葉を使うのもうまいし、大切なものをちゃんとね大事にしてますよって。大切なもの何ですかって言ったら、自分を磨き上げることもそうなんだけど、相手を思いやる気持ちだって言ってるので、そういう内面の方に強く惹かれますって。あと夢見てるんじゃないかな、恋愛すること、恋をすることでこう自分の可能性が広がったりとか、感受性が豊かになっていくことをすごくね憧れ的に思っているとか妄想しているってところはあると思います。夢見てる、憧れっていうのがありますね。ではここに対してもらっていきます。この初めてお出しするカードなんですが、このカードは、イエスノーがはっきりと書かれているカードです。はい、こちらからもらっていきましょう。お相手さんはこの外見内面、この好きなタイプの人じゃない人でも好きになる可能性ありますか？まずここに対して答えをもらっていきます。おっと2枚出てきたんですけど、もらっていきましょうか。イエスとノーが出てくるので、どっちつかずっていう感じもするんですよね。ちょっとねこれ一回端っこに置いといて、その理想のタイプじゃないと付き合わないとかそういうわけではなさそうですね。だけどある意味こだわりはあると思う。今その外見ってめちゃくちゃねこう同じカード出てきてるので、外見にすごくこだわっていますか？どうしても譲れない外見ってありますか？イエス。これはイエスなんだ。絶対的に外見だけ、ここっていうところは譲れないところがあるんですって。自分の中の好きなタイプ、好きな好みってところがあって、そこだけはなんか統一されているようですね。はい。ということで、何フェチですかって聞いていきましょう。
はい、この方何フェチですか？できれば体のパーツでいただきたい。おっと、何かたくさん出てきて、マジシャン、これちょっと一回しまいますね。最初に出てきたやつだけもらっていきます。何フェチですか？たくさん出たのでこれも一回しまいますね。できればね体のパーツでいただきたいんですが、ソードのページなんかねあんまりこうどうかな、フェチ目じゃないですか、瞳かなと思います。でもね特にねそこまでねフェチっていうフェチはないよっていう感じで言っていますね。どちらかというと外見的なフェチっていうよりはその方の生き方だったりとか感じ方だったりとか感性っていうものに惹かれていく統一性があるよって。でもね外見的要素で全部3枚揃ってるので強力ですよねなんていうの、トランプゲームとかそのポーカーとかでもめちゃくちゃ強い逆、ね、花札とかでもすごい5行とか出すのってすごい運とかも結構あるじゃないですか。だからすごいね確率的にすっごいね確率なんですよ。こんな3枚揃うことってないのでかなり強いこだわりを持っていてそれが譲れないって言ってるのか、あとねそれ以外のところも伝わってくるのはこの方恋に落ちる、誰でもかんでも恋に落ちるわけじゃなくて恋に落ちる確率というか一生の間に恋愛する回数が少ないというか、それぐらい自分にとっては恋愛することに対しての、なんていうのかな、恐怖感だったりとか不安、前に進み出せないっていうことがあって、もう自分は恋愛できないんじゃないか、不器用なんじゃないかっていうふうに思っているコンプレックスっていうのをお持ちなんですね、多分。でそういうのもあるので恋愛回数がそこまで多分多くないと思う。そんなに簡単に一目惚れとかしたりとかしないと思うんですけど、そんな中で好きになる人っていうのがとてもこの方にとって貴重な存在であって、そしてとても自分と180度違うような明るさを持った人だっていうのが言ってる。すごく感情豊かで全く違うって。フェチとしてはやっぱり瞳に特徴があるのかな、瞳かな、それか心だったりとかそのパーツじゃないんだよねみたいな感じのことを言ってるので、そうですね、どちらかというと器用さだったりとか弁が立つところだったりとかっていうのもあるので、では次々とねやっていきましょう。異性から何をされたら嬉しいですかっていうのをもらっていきますね。いやでもちょっとすっきりしないのでちょっとオラクルで1枚もらっていきましょうか。なんだろうな、なんか1枚いただきたいんですよね、なんとなく。いやなんかペンタクルの2が3枚出てくるって本当に神展開じゃないです。これこそ神展開ですよね。信頼っていうのがあるので、そうですね、なんかね背中を預けられるような真逆な方を向いてるんだけど背中を合わせられて信頼し合えるような関係性ってことなので、自分と全く違う考え方、捉え方、そして色味も全く違う、性格も違うかもしれないけどそこで重なっていくことがとてもこの方にとっては重要なことなんだよってことが言われてますね。フェチには入らないかもしれないけど背中とかもね結構あるかもしれないですね。肩の形って変か、肩のラインとか背中だったりとか。では続けていきましょう。恋愛対象の方からされて嬉しいことをもらっていきます。こんなことされたら嬉しいよっていうところをもらっていきましょう。
はい、カップの8が出てきています。もうちょっともらおうかな。これはソードの6ですね。なんかね、もうね、新しいところへ連れてってくれる人っていうのがね、出ていますね。積極性とは違うんだよな。新しい見方を教えてくれるとか、今まで興味が湧いてこなかったものに、興味を持たせてくれるようなきっかけをくれたりとか、そうね、なんかそういう感じですね。全然知らない分野のことを教えてくれたりとか、そうだね、好きな人を通して自分が興味の幅が広がったりとか趣味が広がったりするのが楽しい、嬉しいって言われてるので、今聞いてるのは、今めくれちゃったんですけど、されたら逆に嫌なことで今聞いてるんですよ。で、こっちは割と新しい感覚を、感じさせてくれる人っていうのが出てきていて、で逆にされたら嫌なことで、これ逆か、つなれた男、ハングドマンとワンドのナイトが出ていますので、束縛嫌なのかなこの人。割とねおとなしめな方なのかなと思うけど、とにかくガツガツ来られたりとか、心の距離感が測れない人だったりとか、どちらかというとね、ここら辺ってこう自分の心ハートギュッと抱えていたりとかね、なんか子羊ちゃんみたいな感じで、羊ですよね。あとこれは忍者だから、自分の心の中と対話しているような静かな感じのイメージなんですね。でそれに対してつなれた男、なんかこう縛られているのが嫌っていう風に言ってるんですよ。縛られたくないって。あとなんか決めつけられたりとかするのも嫌だって言われてるので、このねつなれた男からはね、自分が身動き取れなくなるのが嫌だから制限されたりとかですね、この繊細な自分に対してそこを余計縛るようなことをしたりとか、もちろんねこの異性から見たらそこまで縛り付けているような気持ちじゃないと思うんですけど、この方すごくデリケートで、もともと自分の繊細な心を抱えてるから、ちょっとなんかこう縛られてるっていう風に感じちゃうと、こっち側はそういうつもりで接してないんだけど、すごくガチガチになりやすい方でもあるので、あとこうメラメラについていけないってところもあるから、すごく情熱的にアタックされると引っ込んじゃうよっていう、引っ込み思案になっちゃうよっていう、余計なんかこう穴があったら入りたい状態になっちゃう、恥ずかしい、自分の気持ち素直に出していけないってところもあって、背中を預けられるような安心感が生まれてこないってことが出てきていますね。されたら嫌なことはそういうこと。逆に嬉しいことは、こう新しい自分に気づかせてくれるとか、そういうことされると嬉しいみたい。新しい趣味の開拓だったりとか、そういう情報の共有、心をどんどんと開かせてくれる。それがねガツガツしてないんですよね。自然な感じっていうのがあるので、そこにこう優しさだったりとかっていうのが染み込んでくるような感じっていうのがありますね。はい、ということで次行きましょう。理想のお付き合いの形ってどんな形ですかっていうのを出していきますね。この方にとって、どんな恋愛がいいと思っているのか、どんな恋愛したいと思っているのか見ていきましょう。1枚飛び出してきた勇敢っていうのが出てきていますね。もう1枚もらおうかな。どういう意味の勇敢？縁も出てきたか。ちょっと布沼カードからもらっていきますね。木のカード、なんかね忍者に似てますね、このカードも。どんなお付き合いをしていきたいか、アニマルタロットからももらいましょうか。この方にとってこの自分をね生まれ変わるタイミングだっていう風に感じるんじゃないんですかね。
恋愛とても大切にしたい、恋愛関係になる方をすごく大切にしたい。そしてこの人何かね、あれなんですよ、こうと決めた、好きと決めたら好きみたいな感じで、人を好きになりづらい、なんて言うんだろう、恋愛対象としてのね、そういう意味でね、恋愛対象として恋心を抱きづらいんですけど、一回抱いてしまうとすごくね、末永くもうこの人っていう風に、ね、なるんじゃないかなっていうところがある。この方は、理想の相手じゃないと、ここ出ましたもんね、外見はそうだって言いましたよね。そっか、じゃあこれはいらない。そしてどんな付き合いしたいか、自分が変われるっていう風に思うんじゃないかな。そういう恋愛をしたいっていう風に思ってるんだと思います。とてもね、縁を感じる。そりゃそうですよね。恋愛はね、もう縁があってこその関係だから、それをすごくね、とても大切にするよって言ってるんですよね。なんだろうな、この方の繊細な気持ち、心とか、あとはね、眠れていないとか、そういうのもちょっとだけ入ってくるんですよね。少し寝不足だったりとかで、好きになる方っていうのがぐっすり寝るタイプみたいな感じなんですよ。だからこの方と一緒にいると、好きな方とね一緒にいると安眠できる、安心できる、ぐっすり眠れる。なんか結構睡眠って心のバランスに関係してません？安心できてる時とかリラックスできてる時ってすごくぐっすり眠れたりとかするじゃないですか。でそれが自然とできる人もいれば、自分の心のバランスとかによって眠りに障害が出てくる方もいますよね。だからどこでも寝れるっていうタイプと、のび太くんみたいにね3秒で寝れるっていう人もいれば、枕が変わったら寝れないっていう方もいるみたいに、どっちかっていうと枕変わったら寝れないタイプで、こっちは3秒で寝れるタイプだから、こういうのび太くん的な存在に憧れを持ちつつも、こののび太くんと一緒にいるとドラえもんになったかのように押し入れの中でもスッと眠れるような感じがするのかなと。のび太くんとドラえもんのような関係っていうのが望ましいというふうに出てきています。はい、それではこの方の基本的なところを見ていったので、今ちょっと一回カードをしまっていって、次は、好きな人に見せるこのお相手のお顔というものを見ていこうと思います。はい、ちょっとね一回カードを片付けていきますね。でこの2枚だけ残していきますね。いやしかしすごいですね。ペンタクルの2が、3枚ね並んで出てくるっていうのが見たことありますか？同じカードが3枚違うタロットカードそれぞれから出てくるということを、私は、生まれて初めてですよ。タロット歴うん十年うん十年だって。そう、幼少期からタロットカードを触ってますが、いやかなり幼少期だからかなりの年月を共に過ごしているんですけど、いやそれはもちろんね毎日何十年も触ってるわけではないんですが、それでもかなりこれレアな並びなのではと思うぐらいびっくりしましたよ。とても運命的なものを一目見た瞬間感じるんじゃないんですかね。この好きなお相手が自分の好きなタイプで外見的要素で3枚並んで出てきてはいましたが、それってつまり外見見るだけでビビビってくるってことですよね。そういう意味もあるのかなと思います。では次、片思い編いきましょう。好きな人への態度好きな人にだけする行動を教えてください。この方が好きな人にだけする行動、特別な行動、脈ありのサインみたいなものですね。どんな風に見せてくれるのか。力のカード、すんごい優しくなるんじゃないかなと思います。心開いてくれるっていう感じ。好きな人に見せる態度、めちゃくちゃ甘えさせてくれるっていうか、結構ねこれお堅いじゃないですか。ガチガチっていう、なかなか素直に本音見せてくれなかったりとか、
それはね本音見せるのが怖いっていうのがあるんですよ。傷つきたくないっていう、怯えとかね、本音見せて嫌われたらどうしようっていう気持ちがあるからこそ見せられないっていうところもあるんですよね。でも好きなお相手にはかなりこう甘やかせてくれるというかね、好きなお相手をね、甘やかせてくれるような優しい人っていうのが出てくる。全然イメージが違う、好きな人の前でしか見せない顔っていうのがあるんじゃないかな。普段分かりやすく言ったら普段堅物で何考えてるか分かんねえなみたいな感じで思われてるかもしれないけど、好きな人の前にだけにしか見せないこの方の顔とか優しさとか溢れ出る表情豊かさっていうのもあるんじゃないかなと思います。はい、では次々いきますよ。この方では好きになるの早い方ですかって、出会ってから好きになるまで早いですか遅いですか、早いですかイエスノーで聞きましょう。もう見た瞬間一目惚れとかするぐらい早いのかな。早いですかイエスオアノー。ノー。早くはない。じっくりと観察する。まずは好きっていう感覚を芽生えさせるまでにそれなりに時間かかる。一目惚れとかではなくて、たとえ外見でさっきね3つ並んでめっちゃ好みって思ったとしても、そこですぐ好きっていう風にはなりはしないっていう風に出てきています。では好意を持った相手に自分から動いていくのかどうか見ていきましょう。好意を持った相手に自分から動いていくのか。はい、自分から動いていくのかどうか。ラバーズが出ましたね。これね、でもね、自分から動いていくのかどうかと言われたらラバーズ調和なので、プラスマイナスとかじゃないんですよね。動く動かないとかそういうことじゃないんですよね。どうかな、他のカード見てみないとわからない。ワンドの5が出てきた。なるほど。迷うんじゃないかな。動いていいのか悪いのかっていう、二極化していくっていう感じがします。どういう意味かな。いやでもスターか大きいですね。大あるかな。この人にとって恋愛ってすごく大きなことであって、恋愛すること自体がねすごく大きなことであって、今まだこれ片思いで見てるので、まだ恋人になる手前のお相手の価値観だったりとか恋愛観を見てるんですよ。でもうこの時点で大アルカナが3枚出てきてるので、すごく今この恋愛に対して動くか動かないかってことでもすごくね大きなことを言ってる。自分の中で大きな変化なんだよってことを言ってるので、すごく、でもな、理想としてはお互いが自然に寄り添うようにっていうのが自然な流れとしてあるかな。憧れはあるんですよね、恋愛に対して。その自分から動いていってかっこよく決めていきたいとか、例えばね自分から動いたらお相手がロマンチックな反応を示してくれるとか、そういういろんな妄想をしていたりとかシミュレーションしているんだけどこう迷いとか、そうじゃあどうすればいいのかなとか、不安とか、動けるかな大丈夫かなとか、そういうところで揺れたりとか、ちゃんとうまくやれるかなとか、そうこうしてる間に自分の好きな人のことをね他にも好きだっていう人が出てきたりとか、そういう存在がいるんじゃないか、ライバルの存在はどうなってるんだとか、そういうこと考え出しちゃうとキリがなくなっちゃうっていうことを言ってる。でもすごくねこう憧れというかロマンを求めてるというか、自分がこうなんて言うんだろうかな、タキシード仮面のようにパーってピンチの時に出てきて助けてくれるようなヒーローみたいな存在になれたら、すごくこの自分の好きな人が自分のこと惚れてくれるんじゃないかなとか、そういういろんな妄想はしてるんじゃないかなと思います。動こうと思ったらね動けるんだけど、自信がないっていうのがね出てくるかなと思います。とてもねこう心を見せちゃうと大丈夫なんだよっていう風に安心させてあげると、心開いちゃうとすごく柔らかくて素敵なね感じの恋愛できると思うのに、もったいないなっていう感じが正直あるんですね、このお相手に対して。でじゃあ次ねどんどんといきますよ。
そういうところが出てきてるので、じゃあ連絡はどれぐらいのペースで取りたいと思ってますかってことに対して聞いていきましょう。連絡頻度は多い方が好き、それとも少ない方が好きっていう連絡の頻度ですね。電話、メール、LINE とか DM とかね、そういうやり取りですね。ライダーだ。なんかね、多さっていうよりは速さっていう感じですね。速い、動いていくって感じだから、動き欲しい、連絡欲しい、ね、なるべく早くみたいな。だって待たされると不安だからね、既読スルーとかが続くと不安になっちゃうから、既読スルー、なんかこう返事、ラリーは欲しいっていう感じだね。で、終わりなら終わりで、今日はここまでねみたいな感じで終わってくれる、締めてくれるとかってしてくれる方が安心。そのなんとなく自然の流れで、そろそろ会話ね、 LINE の切れ時かなみたいな感じでニュアンスとして伝えてくれるとか伝わるとかじゃなくて、今日はここまでおやすみなさいみたいな感じでバスッと切ってもらうとかして、どっかで区切りつけてもらうとかすると安心するみたい、っていうところはあるかな。連絡の頻度も割と多い方が安心するっていう感じかな。ただこの人自分から連絡していくのかどうかってところがちょっと疑問があるから、求めるものはあるんだけど、じゃあこの人って自分から連絡してきますか？出てきたの自分からは動けないって言ってる。動きを待ってほしい動きを待ってる。向こうから動いてくれて自分の心が開いたら、もうどんどんと連絡取り合いたいなっていうふうに思ってるっていうところがありますね。自信が欲しいっていうのがとにかく入ってくるので、そういうところですね。片思いの相手に対しては自分の自信が欲しい、相手から好きっていう確信が欲しいっていうところですね。そう、保険をかけたいタイプですね。危険な橋は渡りたくない、どんなに好きな気持ちがあったとしてもっていうのがあります。では一日の間で好きな人のことをどれぐらい考えていますか？寝る間も惜しんで考えてくれているんでしょうか？それとも何かとこうさっぱりしていてっていう感じでしょうか？犬常に考えてるよっていうのが出てきていますね。四六時中頭の中では好きなお相手のことでいっぱいですというのが出てきています。はい、ということで次いきますよ。この方の理想の告白のシチュエーションを教えてください。理想のシチュエーション、告白のシチュエーション。割となんかセクシーさを感じますね。誘惑してほしいって言ってます。なんかこう実はドキドキ展開を望んでるとかっていう感じなの？実はなんか誘ってほしいって言ってるんですよね。相手からかな。でも相手からだね。街だもんね。街って出てますもんね。このカモメさん待ってるじゃないですか。遠くの空見て待ってるでしょ。待ってるんですよ。進展を望んでる。街の姿勢で誘ってきてほしいって、告白してきてほしいってことかな。迷走してって言ってるので、自分からは動かないと思うけど、めちゃくちゃイメージトレーニングしてますよみたいな感じはしますね。できれば誘ってお誘いがあればいいな、そこを、タイミングとして、っていう感じがする。ちょっと自分から動く勇気がないっていうところに理由をつけて甘えてるところはあると思う。その好きなお相手から動いてくれたらいいのになっていう期待、思いとか願いとか、そういうところで自分動かないよっていう姿勢を崩さないのは私的にはちょっとずるいかなとは思うけど、でもこのお相手のこのお人柄とかを見てると、それもそのお相手の性格としてそうなのかなって納得はするかなと思います。ちょっとなんかね、ドキドキしてること考えてるかなってところはありますよ。運命の出会い、ハンカチ落として
そこに好きですっていう言葉の手紙が入っていることを期待していたりとか、ちょっと度が過ぎた妄想をしているところもある。度が過ぎてるというか、絶対こう現実的にありえないけど、そうなったらいいなっていう期待がねありますね。例えば矢が飛んできて手紙が結んであって、そこに大吉待ち人来たりみたいな言葉が書いてあるとかねよくわかんないでしょ。そういうのを期待しているとか、こう偶然こう道端で会って実はあなたのこと好きだったんですとか言われるとか、そういうなんかとんでもないシチュエーション、ロマンチックなシチュエーションとかを考えてるところもあります。はい、ということで多分ねこの方待ちなんですよね。来てくれると嬉しいなっていう感じがする。では障害があってもこの方は進んでいくタイプかどうかっていうのを見ていきましょう。どうかな。なんか待ちっていうのがね強く出てるんですけど、じゃあ何かしらその人によってね障害っていろんな見方があるんですけど、総合的に見て障害があった場合この方進んでいけますか。イエスを障害があってもこの気持ち揺れ動きませんよっていうのを言ってます。ただし動かないけどねって自分からアクションは自分から最初はしないけどねってことは言ってるけど、思いを断ち切ることはしないよってことは言ってます。はい、ということで恋人に求める条件3つください。恋人に求める条件3か条ですね。はい、ではもらっていきましょう。3種類から。恋人に求める条件ですのカード。やっぱりこう受け身なんですよね。明るくさせてくれる人とか自分を新しい世界へ連れてってくれる人っていうのが一番最初にあるかなと思います。なんだろうな、幼少期というよりは過去の恋愛の痛手を負ってる方もいるのかもしれないですね。トラウマだから自分は先に進めないとか、恋愛経験不足してるんじゃないかとか、自信ないなとか思うのかもしれないけど、そういうところを乗り越えられる、乗り越えさせてくれるような人、価値観を変えてくれる人とかっていうのもある。節制のカードも入ってきてるのでね、バランスですよね。カップの3、とにかくね楽しいって、一緒にいると楽しい、ワクワクするとか、嬉しい気持ち、お茶目な気持ちになれるとか、たわいのないことでも楽しくおしゃべりできるとか、喜びを分かち合える、ささやかな日常の中で楽しいね、うふふって言えるような感じが好きっていうのをまず求めていますよね。そして自分の価値観を変えてくれたりとかすることと、バランスのカードがここで入ってきてるので、異なるもの同士を調和統合っていうのが入ってきてる。全くこの方と正反対の方を好きになったとしても、そこでお互いが受け入れ合うこと、価値観が違うからすり合わせていかなきゃいけないよねってことは確かに必要なんだけど、全部を合致させる必要はないよねっていう程よいバランス感覚、距離感だったりとかっていうのを保ってくれる人だったりとか、とお相手が連絡いっぱい欲しいと思っていることに対しても同じぐらいの距離感を持っていてくれる、価値観を持ってくれている人だったりとか、そこに無理して合わせるとか合わせ合う必要がないぐらいの気持ちいいリラックスできるような感じっていうのが条件として入っています。はい、でここまで見ていって、あとは、好きな人にどんなことをしてほしいのかっていうのももらっていきましょう。どんなことをしてほしいのか、好きな人にこんなことされたら、好きな人にねされたら嬉しいなっていうこともらっていきます。出てきたね。カップの8も一番最初、さっきも出てきましたよね。カップの8出てきた。なのでとにかくねこう痛みを和らげてくれるとか、新しいところへ連れてってくれるとか、そういうのも言っていて、ときめきをくれる人、ペンタクルの3ね、一緒にやっていけるとか、協力しながら力を合わせていけるとか、そういうことされると嬉しい。例えば同じお仕事とかしていたら、仕事の間で協力し合うような関係、
同じ目標に向かって、協力してやっていけるようなチームワークを感じる時がしてくれると嬉しい、協力してくれると嬉しいなとか、気持ち和らげてくれる人とか、気づかせてくれる人、ときめきに気づかせてくれる人ですね。そうですね、この自分の中で失いかけていた情熱とかときめきとか、そういうものを復活させてくれるというか、蘇らせてくれる、またもう一度湧き上がらせてくれるとか、素直に人を信じられるような気持ちにさせてくれたりとか、そういうところっていうのがありますね。何かこのお相手が好きな人に対してアクションを起こしても受け止めてくれるとかね、そういうところもいいなっていうふうに思っています。ではその次も行きましょう。この方、束縛するしないで見ていきましょう。好きな人に対して束縛するかしないか、イエスノーでもらっていきましょう。束縛する、イエスノー。ノー、絶対しません、束縛はって言ってます。じゃあ束縛されるのはどうですか。束縛されたら嫌ですか、イエスオアノー。束縛されたら嫌ですか。これはたくさん出たんで1回しまって、待ってね、これも出たんで1回しまって、束縛されたら嫌ですか、イエスノー。束縛されたら嫌。束縛もされたくないって言ってますね。し合いたくない。さっきもなんかね、ガチガチになんか固められてる、つられた男でできてましたもんね。やられたら嫌なことで束縛されるの嫌なんじゃないかなって言ってる通りに、束縛し合いたくないっていう、この程よいバランス感覚でいたい、距離感でいたい。そのベタベタある意味してるんだけど、めちゃベタベタしてるっていうか、信頼関係とかちゃんとお互いの空気感とかちゃんとつながっていて、つながりを感じられていてっていう間柄でいたい。ちょっと離れていてもそれが心地いいみたいな程よい距離感っていうところが出てきているけど、でも内心誘惑されたいってことも言ってるので、それもねちょっとね後々見ていきましょう。まずこれがその片思い編として見ていったところですね。次が、お付き合いしたらどうなっていくのかっていうのももらっていきましょう。はい、ということで今これをね片付けながらね見ていっていますが、とにかくね自分を変わらせてくれる人というか、価値観が変わるとか、あとは自分の、抱えていたものが軽くなっていくとかね、そういうのを求めているというか、そういう傾向が今あるみたいですね、お相手の中で。なんだろうな、トラウマなのかもしれないし、もともと自分がその奥手すぎる奥手というか、超ザ奥手みたいな、そういう感じの方なのかもしれないけど、そこの価値観を変えてくれる人っていうのが今お相手グッとくるみたいですね。はい、ということでカードをしまっていきますので、この後はお付き合い編ということで、はい、質問をしていこうと思います。では次はどんなお付き合いをしたいのか、どんなデートをしたいのかっていうのをもらっていきます。はい、恋人になった後ですね、どんなお付き合いをしていきたいと思っているのか。どんなお付き合いをしていきたいと思っているのか。ソードの6がまず1枚出ています。はい、あとはねいろいろタロットカード出していきますよ。なんかどうしてもねこのソードの6もさっき出てきたから、やっぱり新しいところへやっていきたい、新しい関係になっていきたいとか、新しい自分になりたいとか、そういう変わりたいっていうのがね、いい方向へ変わっていきたい、流れに乗っていきたいとかっていうのもあるので、そういうお付き合いを望んでらっしゃるのかなと思います。ソードの2、くせ者が現れたということで、くせ者に対してちょっとここはね片付けていかないといけないところがある。待ってくださいね。このソードの2って
ある意味こうバランスうまくとっているんですよってところはあるんですけど、今ちょっとこのカードから感じる流れとしては、少しね気になるところがあるんですよ。で今もう1枚カード出てるんですけど、月のカード出てるので、そのなんていうのかな、表向きにあんまりこうなんていうの、公にしないで自分たちの内側に閉じ込めていきたい、どっちかというと密接な関係、密な時間、外で例えばね手をつないで堂々と歩いてデートするとかっていうよりは、家の中でゆっくりと過ごしたいとか、室内で誰にも見られないところで恋愛関係を育みたいとかっていう気持ちがあるのかなって思ったんですよ、このカードから。でそれに対して月が出てきているので、どうかなっていうところが正直あるかな。どういう意味でその2を出してるのかな。でも月と太陽が出てるんですよね。月と太陽、そうちょっと揺れるというか、揺れるって言い方もちょっと違いますよね。いかに自分の、トラウマだったりとか、その奥手なところっていうところとどう向き合っていくのかっていうのを真剣にお相手が考えるようなことになるんじゃないかな。かなりこのキーワードとして出てくるんじゃないかな、月と太陽っていうのが。なんて言ったらいいのかな、このお相手がこう波のある人ではないんですよ。どちらかというとこう、穏やかな波がないような海みたいな感じの人なんですね。平行線っていうかそういう感じなんですけど、恋愛するとその自分の自信がないってことをねずっと言ってるじゃないですか。そういうところが目立ってきたりとかしたりするんですよね。そこをうまくバランス取るのが難しいってことをこの方が言ってるんですよ。どんな恋愛したいかじゃなくて、自分のなんていうのかな、自信持ってやっていけるかってところに自信がないっていう感じがする。いかに自分が乗り越えられていけるかどうかにかかってるっていうことを自分自身が思ってるっていう感じかな。すごく前向きに捉えているし、ロマンチックにも考えているんだけど、じゃあ自分がこの恋人のことを幸せにしてあげられるんだろうかとか、何かしてあげられるようなことあるんだろうかとか、自分の愛情は足りてるんだろうかとか、そういうところを考えちゃうんだって、どうしても考え込んじゃう癖っていうのが抜けなくて、そこをどうしようかなっていうのを感じていて、変わりたいって、変わっていけるってすごく強く感じてるんだけど、どうかなっていうところにいるよっていう、すごくねこうなんだろうかな、単純明快なことを考えていないっていうところが出てきていて、で自分で自滅していくんじゃないかなっていうところがあるので、せっかく恋人になったのに自分のことをうまく表現していけないんじゃないかっていうのを感じてるんですよ。なのでどういうことをしたらこの人じゃあ心をね穏やかに、なんていうのかな、この人の中でストレスフリーで自分自身をね開いていけるのかなっていうところを1枚もらっていきましょう。もしあなたがこの方とお付き合いすることになった場合、この方が自信がないっていう風な言い回しをしてきた時に、どんなことをしてあげたらこの方楽になって自分のことを見せてくれるのかなっていう風に一言もらっていきましょう。テクニックのカードが出てきたから技を磨けって言ってるんですよね。うまいやり方あるでしょ、考えてみてっていう風に言われてるので、そのお相手、この方をねちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、うまく、その気にさせてあげるというか、持ち上げていく技があなたは持ってるから、今ねこれはねこの見てくださってるあなたに対するアドバイスね1枚もらっていくんですけど、もし仮にこの方とお付き合いして自信がないみたいなこと、もしそういう場合シチュエーションになった時に、あなたの腕ちゃんとありますからテクニックがありますから、いろいろ考えてあれやこれやと手を尽くしてみれば、お相手のことを持ち上げて自信をつけさせてあげることができるでしょうっていう風に言われています。
はい、ということでなんか月と太陽ってねかなりこう極端な感じで出てきていて、もう陰と陽でどちらもなくてはいけないものなので、そのお相手どちらかに偏る必要はないんですよね。絶対どっちかをなくしちゃいけないってことでもないから、どっちも受け止めていくっていうのがお相手にとっては必要なんじゃないかなとは出てきていますが、次にね行きましょう。どんどんと誕生日や記念日は大切にしたいと思ってくれていますか？思ってくれていますかというか、この方はどうなんですか？誕生日や記念日は大切にしています。イエス、ノー。ノー。そうでもないよって言ってる。誕生日や記念日、意外ですね。なぜなんだろう、なぜですかっていうのをもらっていきましょう。何かね大切にしてくれそうな気もするんですけどね。誕生日や記念日は大切にする方ではないとは言っていますが、近い将来にやってくるから必要ないって言ってるんですよね。記念日とか誕生日のお祝い、大切にしたいとかするとかじゃなくて、それは自然と巡り巡ってくるものだから、そのまま受け取っていくだけよみたいな。ただここ天使が寄り添っているから、2人がつながっていれば、やれ何々記念日とかなんかねクリスマスとかバレンタインとかそういうイベントとかってなんだろうな、2人で一緒にいることの方が大切であって、でなんだろうな、記念日だから何するこれするとかじゃなくて、要するに2人の気持ちとか絆の問題でしょっていうことで、2人がお付き合いしていて一緒に過ごしていれば、そりゃクリスマスも来るしバレンタインも来るし、そうだよねみたいな。で誕生日、自分の誕生日はねそこまで大切にしないんだけど、あなたの誕生日とかだったらもう来たる日が来たみたいな感じで考えてらっしゃるので、そこに対しては何かしらアクションをしてくれると思うんですね。ただこの付き合って1ヶ月記念とかそういうところまでなんだろうな、すごくなんかお祝いしようっていう感じじゃなくて、2人の愛があればそれは通り過ぎていくものだし、流れてくるものでしょみたいな感じで、近い将来自分たちに起きてくるものでしょみたいな感じで思ってるのかなと。なんかね現実的っちゃ現実的、雲のカードが出てきていますので、あんまりそこにねこだわっていない、強いこだわりはないかなっていう感じ。わあお祝いしようとか、クリスマスプレゼント何にしようとか、そういうなんかテンションがないのかな。そこまでなんかはっきりしたものがないけど、まあでも嫌じゃないから、そのクリスマスが来たら来たね、一緒に過ごせるね、で愛し合えるねっていう感じかな。やれプレゼント、やれこれこれとかじゃなくて、その場にあなたがいるのが一番いいねっていう感じがします。ただこの人すごくプレゼントとかはね用意しそうな気がするんですよ。はい、一つもらっていきましょう。この人でもねなんかね寄り添うことが大事だよとは言ってるけど、形として表してくれてると思う気がするんですよね。だって自分が不安になりやすいタイプだから、安心してるものを求めたがるような気がするんですよ。で自分も与える気がするんですね。ソードのクイーンが出てるから、そうですね、いろいろチャレンジしてくれるんじゃないかなって思います。例えば高価なプレゼントを用意するとか、ワクワクした気持ちでいるよってこととかじゃなくて、そうですね、でも自分なりに一生懸命チャレンジしてくれるっていう感じがするかな。あなたが求めるんだったらその期待に応えられるように努力するよって。恋愛ベタだから何を送っていいかわからない時もあるかもしれないし、あまりそういうイベントごとって得意じゃないんだけど、なるべく期待に添えるように努力するし、情報を集めながら最善尽くすよっていう感じがしますね。でもやってくれると思います。望むのであれば望みに応えられるように精一杯尽くしますっていうのが出てきました。では次、恋人にだけ見せる顔ってどんな顔ですかっていうのをもらっていきましょう。はい、ではもらっていきますよ。
恋人にだけ見せる顔はどんな顔ですか？です。また出てきたさっきもね出てきてましたよね。ですですね。恋人にだけにしか見せない顔があるんですって。だからそれはどんなことですかっていうことも聞いてきますね。それはどんなことですか？ですなんでこんなじの出るかな。ですですってですですってです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 って言ってますよ。恋人だけに見せない顔ありますか？ですですありますですです。いやでもすごくいいと思うんですよね。もうあなた、恋人にだけにしか絶対見せないよっていう領域があるんだと思います。この方の、恋人領域というかっていうのがあって、それがすごく新鮮で魅力的だっていう風に恋人が感じると思うし、この方自身も自分自身ここまで、変わるもんなんだなってびっくりすると思うんですよね。はい、というところが出てきていて、詳しく教えてって言っても教えてあげないっていう感じなのでそこは付き合ってからのお楽しみみたいなところがある。付き合ってみなきゃわからないよって自分自身もねまだ分かってないところもあるんじゃないかなと思います。はい、次。じゃあ恋人にしてほしいこと、その前にじゃあ恋人にされたら嫌なことをしていきましょう。これをされたら嫌だよってことを見ていきますね。じゃあこのアニマルタロットから待っていこうかな。恋人にされたら嫌なこと、恋人にされたら嫌なことはスターのカード。恋人にされたら嫌なこと、スターのカードですね。輝かしいカードが出てきたんですけど、その夢を見させていてほしいというか、嫌なことだから、せっかく気持ちがだんだん心がね開いてきて恋愛に対して前向きになれてきた。なんかちょっとキャンドルがで、せっかく自分が恋愛に対して前向きになれて心開いてきたのに、それを閉ざしてしまう、またこういう風にね閉ざしてしまうようなことにはなりたくない。こういうことなんかね、自分の心をそうですね閉じこもってしまうようなことをもうちょっと聞きましょうか。こう去っていってほしくないとかね、常に一緒にいてほしいとか、そういうことが言われていて、でしょ、で月、太陽、星っていう風に出てきているから、雲とかね出てきてるから、自然の力とかっていうのをすごくね言われている。つまりその自然には抗えないと、その宇宙の力だったりとか自然の力ですよね。太陽昇って出てきてって、月も太陽が沈めば出てきてっていう、こういう自然の流れサイクルっていうものがあってっていうことですね。ここに対してかなりお相手っていうのがすごく共感しているところがあるっていうか、恋愛の流れとかに対してもさっきもそうだったんですけど、程よいバランス感だったり距離感だったりとか、自然とくっついていけたらいいのになとかっていうようなのがずっと続いていて、それはずっとね大切に価値観として思っているんだけど、やられたら嫌なことっていうのがせっかく自分がねこうやって輝いてきているところをなくなっちゃう、輝きがなくなっちゃうようなこと、もちろんこれは自分だけじゃなくて好きな人を悲しませたくないなとか失望させたくないなっていう気持ちもあるんですよ。喜んでる顔をずっと見ていたい、それが見られなくなるのが嫌だなってこと言われてるから、これからかけ離れていけばいくほどすごく、嫌なんじゃないかなと思います。では喧嘩した場合ってどうなりますかって、恋人と喧嘩してしまった、そういう時はどうなりますかっていうのを聞いていきましょう。恋人と喧嘩したらどうなりますか。1枚、カップのクイーン出てきていますね。カップのクイーンが出てきてるから受け止めるよ。でもねこれどうかな。
受け止めるよってこともそうなんですけど、相手の言い分をすごく聞くと思うし、思いますね。だけどちょっと間違った方向に行っちゃうとすごくネガティブに捉えちゃう可能性もある。なるべく相手の言い分を聞いてうまくやっていこう、折り合いつけていこうっていうふうに思う。どちらかというと自分の意見主張することっていうよりかは、向こうの意見を聞いてうまく消化していこうとか、いいバランス取っていこうっていうふうに尽力を尽くすんだけど、一歩間違っちゃうとこの人自身がキャパオーバーを迎えちゃう時が来るかもしれないけど、そうなる前になるべくすり合わせしていこうっていうところは見られます。喧嘩したら自分から謝りますか？ Yes or No。 これ自分が悪いと思っていてもいなくてもっていう感じですね。自分から謝らないっていう風に出てきている。なぜそういう風に思うのかなっていうところをもらっていこう。謝る謝らないっていう話じゃないんだよねっていう感じがするんですよね。ペンタクルの5、いやすっごく悲しくて、なんか謝る謝らないとかじゃなくて、自分が嫌われた嫌われないとかそういうところまで行っちゃうから、かなりね落ち込んじゃいますって。すごくドヨーンって落ち込んじゃって、もうこれ以上立ち上がれないっていう風になっちゃって、寂しいよっていう風になっちゃうから、そこからじゃあ仲直りに向かって立ち上がっていこうっていう風になれないっていう風に出てきている。なので謝る謝らないじゃなくて、なるべくねすごくね受け入れていこうと思うんだけど、一回落ちちゃうとかなりそこから上がってくるまでに自力じゃ無理っていう風に言われてるから、そこは手を差し伸べてあげる必要があるみたいだけど、落ちてしまわなければ、自分がね落ち込む前まではなるべく相手の意見を聞いてすり合わせていこうとか受け止めていこうっていう気持ちが一番最初にあるから、まずこれで、そこがだんだんダメになってきちゃうとどんどん沈んでいっちゃうから、沈んでったらもう自分からは這い上がれないから、そこは手を差し伸べてねっていう感じですね。では次、恋人にしてほしいこともらっていきましょう。恋人にしてほしいこと、恋人になったらこれをしてほしいなーっていうところをもらっていきます。ソードのページ、さっきもね出てきてますよね。これね、ソードのページやってほしいって言ってます。そうですね。でワンドの3、そしてオラクルからもらってこうかな。本音をまずね見せてねっていうこと、安心したいからね、嘘つかないでねっていう感じですね。わかりやすく言うと、嘘つかないとかじゃなくて、どんな些細なことでも教えてねとか、その時感じたことを教えてねってことと、あとは単純に引っ張っていってほしいっていうことが言われている。そして友情のカードが出てきている、フレンドシップが出てきているので、その愛情、特別感っていうのももちろん欲しいと思うんですけど、まず人として友好的な関係でいられるっていうことを求めているんじゃないかと思うんですね。そして2人だけの関係性っていうのももちろん大事なんですけど、そこをプラスアルファしていけるようなことができたらいいなっていうふうに感じてる。あなたじゃない、ごめんなさい恋人とお相手を通して新しい友情関係が結ばれるような出会いがある、人脈が広がるとか、そういうこともできたらいいなって思ってるし、ついていきたいんですよね。引っ張ってくれる人が好きっていうのがあるから、しかもさりげなくね、ゆっくりと。でこのね、ワンドの3、さっきも出てきてましたよね。カモメのカードで待ちなんだよっていう風に言ってたやつで、やっぱ迎えに来てほしい。で細かいことでもいいから教えてほしい、気持ちを聞かせてっていうところ、安心したいからねって。
そしてそうね、できればプラスアルファでその恋愛とかまず恋心抜きにしても人間として尊敬できるような間柄になりたいのと、あとお互いの人脈が広がっていけばいいね、グループ交際とかね、そういうところまで発展していけばいいね。わりかしなんか最初の方って自分たちの中に閉じこもっていたいのかなって思ったけど、やっぱりそこから変わっていきたいっていうところの変化が出てきていますね。では恋人にしてほしいことを見た、されたら嫌なこと、喧嘩したらどうなるで、してほしいことでは自分がしてあげたいことは何なのか、恋人にしてあげたいこと何ですかっていうのをもらっていきましょう。恋人にしてあげたいこと、タワーのカード、はいはい、ワンドの6、変わるからそれを見届けてほしいっていう感じが一言で出てくるかなと思います。かなり大きく成長するんですよね。生まれ変わるんじゃないかな。多分もともと持ってらっしゃる奥手っていうところとかじゃなかったらトラウマっていうところを乗り越えるとか塗り替えるとか更新していくっていうところがあるんですよね。そういうところ、成長過程を見ていってほしいとか、必ず掴み取ってくるから期待していてほしいとかね、そういうことをもたらしてあげたい、変わる姿を見せたいっていうところがあります。すごく強い意志を感じます。ここに自分から変わっていくんだっていうところをぜひ届けたいというふうに言われていますね。では、してあげたいことを見ていったので、どこからが浮気だと感じるのかっていうボーダーラインをもらっていきましょう。これそうですね、浮気してるのかどうかっていうことを見るのは、占いの禁忌事項としてあるんですが、これはでも浮気してるしてないじゃなくて、どこからが、浮気だと感じるボーダーラインですかっていうことなので見ても大丈夫です。カップの6、なんか古い関係、元彼元カノとかそういう関係の人と会う、昔の恋人と会うとか、昔好きだって言われた人に会うとか、好きだった人に会うとかね、恋人じゃなくても昔好きだった初恋の人に会うんだとか、そういう時に少し不安を感じたりとか、ちょっと昔の恋人と連絡取り合うのはっていう感じかな。昔の恋人と別れて今自分と付き合ってるんだったら、その関係は断ち切ってほしいなっていうところがはっきりと出てると思いますね。ではこの方、異性のお友達と2人きりで遊ぶのは OK ですか？恋人が異性の友達と遊ぶ、2人きりで遊ぶのはどうですか？いや、どんどん深掘りして聞いてくださいと言っています。なんということでしょう。エンジェルアンサー、そこにはね強いこだわり持ってますよってことを言ってますね。でもさっき独占し合わないよみたいなこと言ってましたよね。束縛し合わないよみたいなことを言ってたけど、束縛とそのなんていうのかな、異性と2人で遊びに行くのはまた別なのかな。そうですよね。いや1年後って言われてもピンとこないですよね。でも2人が一緒にいるから、異性の友達と2人で一緒に遊びに行くことに対して1年後とかじゃなくて違うんですよね。多分2人で一緒にいるとか絆があればいける気がするけど、どうかなっていう感じもする。その1年後って言ってるのは、その1年後になればこのお相手自身が成長してるかもしれないって。1年後じゃなくて今よ、今今はどうなんですかっていうところを見たいんですよ。はぐらかさないで教えてください。いや、道だ、道、分かれ道だよって言ってるんですよね。行くか行かないか恋人に任せるけど、その判断でいいのかいみたいなのを問いかけるんじゃないかな、恋人に対して。行く末によっては変わってくるよ、私たちの未来がっていうところ。
ダメとかいいとかはっきり言わない今の現時点の私ははっきり言わないけど、選ぶのは君だからねって、選んだ後にどうなるかはわからない、私がどう答えてどう動くのかはわからないよってことを釘刺してきてますね。わかりやすいっちゃわかりやすいけど、ある意味委ねてるって言われたら委ねてますってことですよね。はい、ということで、じゃあ同性願望はありますか？一緒に住みたい、付き合ったお相手とは一緒に住みたいなっていう気持ちありますか？ノーね、早速出てきたノーというのが出てきています。じゃあ、同性とまではいかない程よい距離感がいいっていうふうに思ってるのかな。一日の間にどれぐらい恋人のことを考えていますか？同性とまではいかない、理由だったりとか、程よい距離感が欲しいとか、何かね、実家で住んでるとか何かあるのかもしれないけど、一日の間にどれぐらいの割合で考えてますか？子供、結構考えてるよって言ってますね。普通に、見た目ではわからないだろうけど、めっちゃ考えてるよっていう感じですね。見た目すっごい忍者でね、もう経験豊富みたいな感じなのに、すごくね、心の中は好きな人のことで頭いっぱい、お花畑ですっていうのが出てるから、好きになったらかなり考えてるんじゃないかな。じゃあ、甘えたいですか、甘えられたいですかっていうところで見ていきましょう。なんで同棲したくないのかな。同棲したくないわけじゃないんですよね。同棲したいっていう気持ちよりもしないっていう方を選ぶかなっていう感じだと思うんですよね。落ちてったの今見えたので拾っていきますね。ワンドの6はね、ここにもあるんですよね。だからなんでそんな同じカードをいっぱい出してくるのかっていうと、相手と同じ気持ち、同じ分量とか同じバランスの愛情の感覚でいたいからっていう感じ。この人後から見るんですけど、お揃い好きですかって後から聞くんですけど、お揃いコーデとかも結構好きなんじゃないかな。気持ちはね。でも表面として受け入れてくれるかどうかは分かんないけど、気持ちのシンクロ率をかなり求めているところがあるので、なんか気持ちがちゃんとあれば同性にこだわらないんじゃないかな。一緒に住む住まないっていうところにこだわらないような気もするんですけど、甘えたいか甘えられたいかで見てるんですよ今。同性のことをちらっと喋ってたけど、甘えたいか甘えられたいかっていうのを見てるから、甘えてきてほしいんじゃないかな。ジャッジメント、そうですね、かっこいいジャッジメント。このジャッジメントかっこいいな、かっこいいなって思ってほしいんでしょうね。凛としててほしい。めっちゃ違うでしょ、この忍者のカードとこのジャッジメントの色合いが違うでしょ。同じタロットカードだけど、で大アルカナ同士で別にこのカードの意味合いが全然ね、暗い明るいとかじゃなくて、このタロットカードの色合いが色味違うでしょ。だから甘える甘えないとかそういう領域まで行っちゃったら、この人すっごくすがすがしくなるっていうか、今までうちに閉じこもっていたものをどんどん表現してくれると思うんですよね。全然甘えてきてくれて OK っていう感じもするし、そうだな、たまになんかこう肩貸してみたいな感じでコツンって肩に頭を寄せたりとかする瞬間とかはあると思うんですよね。ベタベタ甘えるっていうよりは、そうですね、どちらかというとたまにちょっとね甘えてるというかね、なんだろうな、眠っちゃって隣で眠って肩コツンってあなたの肩に寄せるような瞬間もあるだろうけど、基本でも甘えておいでっていう感じかなっていう感じがしますね。頼られると嬉しいんじゃないかな。頼られると無限のパワーを発揮するっていう感じがします。はい、そしてでは次ね、来ましたよ。お揃い好きですかどうですか事件ですよ。はい、お揃いは抵抗ありませんか。お揃い好きですか。お揃いね、表向き嫌っていうかもしれないけど、内面はすごくシンクロしてるから好きだと思うんですよね。さあ、表向きお揃いコーデしてくれますか。はっきりとね聞きましょうね。イエスって言ってる。お揃いいいんですってね。
割とねこうお揃いダメかなと思ったけど、そこまで徹底的にやるならやろうみたいな感じですね。どんと声だそうです。なんだったら手編みのセーターとかもいけるんじゃないかな。そして次ね、愛情表現はどんな感じで示してくれますかというのを見ていきます。そうですね、それはじゃあこのカードから出していこうかな。このお相手でも恋愛重ねればというか、恋愛の期間が長くなれば、いろんな経験を積み重ねていけば積み重ねていくほどどんどん花開いていくっていう感じがしますね。ジャッジメントだからシンクロ率やめてくださいって何回も言ってるんですよ。そのお揃いも好きだけど、見てこのシンクロ率すごいですね。どんな愛情表現しますかって、変わるんですって。出会った当初よりも全く変わってすごくかっこよくなる、可愛くなる、美しくなるから期待していてっていう感じですね。はい、では最後ね行きましょう。もうシンクロ分かりましたよということで、恋人編最後です。この方 SM どっち？はい、 S ですか？ Yes or No？ はい、 S か M かということで、どんな意味合いの S か M かというのはご覧になっているあなたの頭の中で今イメージしている通りのことで答えてくださいね。はい、 S ですか M ですか？ S ですか？ Yes No？ No、 M ですM ということが出てきました。はい、ということでこの方は M だそうです。基本受け身ですしね。そういう意味の M ってこともありますね。さあ頭の中でどんな M を想像したでしょうか。かなりね聞くとはっきりとイエスノーを出してくれるんですね。イエスノーの紫のカードはイエスでもノーでもないような意味が入ってるカードも少しだけあるんですよ。そしてどっちかっていうとイエスノーはっきりしているカードの方が大半を占めてるんですけど、だけど他の選択肢でイエスノーをはっきり出さない方もいらっしゃったんですよね。なのでこの3番の方割と最初内気な方なのかな、奥手な方なのかなって思ったんですけど、恋人になっていくに関係が深まっていくにつれてこの方の意思表示もはっきりと出てきていますよね。だんだんとそういうところが見られます。やはり心を開く相手には自信がないって言ってるところがだんだんなくなっていくのかなと思いました。じゃあちょっとカードをね片付けていきますね。そしてお揃いが好きで M ということが分かりましたね。そしてまたカードのシンクロ率がすごいことっていうのがあります。見えてきてますね。とにかくシンクロしまくりですよね。最初のそのペンタクルの2番の外見的要素で全部同じカードが出るってこともとにかくすごいなと思ったんですが、それ以外のカードでもシンクロしていくので、かなりこの方ちょっと待ってくださいね。間違って忍者のカードをしまうところでした。かなりこの方のその相手に求める愛情のバランスと自分のバランスを求めてるってところもそうですけど、言いたいことすごく強くてシンプルなことを言ってるってこともそうかもしれないね。シンクロしてるということは。はい、では次結婚編見ていきます。結婚の決め手というものを見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。この方にとって結婚の決め手、はい、結婚の決め手。カップのクイーンがまた出てきました。これね、慈悲深い女性っていうのが書かれていますので、性別問わずこのお相手から見て恋人に、母性を感じた時とか、この方との結婚家庭像が見えた時とか、そういうことが言われてるんじゃないかなと思います。もうちょっと見ていきますね。
結婚の決め手、ただね優雅な感じもするんですよね。白鳥冠かぶってるでしょ。なのでなんだろうな、少しこう洒落てるというか、そういうところも見えるので、ちょっとかけ離れてる感じもする。かけ離れてるっていうのは、その世間一般的に言われている結婚像っていうものにあまりとらわれていないんじゃないかなっていうところがありますね。でもなんかちゃんとね選んでいく、チョイスしていくよって、選択ですよ。より良い方へ選んでいく、自分たちの理想の形へ向かって歩んでいくって言われてる。これもね結婚に向かってすごくまっしぐらにいくカードなんですよね。こう少しお腹が膨らんでいる奥さんのカードがここに描かれているので、もう家族として新しい形として自分が引っ張っていくんだっていうようなのがもう言われてる。で、結婚式っていう感じなんですよね。これみんなにお祝いされる、祝福されるような、挙式を挙げて、自分が誓いを立てて自分の示す方向へ導いていきたいっていう強い思いがあるんだって、それを受け止めてくれるっていう風に確信した瞬間が結婚の決め手だっていう風に言われています。はい、ではどんなプロポーズをしてくれるのかを見ましょう。これね、もしどんなプロポーズをしてほしいと思っているのか、もしくはどんなプロポーズをするのかね、あなたの、立場、状況、お相手とのね関係性において言葉を入れ替えてください。どんなプロポーズをしたいと思っているのか、またはしてほしいと思っているのか。なんかね、祝福楽しい感じ、結婚式パーティーとかカップの3なんですけど、1人しかいなくてドレス着ていてカップ持ってっていう感じ、豊かな感じですよね。なんかパーティーとかお食事、これカップの中に果物入ってるんですよね。果物ってすごく縁起のいい食べ物なんですよね。自分をみずみずしくさせてくれる果物、食べ物なのですごくいいんですよ。お食事してる時にプロポーズするんじゃないかな。楽しくデートしてちょっとドレスコードとかがあるようなレストランとかでお食事してる時にするんじゃないかと思いますね。ということで、そうですね、プロポーズ、多分これ1枚ですごく分かりやすいロマンチックな感じでプロポーズしてくれるとか、それを望んでいるとかねっていうのがあるから、しっかりとしたシチュエーションを用意してると思うんですね。で、結婚してからその結婚相手に求めるものを見ていきましょう。はい、結婚相手に何を求めていくのか。よくね、恋愛と結婚は違うよっていう言葉もねありますけども、何を求めていくのか。ここもね友情のカードが出てきてます。フレンドシップ、さっきもね出てきてましたよね。同じ、変わらないよって、家庭に入って確かにこう覚悟が決まったりとか、これから先見ていく方向が変わったりしていく、強くなっていくかもしれないけど、でもその相手に求めるものっていうのは結局のところ、その人間性だったりとかっていうところは変わらない。その人との付き合い方、恋してる、愛してるとかもすごく大切だけど、その以前のことですよね。人としての交友関係、絆を築けるかどうかっていうところがやっぱり根本的にあるので、根っこのところにねあるから、人として尊敬できるとかね、受け入れていけるのかっていうところがあるから、変わらず、そこは変わらず、恋人の時も結婚してからも変わらず、そこは変わらないよっていうところが出ていますね。はい、結婚したからこうして愛してではないよっていうところですね。ではこの人ね、性別問わず家事共同性賛成してくれますか家事を一緒にしてくれますか？イエス、ノー。大丈夫ですね。家事を一緒にしてくれますか？ノー、嫌だって言ってますね。なぜ嫌なのかもらっていきましょう。家事は嫌だ。なぜか。ちょっと待ってね。これ何枚出たかな。
めっちゃいっぱい出たんですけど、また小悪魔ちゃんがね出てきてますね。ソードのキング我絶対先祖、カップのキング我絶対先祖、ワンドのページやだもんって言ってますね。ここはね甘えたいそうですね。笑っちゃう、なんか可愛くて、可愛いですね。すごくね変な意味では考えてないんですよ。家事に対して例えばね女性が家事するべきだとか、例えば仕事をなんていうのかな、仕事たくさんしてる方、稼いでるからしなくていいとか、なんかねそういう収入の割合で、例えばねすごくひどい話なんですけど、私言われたことあるんですけど、稼いでないやつ、働いてないやつはなんだっけな、発言権がないみたいなこと言われたことがあるんですよね。過去ですよ、すごく過去に言われたことがあるんですけど、とか、あと収入が低いから家事するべきっていうところまでは言われたことないけど、同じような感じのこと言われたことがあって、だからこの人がそういうこと言うかって言ったらそうじゃないんですよ。そうじゃないのね。そういうことは言わないけど、なんで家事、したくないの、したくないっていうか共同性じゃないのって言ったら、甘えてるんですよね。そこは、甘えたいなっていうところがある。甘えてもし受け入れてくれるんだったらありがたいなっていう感じがするのと、あと、あなたがじゃない、結婚相手が家事をしてくれることを見てるのが好きっていう感じなんですよ。そのいそいそとお掃除していたりとか、トントントンってお料理してるとかっていうのを見てるとすごく和むんだってことを言ってるんですよ。自分が帰ってきて、でその時に夕飯の匂いが漂ってきていてって、おかえりって迎え入れてくれるっていう、そういうのがいいんだっていうのが言われてる。そういうその家事をしてる、料理してる姿を見てるのが好きっていうのがあるんですよね。あとちょっと考え方が昭和チックというか、そういうところもあるかもしれませんね。さだまさしとはみたいな、私もよくわかんないけどそこはねさだまさしさんのやつはちょっとわかんないんだけど、そうですね、自分のご両親の姿とかを見ているのが影響されてるところもあるのかなと思います。少しだけね、少しだけ。でも一番の大元は家事をしてる姿を見るのが好きだからっていうのがあるんですよね。それを見て和やかにね微笑んでる自分たちの空気感が好きっていうのがある。だから家事絶対したくないっていう感じじゃないんだけど、どちらかというと見てる方が好きっていう感じかな。あともし自分がもしやるんだったら不器用だからうまくできないっていうところがあるかな。この人不器用ですね。家事に対しては器用じゃない。特にお料理とか味付けとかも多分ねそんなに上手じゃないと思うんですよね。うまいバランス、さじ加減とかできないから、その大さじ1とか小さじ2とかっていうのを数えたりするのも多分大変だと思う、この人はねっていうところがあります。はい、ということ、これはね性別問わずですね、そういうところがありますよって。でも頼られたらやると思うので、甘えられるんだったら甘えさせてほしいなっていうところですね。では次行きましょう。結婚したら恋人モードからどうなりますかというのを見ていきます。はい、ではこのねアニマルタロットからもらっていきましょう。結婚したら恋人モードから変わっていくことはありますか？結婚したら恋人モードから、ペンタクルのクイーンだ、素晴らしい。心温かい女性。結婚したらより、家族間というか、一族の一人一員みたいな感じでなっていくんじゃないかな。最初カップのクイーンが出たので、どちらかというと、家庭的ではあるんだけど、なんていうのかな、おしゃれな感じもしたから。でもこっちはねすごく農園でね豊かにねリース作りをしている、目牛のカード、水牛のカードが出てるので、すごく家庭的なんですよね。なので恋人の時から明らかに変わっていく、なんかこう自分家族の一員とか、ただ家族ってわけじゃなくて女性っていうのかな、異性っていうのもちゃんと入ってるんですよね。これはっきり言って女性とかねいうのを表しているクイーンのカードだかこれを見ている方が男性であったとしても、
求めているものとしてこの異性としての輝きもあるし、その家庭に収まった時のあるべき役割の姿っていうのもどっちもあるよっていう感じがするので、ここでねクイーンが出てるから分かりやすく言うと、女性としての魅力的な優しさ、女性的美しさ、魅力っていうのももちろん持ちながらも、家庭的な、温かい、控えめな自然体なっていう豊かさっていうのももちろんここでもあるので、すごくその家庭的な存在としても見てる、守りたいなとか、守られたい、守りたいとかっていうのもあるし、美しさっていうクイーンが2つ出てるからね、美しさっていうのももちろんねあるんだよってことが言われてますね。はい、とても素晴らしいカードが出てきてくれています。では両親や親戚付き合いはどうなんですかってところを見ていきますね。はい、この方なんかもともと内気な方だけどだんだん変わってきてるんですよね。そうで、結婚まで行くとかなりこう自分の、本音とかを見せたりとかしてくれるようになってくれているんです。ではそんな状態でご両親付き合いどうでしょう、してくれますか？イエス、めちゃくちゃするよって言ってる。素晴らしい。すごくね頑張るんでしょうね。だってすごい人見知りですもん、この人。デリケートだから、あまりこう知らない人にずかずか入ってこられたりとか、よう元気してるか、〇〇の旦那よとか、〇〇の嫁よとか、どうなんだみたいな感じとかをよくわからない親戚のおじさんとかに言われるの、どちらかっていうと得意じゃないんですよね。でもそれすごくね大丈夫っていう風に自信持って言えるよって言ってるから、明るくイエスって言ってくれてるから、すごく前向きに考えてくれてるし、すごくね強い絆っていうのも感じてくれる、大切にしてくれる周りの人っていうのがあるから、かなりこの時この結婚された後っていうのは、もしね自分の殻に閉じこもる癖があるとかトラウマがあるっていう方だったら、それをもう壊して殻を打ち破って変わってるって言われてますね。で、もともと奥手だよっていう方でも、その奥手な性格を持ち合わせつつもだんだんと明るい方向へ変わってるんだよって、君がいてくれたからねっていう感じですね。はい、では次ね見ていきましょう。結婚したら、その結婚する前ね、独身時代のお友達との関係性って変わりますか？では結婚したから家庭に入るから友達付き合い少なくなるとか、会社の飲みが少なくなるとか、そういう風に変わりますか？イエス or no。 変わるからイエスって言ってる。変わるから変わんないから、っていうのは別にねあまり関係ない、ね、それはこう一つのお付き合いとしてあってもいいと思うので、でもただ変わるよって言ってるから、めちゃくちゃ家庭の中に入っていくっていう感じがするんですよね。家庭の中に入っていくだけじゃなくて、こう独身の時にお付き合いしていたようなお友達とかも精査されていったりとか、あとはね、家でね家族待ってるんで早く帰りますわって言って飲み会を早めに切り上げてくるとか、そういうことをしてくれそうな感じですね。では次、一人の時間は欲しいですか？結婚した後も一人の時間欲しいですかってところでもらっていきましょう。一人の時間欲しいですか？イエス。これも欲しいよって言ってる。どんな感じで欲しいのかもらっていきましょう。一人の時間どういう風に過ごしていくんですか？ちょっと待ってくださいね。これいっぱい出たので一回しまって、一人ごめんなさいね。一人の時間をどう過ごしたいのかっていう過ごし方を見ていきましょう。はい、一人の時間をどう過ごしたいんですか？狐のカードね、狐のカードと犬か。犬さっきも出ましたもんね。迷いところだな。鎌のカード出てる。ちょっと待ってくださいね。これいろんなね解釈があるので、ちょっとオラクル1枚もらいますね。まず1枚未来が出てる。そっか。
これは一人の時間何するんですかってことですよね。で、はっきりと例えばね、一人の部屋とか個室書斎みたいなものを持たれるんじゃないかなっていうのがまず一つあるのと、そこはねはっきりするよって、なんでそんな、はっきりするのって言ったら、それはね人の価値観によって変わってくると思うんですね。だけどそこに対して例えばね、愛情が薄くなったからとかそういうことじゃないし、例えばねこう切り替えのために一人部屋が欲しいとかそういうことでもないし、どっちかっていうと仕事のための書斎みたいな、書斎部屋っていう感じかな。今書斎部屋とかそういう使われ方するのかわからないですけど、そういうスペースが欲しいっていう感じですね。仕事をするためのスペースですね。でそこに対しての、家族間のひびが入るとかそういうことじゃないよってことが言われてますね。それは絶対的にそうですね。仕事かなっていう感じですね。その方が自分の切り替えがしやすい。なんだろう、仕事持って帰ったりしてくるのかな、お家に在宅ワークとかもあるのかな。そういう意味で、仕事に対することで一人の時間は欲しいってことが言われてますね。そして未来のカードが出てるから、一人の部屋持つんだけど、一人の部屋多分部屋だと思うんですけど、一人の時間持ったとしてもなんかね、子供をすごく大事にするよ、家族大事にするよっていう感じがすごくしてくるので、家族のために頑張るための一人の時間だったりとか一人の空間っていうの欲しいなっていうところにつながっている。モチベーションを上げていくため、家族を守るためのモチベを上げるための、一つの手段として一人の時間っていうのを確保していくんじゃないかなっていうところはあります。はい、では、お疲れ様でした。最後の質問です。はい、家族、家庭を、はい、家族、夫婦、人生のパートナーになった後、その後もあなたと同じお布団に寝たい、あなたとじゃないですねその結婚相手と同じ布団で寝たい、一つの布団で寝たいと思っていますか？はい、イエスイエスっていっぱい出てますね。すっごく前向きで家庭的な方ですよね。で、家庭に収まりきらずに、結婚相手のことを魅力的に感じている。とてもね、いろんな方向から魅力的っていうのを感じて尊敬もしてると思います。家族もすごい大事にするって言ってるので素晴らしいですよね。もう最初に出たカードからまさかこの未来のカードにつながってくるとはっていう感じなんですが、素晴らしいなと思います。では最後に、ここまで見てくださった、ね、長い時間お付き合いいただいたあなた様に、この好きなお相手があなたに向けてメッセージをもらいましょう。はい、ということでもらっていきますよ。今まではこうあなたのことを交わらせないようにしながら、はい、このお相手の恋愛観だけでお話を進めていったんですが、最後このメッセージはあなたに向けたメッセージです。またペンタクルの2が来てる。このお相手あなたのこと好きなのかな。なんかそんな感じできましたよ。外見的に好みだってことを言ってるのかな。あなたのことがね、もうなんかトラウマになりそうなぐらいこのペンタクルの2見たよ、一番最初に。そうですね。このソードの6もね、結構ね出てきますよね。これはね、お相手の、自分のことを言ってますね。結構カード出していってもらっていきますね。ワンドの4が出てきてます。割とあなたに対して求めてるもの、なんかねもうすでにサイン送ってるって言ってるので、多分心開いてるんじゃないんですか、お相手。
あなたにだけしか見せない顔、ブーケ、あなただけにしか見せないお顔っていうのも出してくれてるんじゃないかと思うんですよね。そしてあとはオラクルかな。なんか届けていきたいっていう気持ちがすごくあるんですって。ブーケプレゼントしたいって、何か思いを伝えたいとか、贈り物したいとか、そう喜ぶ顔が見たいとかっていう、なんか今挑戦しようとしてるって言ってるんですよね。驚かせたい、完成出てきた。告白したいんじゃないかな、すごくシンプルに言うと。はいということな気がしますよ。分かりやすく言うと、今その自分の殻を打ち破るために挑戦してるから気づいてねっていう感じ。もうすでにサインは送られてる、サジはすでに投げられていますね。これはお相手が今やろうとしていること、あなたに対してのメッセージだから、もう一つの形、完成、もう間もなくやっていく、この完成に向けてもうすでに自分が、お相手が動き出してるっていうことと、もうそのサインをすでに出しているからわかるでしょみたいな感じで言われていますね。届けたい思いとかがある、それにもうすでに気づいていませんか？プレゼント、何か心当たりありませんか？誕生日が近いとか。そして今お相手の中で、これは自分を変える大きなきっかけ、チャンス、挑戦してるんだってことを言ってることと、あなたのことタイプ好きなんじゃないかな。それはやっぱりこの4枚目のこのペンタクルの2が出てきたから、あなたのことタイプなんじゃないかな。でその他のカードで見ていくと、今自分自身が変わろうとしていること、乗り越えようとしていることがあったりとか、そのあなたとの関係性において一つ何か完成させたい。しかもこれすごくね、いい感じのイメージしてくるじゃないですか。でブーケも出てるし、ソードの6で新しい関係性を求めていたりとかもするので、今新しい関係性、穏やかで、そんな関係を求めていて、何らかの一つの形を迎えるので、そのサインをもうすでに送ってますってことを言ってる。アプローチはもうすでに始まってるっていう感じ。そしてただね、お出迎えしててほしい、迎えててほしい、だから受け入れてほしい。自分がもうすでにサイン出してるってことを受け取ってほしいし、自分がもし何かはっきりと言葉にして何か言ってくるとか、例えばね、花束持ってあなたのところにもしやってきたら、それをただ優しく受け止めてほしいんだってことを言っています。なんかロマンチックなカードで最後締めてくれましたね。はい、以上こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。はい、今回は40個の質問ということで、お相手全裸にしていこうってことでね、いろんなこと聞いていきました。この中から何か参考になることとか、楽しかったなっていうふうに思っていただけましたら、高評価や、そしてコメント、そしてチャンネル登録などをぜひよろしくお願いします。またこれからも動画を投稿していきますので、またぜひ覗いてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。